どうしたんだい？寒いのは嫌い？今日はお出かけだ。私たちは儀式を行うんだよ。ほら、これを。娘のものだ。よし。今日は命名の儀式の日だよ。だが女神は答えるだろうか。普通なら母親が名付けるんだが、お前にはいない。村人すべてが参加し、長老が儀式を執り行う。だが我らは異端者だ。それでもしきたりは守らねば。でなければ信仰心のない者になってしまうだろう。古の者たちのようにな。邪悪さが破滅をもたらしたのだ。そして我らに恐ろしいものを残した。空や水、大地、そして鉄の剣。獣の狩りと機械の狩りは全く別物だ。彼らの力を私たちは敬わねば。いずれお前にも教えよう。大長老ティルサ様、どうしてここに？儀式を禁ずるつもりか？ほらほら立ちなさい。もう時間ですよ。それから喋ってもよいですよ。まさか祝福をお与えに？その子を授けてから半年が過ぎたでしょ。でも我らは異端者です。ええ、そうですが、でもその子は。私は大長老です。自由に祝福できる。では慎んで。ええ、さあほら、儀式の準備を。さあ。女神よ、この幼子に名前をお与えください。あなたの尊き愛がこの子を温めてくださいますよう。さあ、この子の名を。アロイ！今この子の名は祝福されました。今すぐにやめい。何をしている？名に祝福を与えました。この頑固者め、あれは呪われておる。貴様、あれの生まれについて何を聞いた？答えよ。私は言われたことをしたまで。育てろと言ったのだ。愛情を注げとは言っておらん。ランスラ。なんてことを。野良族の一員でもない。私は野良を守る。そしてお前も。いいか、どこへ行こうとそばにいよう。
いっぱい取れたわね。バストは木の実探しが上手なのね。それじゃもう少し探していらっしゃい。上出来よ、いい子ね。みんないらっしゃい。あの子は異端児よ。話しちゃダメ。ほら。しああ、さあほら。そう。聞こえないんだ。ねえ、これって洞窟？すっごく狭い。でも通れそう。ここはもともと鉄の世界だったんだ。大昔の場所。こういうとこには絶対来るなってロストが言ってた。でも出口を見つけないと。奥の方に何かある。あれは何？死んでる。キラキラしたのがあるよ。光がそこら中に。これどうなってるの？あれ何？装置がついてる。見つけたのと同じ。俺だって嫌だけれどこれが精一杯だ。ほら後ろにいるぞ。ああ来たな誕生日おめでとうアイザック。パパはお前を心から愛しているよなあ。パパは一緒にいられないんだ。でもそれでもパーティーはできるよなそうだろねえ、もう一回見せて。お前だほら後ろにいるぞ。ああ来たな
誕生日おめでとうアイザック。パパはお前を心から愛しているよ。なあ、パパは一緒にいられないんだ。でもそれでもパーティーはできるよな。そうだろう。お誕生日おめでとうアイザック。パパはお前を心から愛しているよ。なんでこんなとこで？何があったの？ロストの声、来てくれたんだ。ここだよ、今行く。大いなる母よ。さあほら、捕まって。あそこには行っちゃいけない。ほら。アーロイ、ここは禁じられた場所だ。落ちちゃったの。あれは鉄の世界の。それは何だ？別に。下にあったのか？ううん。渡しなさい。やだ。アーロイ、それは危険なものだ。いや、そうか。そうやってこっそり抜け出すなら、荒野で生きる方法を学ばねば。来なさい。帰るぞ。だが明日からは狩りの特訓をする。形、どういう意味？ほら、この弓を。弓？もうそのおもちゃとは話すな。さあ、谷を下るぞ。おいで。離れるな。群れはこの先だ。あれは誰？無視するんだ。なんであそこに？ねえ、笑ってるよ。デブ、ほら戻っておいで。デブ、どこだ？無視しろ。いいか、彼は部族の人間だ。部族が嫌いなのかもよ。愚かなことだな。さてと、群れを探そう。来い。いよいよ初めての獲物を仕留める時だ。ストライダーだ。機械にしては弱い方だ。だが弱い機械とはいえハンターを殺せる。絶対油断するなよ。獲物をよく見る。表面が硬くても弱点は必ずどこかにある。例えば目だ。他はどこかな？背中に入れ物がある。あれが弱点なの？そうだ。なぜわかった？教えてくれた。装置が。あのおもちゃがか？嘘をつくんじゃない。さあ、
ストライダーを仕留めろ。メカ入れ物を狙うんだ。突進してきたら転がって避けるんだぞ。いいぞ、その位置だ。今日はよくやった。だがまだ先は長い。続きはまた明日やろう。今のはあの子義勇の小道を走ってる。ついてこい、急げ。手出しはできない。あの少年が機械に見つかって殺されるのは時間の問題だろう。ここで撃てばあれは暴走し踏み潰されてしまう。でも進む道がわかるの。嘘をつくのはやめなさい。本当にこっそり行けるから。やめるんだ。アロイ、ゆっくり音を立てないようにしないと。どっちに行くか見てないと。いた。何？ついてきて。それはおもちゃじゃないのか。待って、女神様の祝福をあなた方に。その子のおかげだ。僕はただ。おい、口を閉じていろ。こいつらは異端者だ。その子は母なし子だぞ。行くぞ、母の源へ。おい、来い。異端者と話してはダメなんだよ。掟で禁じられてる。さあ帰るぞ。こっちだ。道はわかる。口を閉じてろ。おい、口を閉じてろ。口を閉じてろ。おい、口
口を閉じてろ。こっちに来るな、母なしごめ。おい。ほらみんな、そこから離れて木の実を摘みなさい。血が出てる。さあ見せなさい。ほら、じっとして拭いてやる。なぜなぜ私は異端児なの？アーロイ、今その話は。私のお母さんは誰？アーロイ、前にも言ったが知るべきことじゃないんだ。ババ様が連れてきた時、お前は赤子だった。ババ様たちは知ってる？難しい話なんだ。でも知ってるの？私たちは異端者なんだよ。じゃあどうすれば教えてくれるの？長老が？方法はなくもないが。じゃあ教えてよ。でも危険だ。なんで？何年も訓練しなければならない。そんなの平気。どうすればいいの？教えて。試練に出ろ。毎年行われる通過儀礼だ。合格者は義勇兵となる。だが勝者になれば長老が願いを聞き入れる。願い？そうだ、勝者が望むものは何でも。私やるよ。絶対やるもん。勝ってみせるよ。なるほど。なら訓練しないとな。訓練は大変だし何年もかかることだぞ。じゃあ始めようね。来て。ロスト？
体どこ？試練の2日前なのに私を置いていった？らしくない。今朝は狩りのはずだ。なんでいない？どこに行ったの？あそこで何してる？ただ突っ立ってる。一体どうしたんだ？アーロイ、来たか。ねえ、何かあったの？いや、話がある。お前の訓練について考えていた。生きる術と狩りを学んだな。だがまだ教えてないことが一つある。学ぶ意思は？もちろん、あなたの教えは全て受ける。最近少々問題があってな。この教えを学ぶいい機会にはなるが、とても危険だ。備えは万全に。さもなくば死ぬ。安息の地へ降りて炎の矢の素材が集まるまで狩り続けろ。炎の矢？問題って一体何のこと？素材を手に入れたらあそこで会うとしよう。母の源へと続く門だ。あ、北の門？安息の地の橋の？そうだ。さあ行きなさい。何か悩み事？いいや、何でもない。試練の後のことが心配なの？分かりきったことだ。お前は部族の一人として認められるが、私は変わらん。異端者だ。ロストン、たとえ認められても私は。やることが山積みだ。また後で話そう。はい。ロストの様子が変だ。私がロストを見捨てるけどね。安息の地。この谷を越えたことは一度もない。それも試練で変わる。2日で答えがわかる。あと2日で母親がわかる。そして異端児とされたわけも。理由があるならばだけど。よし、じゃあ炎の矢の素材を集めるか。群れはどこ？炎の矢は？ある。安息の地の外から爆発の音がしたけど、言ってた問題ってあのこと？もう少しすればわかることだ。夜を待つ。夜を待つ？どういうことだ？爆発は安息の地の外だった。どうしようもできない。しかるべき時が来ればお前に教えてやろう。それまで待つんだ。ねえロスト、考えたけど試練を終えても縁を切るつもりはない。それは絶対にない。育ての親を忘れるなんてこと。アーロイ、接触は掟で禁じられている。知ってる。でも関係ない。義務を重んじるのは知ってる。でもこれまで私は掟に全てを奪われてきた。もうそんなことさせない。アーロイ、掟には従わねばならんのだ。やっぱりそう言うと思ったよ。ならこうしよう。こっそり会いに来る。見つからなければ面倒も起こらない。ロストが掟のせいで話さなかったとしても私が話す。これは私の罪でロストは聞くだけ。それなら大丈夫。そうか。随分と考えたな。だろ。だから心配しないで。平気。ああ、
そうだな。夜までまだ時間がある。少し休んどく。そうだな。今夜は眠る暇がないからな。異端者のために門を開ける。時として異端者にも敬意は払われるものだ。部族の掟ね。この先は沈黙を守らねばならないぞ。ここは安息の地の外だ。これこそが真の自然だ、アーロイ。かつてない脅威に直面するだろう。あの死骸、怪物か何かか。ソートゥースと呼んでいる。あれは新種、イカれる機械だ。10年前から現れ、多くの義勇兵が殺された。そう。道なりだ。遠くはない。あの小屋、何があったんだ。機械だな。一体どんな機械が。これからお前が狩る機械だ。あ、なるほど。もうそろそろのはずだ。私たちしかいないのはなぜ。どうして義勇団が狩らないんだ。買っていた。機械の死骸は彼なのだ。明日再び狩りに出る。その必要はない。私が仕留めるから。注意しないと殺されるぞ。館が丸ごとやられた。そんな。ソートゥースに何と置いたんだ。質問に答えるためにここに来たわけじゃない。あれを始末するために来た。すごく大きい。どうやって倒すの。どう倒すかはお前が決めること。この狩りはお前の狩りだ。一人でやれ。何が起きても私は手を出さん。分かったな。一人でやるんだ。見られないように高い草を使えば近づけるな。よし、それじゃあどこに罠を仕掛けよう。できてる。見られた。ここに来た理由は。質問してもいいんだ。アーロイ。完璧でないと生き残れない。試したんだろ。危険な機械と戦う腕をね。いいや、来い。ここは野良族の狩り場だ。守るべき場所。ソートゥースを倒さなければ
多くの義勇兵が犠牲になったことだろう。アーロイ、その問いにこそ学びがある。ずっとお前は己のためだけに訓練をしてきた。義勇兵は部族のために戦うのが務めだ。部族のため？仲間なんていらない。だが部族はお前を必要とするだろう。アーロイ、自立できる強さは立ち向かう強さにもなるんだ。大きな目的を果たす強さにも。そのことを心に留めておけ。忘れるなよ。試練の後も、私がいなくなってからも。さあ行くぞ。来い。夜が明けた。異端者としてここで過ごす最後の日だな。目前に控えた試練にしっかり集中するんだ。母の源へ向かうときは私も途中で待っていよう。最後の教えが理解できた。そうか。自分の意志で戦うなら信じる者のために戦う。見つけられるといいな。そう願う。一緒に小屋に戻る。私はまだ戻らない。用があるからな。え？どんな？母の源で待っているぞ。母の源でね。ああ。話がある。さあ、時間だ。準備は？ああ、まあな。ただ想像以上にうるさい。来るのは初めてだったな。近いとこんな大きいのか。じきに故郷のように思える。平気だ。どうだかな。大長老のティルサ様を頼るといい。質問はあるか？最後に教えることはある？ない。自然から学べることは全て学んだ。自然じゃない。あなたから教わった。弓と槍があそこで役に立つかどうか。アーロイ、お前が長年望んだものは弓と槍でしか勝ち取れんぞ。真実だ。中では一体何をしてるんだ？人々が祝い宴をしている。見たことがないほどの大勢で。この母の源は特別だ。大長老がおわす場所であり、野良族の中心地、聖地の宝石だ。焦るな。じき好きになる。かつて私がそうだったように。本当に受け入れてくれる？だから言っただろう。異端児であっても試練に出られると掟にある。試練を通過した異端児は義勇兵となるだったな。でも掟を重んじる人ばかりじゃない。信念を持て。部族はお前を認める。準備はできてる。数日で家に戻る？私は家には戻らん。ほら、取っておけ。お守りだ。まるでもう会えないみたいな言い方。嘘。やだ。お前は部族と共に。だが私は異端者だからな。言っただろ、心配しなくていいって。こっそり会いに行く。掟を破るのは私であなたじゃない。話しかけなくてもいい。この私とのつながりは足かせとなる。頼むからお前は部族と共に生きてくれ。孤独はもう十分味わったろう。孤独じゃなかった。お前のためだ。私は二度と会わぬよう姿を消す。これでお別れだな。
いや違う。足跡はたどれる。どこにいようと見つけるさ。今回は無理だ。いつだって見つけてやるさ。これを身につけて会いに行く。大いなる母の加護を、アーロイ。あなたも。行かせるんだ。今はな。まずは試練だ。それから後を追えばいいさ。ここから引き返すか、血を見るか、好きにしろ。さあさあどいて。道を開けてその子を入れてあげなさい。母の源に歓迎しますよ。さあ大丈夫です。皆あんなに無礼ではない。あなたティルサ？ええ、そうですよ。さあ来なさい。この日を長いこと待っていたのですよ。本当に？もちろん。ただすまないが行かなくては。今夜は他にも来客がいます。何？別の部族カージャの特使です。試練を見に来たのですが、ノラはカージャを嫌っている。カージャ？気にしないで大丈夫。後で話しましょう。さあさあ祭りを楽しんで。あ、右の道を進めばそなたに会いたがっている者がいますよ。でも知り合いなんていない。それはどうかしらね。後で話しましょう。女神のご加護。どうなってるんだ。踊りたいな。去年よりすごい。アーロイ、伴侶の恵みを求めた。君だろ。私の僕だ。父さんと。本当よ。君はアーロイだよね。名前間違ってないよな。お前がティルサの言ってたお友達か？誰なんだ？僕のことを覚えてないのか？まあ昔のことだからな。僕はテブ。機械の群れから助けてくれた時は僕より小さかったのに。あの時私が助けた。あのことは忘れない。君が試練に参加すればまた会えるかなって思ってた。見ての通り腕利き狩人にはなれなくて、代わりに縫製師になったんだ。服や防具を作ってる。この日のために君の防具を作っておいたんだ。さあほら。いくらするんだ？金？たださ。時間経ったけど助けてくれたお礼だ。さあどうぞ。ほらぴったりじゃないか。どうもありがとう。こんなの着るのは初めてだ。君のものだ。防具としてはこっちの方がいいだろう。前のよりは。全ての防具には長所があるんだ。もちろん短所もね。ごめんね、引き止めちゃったかな。ティルサ様を探すのなら長老の館に行くといい。見ればすぐにわかる。外に怒った群衆がいる大きな木の建物だ。ティルサが他の部族から使いが来てるって言ってた。そう、みんなそれで怒ってる。カージャが久々に僕たちのこの聖なる地を訪れた。トマトが飛び交ってるんじゃないかな。それか石かも。槍じゃないといいけれど、どっちにしても頭上に注意。それは好きだけど。なんていうかほら。しっかり聞きなさい。将来ちゃんと話せるように。まずはじめに、全ての命が大いなる母から生まれ。ほら、カージャたちが歩いていったわよ。そして獣たち、皆大いなる母。ノラの血に招くなど。大丈夫、ティルサは今回やりすぎだ。じきに試練の祝福を開始しよう。だがまずは客人の歓迎だ。我らはこの2年カージャと平和を保ってきた。
今こそメリディアンとの絆を回復させる時、三王国の特使が来訪した平和の旗印のもとに。何が平和だ。ここに三王の感謝の意を表明する。この感謝状は三王アバード様によって書かれ、信仰なき者め。おいおい、天将様が果物を投げるな。ノランの皆さん、やめてくれ。俺はオースラン、カージャじゃない。はっきり言うが、13代目の三王は殺人鬼だ。ほんとさ。暴君で怪物。俺の部族も同じように血祭りにあげられたんだ。姉貴だって捕虜にされたさ。カージャを憎んでいた。だがあの巨王はもう死んだ。2年前に。殺したのは14代目。権力が欲しかったからじゃない。誰かが父親の残虐行為を止めなきゃと思ったからさ。そうだ。ここにいる哀れな祭司が伝えたいのは王からの謝罪。14代目直々の言葉だ。頼む、耳を傾けてくれないか。どうも。三王の感謝の意を表明する。これは14代目天将様であられる現三王国君主アバード様のお言葉。あの頭のハゲ5年前のところで妹の命の未確認装置を感知。どういう彼らのお慈悲を。あなた方と死に飢えたカージャどもを野良の地に招くなんて。大長老ギルサは今回やりすぎだ。私以外でフォーカスをつけた人は初めて見た。どこでそれを。なんだ、野良がフォーカスつけてる。そんなのありえん。あんたの部族は遺跡に行くのを禁じてるだろう。みんなと一緒にするな。まあそうだろうな。鉄の世界の遺跡に忍び込んだんなら。ああどうしたんだ。悪いな。ああ、こりゃ故障だ。オーリン、お前もう友達を作ったのか。悪い、すぐ戻る。待て。いや、後で話そう。行かないと。おいおい、思った以上に酔ってるみたいだな。それオーリンがつけているのと同じものだろ。そいつをつけるのが流行りなのか。あいつの名はオーリンか。これを一体どこで。どうせまた身分の高い友人にたかっているだけだろう。異物を掘り起こしや酒か博打を打つ、そういう男さ。あの飾りも発掘したもんだろう。頭につける風変わりな宝石だ。ああ、悪気はない。あんたは似合ってる。オーリンについて他には。そんなに興味あるのか。ちょっと嫉妬するぜ。あいつは遺跡をうろついてガラクタを掘り起こしちゃ貴族に売ってるのさ。それ以外の時は偵察だ。遠征を案内してもらうにはうってつけの男だぞ。数年来の知り合いだが誠実な仲間で家族思いで酒も強いいいやつさ。まあこれで全部かな。見たことのない防具だな。ヴァンガードの防具は初めてか。なら教えてやる。リングで固定、衝撃にも強い。ソートゥースとも十分張り合える。当然だろう。ヴァンガードは三王の精鋭。人間も機械も倒す最強の戦士だ。あんたみたいな野良族の戦士でも手に負えないかもしれんぞ。その重そうな防具で。それはない。そうか。俺が見たところ互角ってところだが。お友達は果物で値を上げそうだったがよく収めたな。どうも。自信はなかったけどな。野良族はまだ赤の動乱のことを忘れちゃいない。当然だが。他にも聞きたいんだが。そりゃいいが、あの儀式が終わった後の方がいいんだったらその時に話そうか。赤の動乱については初めて聞いた。何なんだ。自分の部族が戦っていたのに知らないのか。
一体どこにいたんだ。まさか箱入り娘だったってのか。私は異端児として孤独に育った。おう、そうだった。野良族の風習か。俺に言わせりゃ残酷だ。異端児であったとしても機械の大厄災は知っているだろう。年々凶暴になってる。三の教王は太陽神に血を捧げれば機械を鎮められると考えた。無駄だったがな。何年も他の部族を襲っては生贄のために人々を捕らえた。俺の姉貴も。野良族は懸命に戦ったが犠牲も出た。それで何があった？あの町に。教王の息子がカージャの反乱軍とオセラムの義族を一つにまとめた。一致団結しメリディアンを奪還して教王を殺したんだ。息子が今の王位についてからは随分良くなった。アバードの下では生贄や奴隷はいない。今じゃあらゆる部族の民がメリディアンにいる。追放者さえもな。あんたも来るといい。オセラム族とは？ああ、俺の部族だ。はるか北西に住む。得意分野は3つ。口喧嘩に家事に、それと醸造さ。それと義族とは何者だ？言ってみれば俺たちは傭兵、雇われ戦士だ。だが忠誠心は強いんだぞ。アバードは俺たちの力があったから父親を倒せた。今や俺たちはアバードのヴァンガードとして使える身だ。姉が捕まって生贄にされたのか。ひどいな。捕まりはしたが生贄にはなっていない。エルサはそう簡単に死なんからな。逃げ延びて今は俺の隊長、全ヴァンガードの隊長だ。三王直々の任命さ。どうやって生き延びた？ああ、この話をするには時間が足りない。また今度な。酒でも飲みながら話そう。それかメリディアンに来て直接会えばいい。きっと気が合う。性格が似てるからな。遠慮がない。毎年機械が危険になっていると言っていたな。ああ、教えるまでもないことだろ。初めて聞いた。ああ、悪かったな。皆知ってるかと。聞いた話じゃ機械も20年くらい前までは今ほど怒っちゃいなかったらしい。狩人に出くわしたら怖がって逃げた。そりゃ倒すのは難しかったが危険じゃなかった。奴らに踏み潰されさえしなければな。だがやがて大厄災が始まってから全てが変わった。今じゃ狩人が矢を撃てば機械がうなり声を上げて襲ってきやがる。あと何年かすりゃ人を見ただけで襲うようになるな。どこへ行くのも危険がつきもの。厄介なことに見たこともない新種の機械が現れた。でかくて凶暴で重装備のやつ。ソートゥースみたいな。ああ、10年前はそれ。だが数年ごとにもっとひどいのがご登場ってとこさ。嘘じゃない。でもなぜそんなことが？誰も知らない。機械たちも教えちゃくれない。カージャには残酷な歴史があるのになぜ使える気に？先代の王たちは殺戮者だ。だが新王は平和を望む。残酷ではない。それにカージャは戦うだけじゃなくて作る。メリディアンもそう。他の町はあれと比べたら小枝のようなもんさ。メリディアンは広いのか？どんなとこ？どこから話すかな。俺の部族の仲間は火事の達人。修理の腕も世界一だ。だが建物はな、カージャにはかなわない。都は渓谷の上に立ち、橋もそこら中にかかってて、建物は山のように高い。谷向こうには導きの塔。日差しを反射し、空を切り裂く刃のようさ。あんたも絶対に見るべきだ。俺からの挑戦だよ。というか招待だ。お前の言ってたことについて聞きたい。どうぞ。儀式に向かった方がいいな。だな。なあ、おせっかいかもしれないが
あんたはこんな田舎にいるべきじゃない。つまり賢くてそれに見るからに有能で、それになんていうか。何の話だ？おい、分かってるだろう。メリディアンに来るときは俺を訪ねろ。案内したり人を紹介してやる。新しい人生を送れるぞ。それじゃあ俺もそろそろ儀式に向かっておくとするよ。じゃあまただよな。呪われたカージャが名誉ある客人みたいにみんな振る舞ってる。吐きが志願者たちが集まり次第祈りを始める。アーロイ、そなたの場所はそこです。祈りの灯火はそなたのもの。私が作りました。冒涜だ。姉妹よ、志願者よ、そなたらの前にあるその祈りの灯火は母が作りしもの。栄誉をたたえ火を灯すのだ。ロストに敬意を。彼のおかげでここにいる。大いなる母よ、聞き入れたまえ。母の祈りで空へ羽ばたく子は核のごとし、燃え盛る炎が天へと駆け上り、自由の風に託されよう。遥か彼方へと消えゆくまで大空を旅せん。さればこそ母から若き子へ情愛が永遠に紡がれる。勝ったら結婚を要求するって。オーリンだ。でも彼に話を聞かないと。彼女の妹と信じられる？ああ、オーリン。なんで知ってる？ああ、エレンドのやつか。さっきはなぜ妙な態度を取ったんだ？祝祭のせいかな。俺も人混みが苦手でね。もう寝た方がいいな。質問をはぐらかすな。分かった、落ち着けって。何でも教えてやる。フォーカスを持ってる人は初めて見た。それをどこで見つけたんだ？クレイムの北方にある遺跡だ。俺たちオセラム族の故郷だよ。あそこじゃ鉄が深くまで続いている。鉄の巨人が土の中に半分埋もれてたり、古の者が山に掘った洞窟なんかもある。興味あるのか？私のフォーカスも同じような場所で見つけた。古の遺跡だ。自分で見つけたなら俺から聞くこともない。じゃあその場所を調べたらどうだ？俺じゃなく。さっきお前はビクッとして何か痛そうにしてた。怯えて。フォーカスで何を見た？何も見ちゃいない。言っただろう。故障したんだよ。よくあることさ。故障などしたことない。子供の時からずっと。ならいいフォーカスなんだろ。この地にも宝がいっぱいありそうだ。野良族は怖がって遺跡を探索しないようだからな。呪われた遺跡と聞く。私はそうは思わないが。知識が呪いだというならそうなのかもな。何をしに来たんだ？遠く野良の地に。エレンドが遠征に石膏と飲み仲間を連れてきたかった。それだけだ。あと3の祭司のお守りもあったが、これが全て終わったらまた遺跡を発掘しに戻る。ガラクタを漁って装飾品を集めて売るんだ。探検家なのか？ただの流れ者だよ。シャードを稼がなきゃならん。今回は三王の命に従ってな。それだけさ。わからないな。自分と同じ装置を持っているのに話しかけもしないなんて。俺は別に友達が欲しいわけじゃない。面倒はごめんだ。阻害されることには慣れてるが、あんたは違うかと。あんただからじゃない。気にするな。まあほら、今夜は楽しんだ方がいい。明日は試練だ。一時一時を大事に過ごせ。今年は音楽家が来なくて残念だ。ほら、あの長い黒い髪の
覚えてる。アーロイよ、儀式が遂げられた今、そなたとようやく話ができます。儀式が不快でなければよかったのですが、そなたの境遇があると。気分よくはなかったけど、それでも儀式の意義は感じられた。なんと心が寛大なこと。そなたを拒絶した人々の儀式を称えるとは。気にならなかったってだけ。野良族の母よりも大事なことが私にはある。そうなら私に聞きたいことがあるのでは。異端児も試練に出ていいなんて驚きだな。野良が歓迎するとは思えない。昔からの掟です。異端児が部族に戻れるよう参加権を与えている。私の知る限りではこの権利を行使するのはそなたが初めて。そりゃそうだろうな。自然の中で長いこと生き延びられる異端児は少ないだろう。そもそも子供の異端児は珍しいのです。知っている限り他に異端児だった者はただ一人。母と姉を殺めた13の少年。でも5年後の試練には現れなかった。ああ、一人きりじゃ生き延びることもできないだろう。機会は与えられた。他の部族ならば処刑されている。アーロイ、受け入れるのは辛いことでしょうが、追放するしきたりはそれに比べれば慈悲深い。ああ、そうか。18年間実際やってから意見を聞かせてくれ。なぜ私は生まれながらの異端児に、この世に生を受ける前の罪とは一体何なんだ。それは私に答えられることではありません。なぜだ。単純だろう。私の母は今夜ここにいるのか、もう死んだのか、そもそも母はいないのか。そなたの母はここにいますよ、心の中に。答えになっていないな。言っておくけど、真実を知るために来たんだ。本当のね。試練に勝ったら答えてもらう。分かっています。そう言うと思っていました。それじゃあロストはなぜ彼は異端者に。もしや聞いていないのか。誰にも言わないと誓ったらしい。そう誓いました。他の長老もです。ごめんなさいアーロイ。ロストの過去もまた明かせぬ秘密なのです。またそれか。部族の長以外に長老の役目は何がある。教え、助言を与え、祈りもします。裁くこともある。すべては部族の幸福のためにすること。全体だと今年は大長老が3名、そして長老が30名ほど。その違いは。長老とは2世代下の孫がいる祖母のことを言い、大長老とは3世代以上離れた孫を持つ曽祖母のこと。それゆえ各世代に語るとき重視されるのは大長老の言葉となる。じゃあ子供が多ければ権力も増すのか。それで部族の長が決まるわけか。他に方法があるか。なぜランスラは私を嫌う。彼女は常に極端なのです。それ以上は言えぬこと。生まれたのは私のせいじゃない。長老たちに異端児とされたことも。私も同じ考えです。だが違う意見を持つ者もいる。それに大長老の決断には過半数がいる。もう行かなきゃ。あなたに当たってしまってごめんなさい。ずっと真実を知りたかったから。いいのですよ。この日を待ち焦がれていたのはそなただけではない。そなたの成功を祈っていますよ。この母なしごめ。今なんて。
布団の中で試練に勝つ夢でも見るがいい。夢でしか勝てないからな。ああ、ここが宿舎。お前が見張りだし、トイレなのかと思ってた。このお前がいること自体。驚いたな。ついに荒野からお出ましか。母なし子の異端児だぞ。俺が投げた石でできた傷まだ残ってるんだな。あれはいい思い出だぜ。ちょっとみっともないんじゃない？バスト、もうやめときなよ。儀式の言葉知らなかったんだろう。まあどうせ誰も聞いちゃいないが。はあ、真の野良族の格好を真似したところで誰も騙されないぞ。ずっとそういう態度を取るつもり？ここにいる限りずっとだ、異端児め。さっさとここから出てって野生に帰れ。試練に出る資格なんてお前にはない。誰かに嫌がらせすることでしか強くなれないとはな。無駄なあがきだ。ずっと訓練してきた。実力の差は明日確かめな。もう十分分かった。体は大きくなっても心はまだ幼い子供のままだということか。よくその傷をつけた時のことを思い出す。俺にはいい思い出だ。ああ、手から石を弾き飛ばした時のお前の顔最高だったな。でもどうせその部分だけは話さないで終わりだろ。俺は生き恥の烙印を押してやったんだ。そのおかげで私は強くなれた。見てろ、明日にはわかる。ああ、そうか。くだらないな。俺はお先に失礼するぜ。明日驚くのはお前だ、異端児め。俺じゃない。試練中は黙る？それなら驚く。うまいことあしらったわね。おとなしくするでしょ。明日の朝まではね。お前とは初めてか。アーロイだ。ああ、もちろん知ってる。競争相手よ。みんなほとんどが試練は終えるけれど、最後に勝つのはバスとかあなたか私、バーラよ。話せてよかったよ。そうだな、明日は私が勝つ。実際に勝利するまでは口にしないことね、アーロイ。母の教えよ。じゃあ悪いんだけれど私はもう寝るわ。明日あなたと勝負するとき万全の状態で挑むために。あなたの寝床はあそこよ。分かった、ありがとう。で、母の源での夜どうだった？野良族の家で寝るのは初めて？みんな一緒なの。魅力はあると思う。快適よ、一員になれば。そうなのか？あなたも居場所が見つかる、必ず。休みましょう。義勇兵、戦闘準備だ。
したら貴様はここから消えてくれる。グレーザーのようね。それじゃやる。証が粉々だな、異端締め。もう一つ取ってこいよ。よし、もう一度。よし、急げ、早く。追いつかないと。ほら、そう焦るな。たどり着けばいいんだ。一人足りないな。異端児はどこだ？後ろにいたのに。見かけ倒しか。おい、しんがりだぞ。もう歩いていったらどうだ？バスとかバーラが勝つ。たどり着ければ義勇兵にはなれるんだ。おいおい、そりゃ古い小道だ。去年は2人も死んだ。崩れかけてる。死んじまうよりビリになる方がマシだろ。おい、これお前ちょっと待て。気は確かか？お前死んじまうぞ。そっちは危険なんだ。行くなんて正気じゃない。おい待て。今は進むしかない。いいからそこで止まるんだ。いいか、後ろを向いて引き返す。後悔するだけだ。やめておけ。バストと後ろはバーラ。さあ行くぞ。早く急がないと。止まっちゃダメ。いい感じだ。正気か？よし、この調子。見ろ、いい感じが追いついてきたぞ。どうやってあそこに？かなり際どいな。やった。さあ行こう。ほら急いで。このために訓練してきた。負けるもんか。野生で鍛えたんだ。正確さが足りない。完璧にやらないと。私ならできるはず。負けるわけにはいかない。そんなのなしだ。異端児はズルした。異端児が勝利しただと？いいや、その者は今や義勇兵だ。やったね。皆そうだ。戦利品を祭壇に置きさえすればな。勝者はアーロイ。異端児は今や義勇兵となったのだ。一番でたどり着いてな。増援が来るまで動きを封じておけ。ここにいたら死んでしまうわ。でもこれで逃げられない。殺せばもう撃てない。かく乱して。私が狙う。バスト
バスト、あんた来るの？ああ、行くよ。行こう。さあ、奴らを倒すんだ。大いなる母よ。殺すんだ。早くみんなワイヤーに向かって。全員殺せ。目撃者も生存者も残すな。固まるんだ。嘘だ、まだ来るぞ。これじゃキリがない。何人いるんだ。数が多い。よし、今のうちに下に降りるよ。戻れ。いいか、赤毛を殺せ。お前たち前進しろ。シャドウの力を恐れよ。太陽に顔を向けるがいい。焼き尽くし、それから任務に戻れ。承知しました。アロイ。アロイ。生きるんだ。
死にかけてるわ。あそこに行くなど冒涜。母親のそばにいるべきです。すまない。タイ、顔を向ける。ラスト。いや、嘘でしょ。ここから出ないと。フォーカスはどこ？ロストが私を。そうか。手遅れになる前に助けられたのか。でも誰もいないな。ここは。私の服。よし。フォーカスはどこ？あった。よし。ここ母なる山の中にいるのか。でも入れるのは長老だけのはず。私の弓がない。それにあの壊れたフォーカスもないぞ。襲撃者はどこに行った？何かの信号を拾ってる。あの襲撃者から奪った壊れたフォーカスかも。近い。あった。他のものもありそうだ。見せてもらおう。指揮官に次ぐ掘削をやめ、直ちに任務遂行地へ向かえ。野良の野蛮人とは接触を避けろ。だがもし見られたら皆殺しにせよ。標的の画像もある。失敗は認める。標的の画像。みんなと一緒にするな。私を見た。オーリンのフォーカスだ。一体どうやって？だったら急いでもう行く。 ID をスキャンします。ペットではなくて私の話を聞いてちょうだい。これはどこ？いつだ？あなたは母さん。あなたに似てるから私を殺そうとした。
アーロイ、起きたのね。あなたがここに？早くついてきて。どこへ？そなたが生まれた場所です。ここで私が生まれたとでも？山の中で？その目で確かめなさい。なぜ私をここへ？死ぬ寸前だったでしょ。母のそばで死ぬのは尊いこと。ランスらはならぬと、でもジェザが賛同を。ここに私の母が？これから会うのか？そう単純なことではない。ついてきなさい。私と母は似てるのか？髪は短い。似ているも何も。そなたは人から生まれたのではない。この山こそが母。山？それは一体どういう意味だ？来なさい。ここは何なんだ？ここは女神の間。大いなる母が鉄の悪魔を撃った場所。そなたが生まれた場所。アーロイ、試練での虐殺は最悪の始まりに過ぎない。襲撃者を追った義勇団が虐殺されたのです。私の生まれとどう関係が？そなたにかけている。ここでそなたを見つけました。泣き声が聞こえ、見に来たらそなたがいた。ただ寝てたのか？ええ。つまり扉の奥から来た。私はずっとそう信じてきました。そなたは山の中から来たと。大いなる母からの贈り物。でも皆はランスラのように闇の力が連れてきたと恐れ、そなたは呪いだと。でもこれは女神じゃない。アーロイ、扉だろ。中に人がいる。母さん。ID をスキャンします。女神が喋った。あの人とそっくり。エラー、アルファレジストリの破損。ID の確認に失敗しました。嘘だもん。入室拒否。そんな嘘だ。お願い。アロイよ、大いなる母が呼びかけたのです。聞いていなかったのか？私だと分かっていなかった。それは汚れのせいです。女神からのお告げですよ。この汚れさえ癒すことができれば必ずやお分かりになる。じゃあどうしろと言うんだ？そなたが見たという髪の短い女性。彼女に似てるから私が襲われた。到底かなう相手ではなかった。他に手がかりはないのですか？オーリン、流れ者の一人だ。試練の前夜にいた。襲撃者はあいつから情報を。
メリディアにいる。ならば聖地を出なければいけません。私はずっと異端児だった。追放すればいい。他に方法が。さあ、それならうまくいく。部族が絶滅の危機にあるってどうして？試練での大虐殺の後、義勇団が襲撃者の後を追いましたが、戻ったのは半数以下。どうしてそんなにやられたんだ？彼らは機械を使っている。機械を操る力を持っているようで、汚れで凶暴化させています。逃げられたのか？ええ。それに対する長老たちの答えは懺悔を歌い、大いなる母の慈悲をただ請うことだけ。大いなる母に見捨てられたかのように。それじゃあ、あなたは？そなたをここに連れてくること、生まれた場所を教え、大いなる母がそなたに託した運命のままに生きさせること。大長老たちが待っています。話は私が。それでは？ええ、見せました。皆さん、女神がアーロイにお告げを。はびこる汚れを打ち払えと。だが一体どうやって？聖なる地を越えて旅をするのです。死者か？女神のお告げなら従おう。こんな小娘を天命の使者に任ずるだと？ランスラ、お願いランスラ、協力を。これはお主らの罪となる。死者にすればこやつは二度と戻らぬだろう。アーロイ、女神様の福音により、そなたを野良族の天命の使者として任ずる。その聖なる務めを妨げられる者はいない。大いなる母のご加護と御心を忠実であれ。歌の準備をしよう。我らの希望をそなたに。死者とは何なんだ？そなたです。これがその証。困難が訪れた時、大長老は天命の使者を任ずる。大いなる目的のために旅する義勇兵です。目的がどこへ使者を導こうとも。この聖地の境界を越えるとしても？そうです。そして務めを果たすか急務があれば戻ってこられます。それじゃあどこでも行けるのか？制約もなく？女神の目が行き届かない遥か遠く禁じられた地にも行ける。鉄の世界の遺跡にさえも。なるほど。鉄の遺跡はなぜ禁じられているんだ？あそこは荒廃した場所。邪悪で暗い。まるで鉄の子のように。彼らは大いなる母を殺そうとした。都は母に破壊されたが、罪までは拭えず、その古代の遺恨が遺跡に渦巻き、入ろうものならそれに取りつかれてしまう。でも行ったことがある。母なる山とまるで同じだった。そんなはずは。本当だ。ならばそれは私の理解が及ばぬこと。そなたが真実を解き明かさんことを。なぜ野良以外の領地を汚れてるという。わかりませんか？ここは聖なる地。我らは命の源、大いなる母に守られているのです。その外にはすさみきった地が広がり、汚れた信仰が。よって掟で外へは行けないが、天命の使者なら許される。他にも死者はいたのか？いました。数人が。
その多くは旅立ってから行方知れず。ロストも死者だった？いえ、死者ではありません。何を隠してる？今話すことではない。また別の機会に。ロストの遺体はどうしたんだ？残念ですが、ほとんど残ってなかった。遺体の一部は彼がそなたを育てた場所に埋めた。花も備えてある。ありがとう。襲撃者を追うために義勇団を送ったんだろう？ええ。でも奇襲を受けました。戻ったのは数人。彼らも怪我をしている。連中の行方は？さあ、バールに聞くといい。安息の門にいる義勇兵です。彼は奇襲を生き抜いた。会ってみなさい。多くの人が苦しんだ。私に何かできることは？一番肝心なのは、大いなる母がそなたに託した運命を生き抜くこと。それがどういうことか私にはわからない。見つけるのです。もしそれが部族を助けることでもあるとあなたが感じたのなら、そうしてほしい。きっと安息の地で困っている人々にも出会うでしょう。そろそろ行かないと。まずは安息の門に向かうといいでしょう。バールにあってメリディアンへと導くはず。野良族が旅を阻もうとしたら、死者であることを示しなさい。そうする。ありがとう、ティルサ。いろいろと。大いなる母のご加護がありますように。野良の子らよ、間もなく始めよう。心を清めよ。我らにこのような苦しみをもたらした罪に許しを請うのだ。長老たちの祈りに続いて己の祈りを捧げよ。大いなる母よ、永遠の法要に迎え結局生き延びたのかい？アーロイ！アーロイ！テブ！大いなる母のおかげだ。生きてたか。嫌な噂はあったけど、こうやって実際君を見るまでは信じられなかった。君が無事で何よりだ。僕が作った防具もつけてくれてるんだね。嬉しいよ。どんな噂を聞いたんだ？君が大怪我をして死にそうだって。それで大長老のティルサ様が君を大いなる母の中で治すよう言ったって。騒ぎになったよ。山には長老しか入れないんだからね。でも君ならふさわしい。生き残った人がみんなに話して聞かせてた。君が守ってくれたって。いや、皆共に戦っていた。ああ、バストとバーラーもそうだったらしいね。それとロスト、育ての親だ。でも私を助けるために死んだんだ。彼のことは聞かなかったな。でも覚えてる。助けてくれた。あの日のこと。僕の父さんが怒鳴った時、彼が君をかばっていたね。君を救うために命を落としたのなら本望だったろうな。門を開けないと。外がどれほど危険か本当に分かってるのかい？通らないとならない。壁の上にいるレッシュと話してみな。新しい団長さ。でも手を貸さないかも。レッシュは手を貸さないだと？だってあいつは君をバカにしてる。私が母なしの呪われた子で異端児って。だね。あいつが団長だなんて嫌だけど、戦いでソナが行方不明で、彼女は一人きりで襲撃者の後を追ったらしいよ。ソナって義勇団の団長だよ。でも義勇団が襲われてから行方不明だ。母の源で見かけただろう。長身で浅黒い肌で白い髪の女性だ。
娘が試練に参加したけど亡くなった。バーランのことか。なあ、そうさ。いい子だった。そうだな。安息の地が危ないのか。まだ襲撃者が。いや、もういないよ。義勇団が後を追ったんだ。でも返り討ちにされた。奴らは機械に汚れを与えて邪悪な力で操る機械を味方につけて戦うんだ。その汚れた機械が安息の地にいるのか。突破した機械もいる。聞いた話だと安息の地の外の方がひどいって。なあ、いいか、今は旅なんかできないんだ。弓と槍を持って何をするつもりだ。お前は法制士だろ。多くの義勇兵が亡くなったか怪我をしてしまった。でも母の眼差しは守らないと。なら僕がって。僕なら平気さ。義勇の小道さえ通らなければ問題ないだろ。私はそろそろ行く。大いなる母のご加護を。異端児が来たぞ。無視しろ。報告の続きを。どうやら安息の地に悪魔がいるという噂があるようです。触れた機械を汚す黒い鉄だと。どこから来たんだ。安息の門を突破したと報告が。誰からだ。バールとその部下です。彼らは止めようとしたが悪魔があまりに早く強すぎた。門を守るとは愚かなやつだ。母の眼差しこそ死守すべき場所なのに。母の源から8つの集団が聖火に加わり、さらに増える見込みです。よし、真の野良族ならば歌わずにはおれんだろう。まだいるぞ。だからどうした。門を開けてくれないか。たかが異端児ごときの頼みだ。俺の知ったことか。試練で見た顔だな。バストが私の証を壊すの静観してた。死人の陰口を言うとは恥知らずもほどほどにしてくれ。その目を矢で射抜くとこだった。俺を脅せば皆が証人になるぞ。もし大長老の耳に入れば貴様は異端児に戻ることになるだろうな。天命の使者だからだ。さあ門を開けろ。貴様が使者だと。大長老たちは正気じゃないな。そもそも異端児を試練に出させるなど、しかも母なる山に運んで傷まで癒しただと。呪われるのも当然だろうな。子供が次々と死んでいくわけだ。なんて薄情なやつなんだ。彼らは私と共に戦い、手を取り合い、背中を任せ、そして死んでいった。もし一人でも真の野良族がいたら貴様は容赦なく殺されていたさ。レッシュ、よさないか。黙れ。俺は団長だぞ。そして私は大長老が任命した使者だ。門を開けるんだな。そしたら消えてやる。今すぐにこの地から立ち去るんだな。今の悪魔だ。警報を鳴らせ。女神様、どうなっているんだ。操っている。全員構えろ。貴様何を連れてきた、この母なしごめ。奴らを殺せ。皆殺しにしろ。攻撃。大いなる。おい、ストライダーが
消耗化してるぞ。どうやって他の機械を操るんだ。どんな秘密が。手がかりがあるはず。奴らを従わせた。どうやって。これでやったのか。あ、フォーカスに繋がってる。じゃあこれでできるのかも。ワイヤーを巻いて止められそう。あとは試すだけ。アロイ、一体どうやったの？心臓を抜き取ってあの悪魔を倒したんだぞ。他の機械を操る方法多分分かったかも。でも機械で試さないと。安息の門に行く途中にストライダーがいっぱいいると思うけど。その通り。どちらにしろ門に向かうわけだし、バールに会わないと。他の奴らとは違うと思ってたけど。けどなんだ。君は大いなる母の恵みだ。列士が何と言おうと。ありがとう。でももう行かないと。分かってるよ。君も気をつけてね。義勇兵、一刻も早くあの門を修復するんだ。包帯を巻いてでも何でもいい。我が家ロストが建てた家、一人で、思い出だらけ。でももうここにロストはいない。ここにはもう何もない。ロスト、会わずに野良を離れるなんてできなかった。別れを告げた日、あの時私言ったでしょ。見つけるって。でも今回は私の負け。追いかけることもできない。ロストは試練の時でも私のことを見守ってくれてた。私のそばにいてくれた。いつものように。最後までありがとう、ロスト。教わったことは無駄にはしない。約束だ。やり遂げてみせる。ずっと謎を解こうとしてるんだ。でも意味がわからない。襲撃者は私を狙ってた。それはこの年上の女性に似てるから。でもなぜそれにどんなつながりが。私の母親なの？野良には見えない。でももしも山の中に暮らしてるなら、なぜ襲撃者は知っていたんだ。何か知るたび謎が増えるんだ。オーリンを探さないと。よそ者だ。祝祭にいたんだよ。試練の前夜の。襲撃者はフォーカスを通じて私を見た。でも奴はそれを知ってた。見つけたら知っていることすべて白状させて償わせる。さてと、それじゃあそろそろ出発するよ。きっとまた戻ってくるから。ストライダー、オーバーライドを試してみるか。音を立てないように。でなきゃ怯えた群れに踏み潰されることになる。
行くよ。うまくいって。ほらそーっと。やった。敵意はない。懐いてるみたいだ。これなら乗れるかも。さあ行こう。いい子だ。その調子。行けこれなら早いなこれはいい。いろんな機械にオーバーライドを試そう。乗れなかった門の外から争う声がする。門がボロボロだ。おい気をつけろ。もっと近くに。もっとだ。お前がバールか。これは幻覚か。お前今ストライダーに乗って門をくぐったか。ああ、そうだ。説明しづらい。まあそうだろうな。生き残りはしたがおかしな時代だ。お前のことは知ってるさ。アーロイ、試練を勝った異端児だろ。死なずに済んだみたいでよかった。大長老ティルサが都に行くならお前に会えと。カージャさん王国の都か。お前追放されたいのか。いや、オーリンという裏切り者。そいつを追うために天命の使者になったんだ。なら北にある母の頂に行け。もし着いたらマレアに会って道を聞け。もしだって。危険な道のりだ。義勇団が奇襲を受けたから巡回もしてないし国境は丸腰だ。指揮を取る団長もいない。列車は違うのか。団長の代役に過ぎない。探しには行きたいんだが命を懸けて門を守るよう言われて。この通りさ。危険な道のりと言ってたが、どう危険なんだ。あげたらキリがないな。襲撃者は野放しで、しかも魔が月を操ってる。毒をまき散らして。ああ、それなら見た。山賊もいる。国境沿いで忍び寄る残忍な奴らさ。どうやら鉄の遺跡で野営してるって話だ。もっと矢が必要になりそうだな。試練のことを知ってたが、誰から聞いた。生き残った奴らだ。奮戦したそうだな。バストや妹と。その妹ってバーラか。気の毒に。いい人だった。彼女となら友達にもなれたかも。もし生きていれば。ありがとう。命を救った。誇りある死だよ。奇襲を受けたと言っていたけれど、本当か。試練での虐殺のことを知って団長が奴らの追跡を命じたんだ。だが一部の義勇兵が復讐を急ぐあまりに先走った。罠にまっしぐらさ。汚れをそこら中にまき散らし、凶暴化した機械が義勇兵に襲いかかり虐殺した。団長が反撃を仕掛けて機械を破壊したけれど、襲撃者はいなくなり、こっちの被害は甚大さ。団長が行方不明だって。義勇団が虐殺されても諦めなかったんだ。志願者を募って襲撃者を追ったんだよ。それじゃお前は。手は挙げたさ。でもソナが拒んだんだ。安息の地で怪我人の世話をして門を守れって。安息の地のために命がけで。何日も前だ。それ以来何の連絡もない。それじゃあ生きているかはわからないのか。あれを生き残れるのはソナしかいない。並外れた戦士だよ。俺たち常人とは比べ物にならないほどのな。随分と腕が立つみたいだな。ああ、きっと驚かされるぞ母さんには。そろそろ行かないと。アーロイ、母の頂とその先に旅立つ前に時間があればソナを探してくれるか。部族には彼女が必要だ。何としてでも門を守ると命令されてなければ俺が探しに行くんだが。
最後はどこで見た？奇襲を受けた場所だよ。悪魔の渇き対岸にある場所、森の渓谷だ。そこに痕跡があるかもしれない。試練を襲った奴の後を追っていったんだ。愛する者たちや君を殺そうとした奴をバール、分かった。探してみるよ。女神のご加護を。反則の地は私の全てだった。世界は広がったけど、でも危険も待ってる。フォーカスが信号を拾ってるみたいだ。スキャンをしてみよう。あの信号、誰が送ってる？遺跡？あれが悪魔の渇き？古の都、鉄の世界。トールネック、ロストが言ってた通りの姿。信号は頭から出ているんだ。登らないと。ここからならトールネックに飛び移れそう。バールはソナ団長が襲撃者を追っていったって。彼女を探してみよう。トールネックが道中の全てを記憶して見たのを他の機械に伝えるのか。ここが義勇団がやられた場所か。ひどい愛さだ。団長が何かを残したかもしれない。何か手がかりになるものを。機械が山ほど全て操られている。丘を突進しながら下っていった。ノラはコラプターを倒したのか。でもその前にコラプターが他の機械に汚れをまいた。義勇兵、聞いてくれ。遺体と負傷者は片付けた。他に義勇兵か治療士は？私だけ。怪我を？何があった？知らないのか。ありゃ狂気の沙汰だ。俺は団長に報告を頼まれた。これじゃ俺は役立たずだ。団長は襲撃者を追ったとバールが言っていた。見つけたのか？
奴らの後を追ったが、何度も何度も奴らのマガツキに攻撃されたんだよ。怪我をした俺を見て団長が戻ってみんなにまだ諦めてはいないと伝えろと言ったんだ。それで奇襲を受けた時お前はここにいたのか？そうだ。まさかあの試練よりも悲惨なことが起こるなんて思わないだろう。団長は光栄を集めてて出遅れた。復讐に駆られて先走った奴らが罠にはまったんだ。何人もが一瞬で死んだ。ソナが来て結集させてなかったら全滅だったろうな。バールがソナを探している。どこにいるかわかるか？知ってるのは別れたとこまで。悪魔の渇きの南東にある鉄の塔の近くだ。高台の裏にある大きな石を探せ。俺は戻ってバールたちに事と次第を報告する。大いなる母よ、力を。いいか、気をつけろよ。これがソナの伝令が話してた高台か。団長はここで止まった。次は一体どこへ？ここで休憩を取ったのか。奇襲を受けた後だ。苦労したに違いない。あの弓は使い古されてるな。傷の手当てか。好き好んで置いていくわけがない。かなりの被害が出たのか。矢の部品。義勇団はここで武器を作った。怪我をしたのは伝令だけじゃなかった。血痕が見つかるかもしれないな。フォーカスを使ってみよう。ソートゥースの残骸、ソナが倒したのか。なら近くにいる。私がいて運が良かった。1秒遅ければお前はあのソートゥースにやられていただろう。あと 0.5 秒あれば自分で倒してた。あなたが団長ソナ？バールが探してた。門は無事か？守った。勇敢に。自分の手でマガツキを倒してた。心配してたよ。部族に必要なのは強さ、干渉ではない。試練を襲った者どもを追っていた。必ずや報復する。お前は？もちろんそのつもり。証明しろ。手を貸してもらおうか。ついてこい。奴らは尾根の向こうにある呪われし大地を掘っている。あの地には古の者たちの罪が埋められている。コラプターという悪魔。一度倒した。母の眼差しで
どうだろうな。その言葉が嘘でなければいい。だいぶ前、義勇兵を下の森に隠れさせておいた。合図を出せば攻撃する。はずでは敵と悪魔どもが勝ってはいる。我らにはこの煮えたぎる怒りがある。それだけじゃないさ。なんだと？あのブレイズだ。あいつらはあれを爆破に使ってる。ここを掘り起こすために。ということはあれに火をつければ。ドカン。なら早速始めよう。ちょっと待て。急ぐことはない。近づく時間が必要なんだ。もし気づかれたら始めてくれ。わかった。お手並み拝見といこう。誰だ？いや、まだいるはず。奇襲の時に数えたがもっといた。いざとなったら薄汚い奴らの影を槍の裾まで追ってやるさ。必ず。怪我して血も出てる。私の体のことなどどうでもいい。誰もあなたの決意は疑わない。でも休まないと。彼女の言う通りだ。その傷を癒さないと。バール、ここで何をしている？命がけで門を守れとお前に言ったはずだ。ああ、守ってたさ。戻った伝令からアーロイに会ったこととこの場所のことを聞かされるまでは。門のことは心配いらない。俺はここにいる。一緒に復讐を果たす。それもダメなのか？ああ、私は周りを見回ってくるよ。他の襲撃者がどこにいるかわかるかも。好きにしろ。みんなそうしてる。母さん。副隊長、この1ヶ月ブレイズの爆発事故で大勢が命を失った。ここ鉄の広場では予防措置として全ての備蓄を収容設備に格納してある。突然暴発などしないようにな。兵を配備して出入りも制御している。同様の措置を取るよう進める。でなければさらなる犠牲が。ティラン補給部長、以上。基地の中にブレイズの備蓄がある。それを破壊すれば勝てるな。見つけたぞ。残りの奴らは鉄の広場で野営をしている。聞いたことあるか？奴らめ。鉄の広場は悪魔の悲しみの遺跡にある。あそこは禁忌の大地だ。大長老に面会を求め特例を申し立ててみる。そんな時間はない。流血は流血を呼ぶと言うだろう。呪われているなら復讐で浄化すればいいじゃないか。なんて罰当たりな。お願いだ団長。禁忌を破るんだ。
悪魔の悲しみは呪われし大地だ。だが天命の使者の祝福が守ってくれるやも。では偵察隊を送ろう。部隊を赤の小玉の崖に集結させて、そこから攻撃を仕掛ける。いい計画だな。後で。アーロイ、ありがとう。何があるかわからない。感謝するには気が早い。悪魔の悲しみ、不吉な景色だな。大昔はどんな場所だったんだろうとか思ったことはないのか。お前はほんと変わってるな。みんなそう言うな。団長、偵察兵が遺跡で野営地を見つけた。鉄の広場の入り口を守っている。まず野営地を片付けないと警告されないように。分かった。野営地を一掃する。鉄の広場にいる敵にも気づかれずに済むだろう。警報は私が。義勇団をそれぞれの野営地で待ち伏せさせる。お前が行けば手を貸すはずだ。義勇団、時は満ちた。今こそ戦いの時。奴らを殺せ。己の命を懸けてでも。部隊の再編成は背の高い塔の下で行う。それから鉄の広場へと向かい、いざ復讐を。我々は禁忌を犯すのだ。死んでいった同胞をたたえ、憎き敵を罰するために。血だ。同胞の血には血で償ってもらう。女神よ、罪深い我々にお許しを。その怒りと天罰はこの私一人の身に与えたまえ。義勇団、進むのだ。随分と冷静だな。汚れた土地に足を踏み入れるんだぞ。そう見える。実際は試練にいたカージャの妻子みたいにブルブル震えてる。あの夜がまるで昔のことみたいだ。ああ、バーラとは仲が良くなかった。母親の信頼を得ようと競い合ってさ。そうか。でも私は信頼してる。ああ、ありがとう。だが今戦うのは別の理由さ。信頼のためなんかじゃない。バーラのためさ。あいつも同じことをしただろう。辛い作業も我らのものを奪い返す。オラ族のために。警戒しねえとシャドウの武器になるんだからな。今のは脅しじゃない。オラは必ずやり遂げる。大いなる母の祝福を。野営地は片付いたようだな。よし、鉄の広場へ向かう。奴らはあの高い壁に守られている。登らねばならぬのだろうが、見つかれば攻撃されるな。
いい考えがある。敵の基地には弱点が。私が侵入しそこをついてやる。うまくいけば壁に穴を開けられる義勇団全員が通れるくらいのやつだ。いい考えだな。俺が一緒に行くならね。団長としては2人の血気盛んな狩人の存在は非常に喜ばしいことだな。よしバール、アーロイと行き彼女を支えろ。だが用心しろよ。ああ団長、もちろん。さあ行け、合図を待っているぞ。考えがあるんだったよな。ここまでついてきてそれでもなお疑ってるのか。いやでもどうして弱点があるってわかるんだよ。辛抱しろバール、すぐにわかるはず。ほら行け。さてよ。我らのしもべにもできたと。右のは任せる。私は左をやる。おいおい。2人いる。お前は左をやれ。太陽よ。ほら、あの建物が見えるか。おい、コラプターがいるぞ。集中しろバール。あの建物はブレイズだらけだ。備蓄すべて入ってる。起爆させれば爆発でコラプターも破壊できて壁も崩壊するはず。そこからみんなが突撃できるってわけか。でもここじゃ届かない。もっと近づかないと。私が行ってみる。お前は戻って計画をソナに伝えて広場のあっち側にみんなを。じゃあ待ってるよ。壁が崩れた時は俺が最初に穴を通る。さあ、あとはちゃんと成功させるだけ。こっそりと動けばバレないはずだ。ブレイズを狙える場所に移動して撃つだけ。
見つけた。女神よ、我らの勝利を見よ。流血は流血を呼ぶ。仲間の敵は撃ったぞ。我らの願いは今聞き届けられた。いいか、忘れるでないぞ。さあ退却する準備を始めろ。遺体に刺さった槍と矢には決して触れるのではないぞ。この地のようにもう汚れている。終わりだ。これでもう殺せないな。あの連中と汚れ、私の追う謎につながってるなら、私は追うしかない。お前は間違いなく才能ある戦士だ。ロストのおかげだろうな。彼を知ってた？ずっと昔、善良な男だと知っているほどにはな。ならなぜ追放された？一体何をしたんだ？私は知らないんだよ。その理由を知っているのは大長老様のみ。そうらしいな。じゃあ私はそろそろ行くよ。ありがとう、アーロイ。お前が向かうところに女神様のご加護があらんことを。俺たちと一緒に戻らないのか？いや、よしておく。探し物が見つかってよかったな、バール。でも私はまだだ。なあ、行かなきゃいけないんだろ。それにお前は死者だしな。でもまたここに来た時はお前にまた会いたい。それだけ。きっと母の頂で再建するはずだ。そこで会えるよな。そうだな。また会おう。結局生き延びたんだな。母の頂だな。ソライはここにいるはずだ。怪我人だらけ。ああ、来たね。死者になったって？さあこっちへ顔を見せてくれない？見張りから話を聞いた。ここに死者が来るってね。マレアか？メリディアへの道を探している。カージャの首都の？ここから西に行けばいい。たどり着く前に兵士に止められるだろうけど。どうだかな。いい？西に行くにはカージャの要塞を通らなければいけないのよ。どうやら聖地が汚れに侵されるのを恐れてカージャが門を閉ざしたらしいって話よ。マガツキを片付ければ通してくれるのか？多分ね。でも義勇団は手を貸せない。助けはいらない。まさか一人で片付けるつもり？腕がいいんだ。その言葉が本当ならいいけど。西にあるカージャの砦を通ればその先にメリディアンが。そう、太陽の砦って場所。見捨てられた村の近くよ。見捨てられた村？今は名前すら忘れられた村よ。私のふるさと。何があった？戦よ。カージャの赤の動乱でやられたの。あの時私は15。他のみんなはやられちゃったわ。ノラは村を捨てて逃げたのよ。ここ母の頂へとね。戦いが終わった今でも谷に戻らずに、あそこはサントの中立地帯になってるのよ。汚れはどこまで広がってる？谷の入り口で機械を見かけたわ。南にもマガツキがいるって噂を聞いたわよ。汚れにやられるのは機械だけじゃない。人の皮膚もただれ病を起こすわ。マガツキに弱点はあるのか？どうも普通の機械より火を嫌うようね。不幸中の幸い。この呪いを解けるのは神だけね。誰かが原因を突き止めない限りな。長老たちがお告げを神に祈って戦い続けるしかない。そろそろ行く。分かった。
気をつけてアーロイ。探し物が見つかるといいよね。機械が汚れているかどうやって。あの機械、煙みたいに汚れが立ち上ってる。始末するか。この谷のマガツキはできるだけ倒しておいた。これでカージャの砦を抜けられるといいんだけど。戦いの音。砦が攻撃されている。引き返すんだ。こいつらは危険だぞ。太陽が我らを照らしたのだ。私が来る前から晴れてたけどな。それで門を開けてはくれないのか。聞こえただろう。門を開けろ。それとバラン隊長に報告しとけ。どこへ行くつもりだ。西だ。メリディアンへ。門を開けろ。砕き石の道はそうやすやすと渡れるものじゃないぞ。バラーン隊長と話してみるんだな。最近メリディアンから派遣された。もし会いたいなら砦の左のバルコニーに行ってみろ。そうか、どうも。感謝するのはこっちの方さ。機械を倒してくれた。お前に光あれ。ムク族の力。バラーン隊長、お前に聞きたいことがある。まずここを通ったかもしれない野良の女性のこと、それからメリディアンへの道、今どんな具合なんだ。ああ、確かに野良はいたな。忘れるはずがない。事件を起こしたんだ。それと道中のことだが、最悪だ。機械は増え続け、あっちには汚れもあるという話だ。封じるのは無理だな。街道ならば安全だろう。だがお前であれば恐れる必要などないだろう。いい腕だ。もしよければだが頼みを聞いてはくれないか。助けてもらった直後でずうずうしいのは分かってる。だが戻ったら何でも答えてやる。王国について教えてやるぞ。何をすればいい。マガツキが出たと聞いて東に偵察隊を送り出した。恐れた通りの結果で門を封じたんだ。だが封鎖した時に何人かが置き去りに。ウォリッド、話してやれ。野良族の廃村周辺で機械に襲われました。ラキアが撤退しろと言い、みんなを見失ったんです。野良の女性は初めてか。敬意を払え。彼女に報告しろ。ラキアが報告しろってうるさいから俺は戻ったんだ。置いてくるなんて最悪の気分だよ。門も開いたことだし追跡しようと思ってる。失踪者探しに兵は避けないのか。ウォリットはどうだ。野良族はまだカージャの部隊を見慣れていない。偵察隊を聖地に近づけるのはあまりに危険だ。できればそうはしたくない。お前ならば問題はないだろう。今何と言った。いえ、何も。この場所は一体何なんだ。太陽の砦はカージャ領の東の端だ。交易上で中継地点でもある。野良の間で評判の悪い場所だな。前の三王の時代には大勢の野良が捕まってこの場所からメリディアンに移送されて生贄に。太陽は沈み、三王アバードはこの全焼基地にいるカージャたちに野良族を敬うよう命じたのだ。お前の部族と野良の関係は今どうなってるんだ。王は和平を望んでいる。長老たちもそうなのだろう。
だが古傷というものはなかなか言えないものだ。これ以上王国から挑発をせぬように気をつけている。特にあんなことが君たちがこの襲撃から立ち直るまではな。都はどんな場所？変化にあふれて生き生きしてる。三王ジランの時代とは大違いだよ。アバード様はあらゆる手で変化をもたらした。奴隷制は廃止だ。オセラムと同盟も結んだ。大勢が殺された太陽の広場は死者を追悼する場所に。それじゃあカージャはオセラムと同盟を？信じがたいが事実だ。教王ジランはオセラムを侵略してきたが、アバード様が味方にした。もちろん助けはあった。エルサとエレンドからな。オセラムの英雄的兄弟で解放軍を指揮していた。共に進軍し、北の崖を進んで太陽の寺院を確保した。ジランのハヤブサと妻子は逃げ出したよ。今やオセラムは町中にいる。その口論の声もよく耳にするよ。お前は新しい三王を支持しているようだな。太陽が選んだのだ。10年の戦争の後、必要とされるのは穏やかな光であるべき。教王は侮辱した者を殺してきた。アバード様はそんなことはしない。とても寛容な方だ。影で軟弱だという者もいる。違う。平和は強さだ。太陽が証明する。都への道について他に教えられることは？三王アバードは治安のためにかなり資金をつぎ込んだ。だが見ての通り、平和になってからの方が統制が困難だ。機械は凶暴化し続けている。山賊に加え、今度はこの汚れの知らせだ。皆全焼基地の警備で手薄になってる。どこも同じだが、いいか、覚悟していくんだな。オーリンというオセラムはここを通ったか？2度。彼は野良への派遣団に参加し、途中ここを通り戻った。お前たちは非道な襲撃にあったそうだな。残念で仕方ない。オーリンは今どこにいる？さあわからん。メリディアンに向かっていたのは確かだな。誰もが行く場所だ。失踪者は何とか探してみよう。感謝するよ。ウォリットほどではないが。おい、聞こえたか？お役御免だ。そこら中血だらけ。太陽よ、太陽よ。私はあれは何？諦めないぞ。歌ってる？けだものをすべて倒したが、ごちそうを食べ損なった。ビールの泉には数えきれないほどいった。まさか見つけてくれるなんて。それも野良族だって。まさか酔っ払いみたいに歌を歌うカージャ兵を見つけるとはな。ああ、そのことについては謝れ。もう死んだかと。ほら、司令官が太陽の砦で待っている。野良に基地まで先導されるのはごめんだね。捕虜じゃったまいし。そうか、一人でいて。待て、いいか。スナップモーと格闘したんだ。奴は俺の鎧と弓を食った。盗人はまだ水の中にいる。武器なしじゃ基地に帰れないだろう。弓を見つけてきてくれ。分かった。もう歌は歌わないでくれよ。じゃあ始めるか。ほら、弓だ。頑張れよ。ありがとう。俺は故郷以外で死にたくはないんだ。どうか仲間の死が光に導かれますように。ラキアは一人で戻ってきた。服は乱れていたが
お前の名を聞いて罰が悪そうだった。なぜだ？あいつ歌がうまかったぞ。聞いたことはないが絶対に嘘だな。問い詰めておくよ。行かないと。何か分かったら私に知らせてくれ。安息の地を越えた世界、オーリンを探し出して情報を聞き出さないと。襲撃者のこと、それに奴らのフォーカスのこと、私に似た女性のことも。なぜ私を狙う？オーリンはメリディアにいる。捕らえれば口を割る。死んだ人たちの償いをさせるんだ。申し訳ないが、都に入る品物は全て検査させてもらう。バカバカしい。我らは善良な市民だぞ。どれだけ待てばいい？どうしろって言うんだ。せっかくの商品がダメになっちまう。どうなってるんだ？オーリンがいる、どこかに。それにエレンドや試練の前夜に話した他の流れ者も。エレンドはメリディアンに来れば姉を紹介すると言ってた。ヴァンガードの隊長だったな。都は封鎖。これじゃ一月で一文なし。被害を被るのはいつも商人ぜ。落ち着いて衛兵の方に歩け。おい、お前止まれ。先日の攻撃を受け、よそ者は検査に応じねばメリディアンには入れん。先日の攻撃？何があったんだ？ヴァンガードとエルサ隊長が殺されたことだ。赤の参道でシャドウカージャに奇襲を受けた。エルサ？エレンドの姉が死んだのか？なぜその名を知っている？知り合いだからエレンドを呼んでくれないか？はあ、ヴァンガードの新隊長エレンドともあろうお方がこんな流れ者にわざわざ会うとは到底思えないがな。アロイ、おい生きてたか？てっきり死んだかと。おいお前ら道を開けろ。はるばるメリディアンまで俺に会いに来たか？飲んでたのか？ああ、いや少しな。で生きてたか？たくお祝いだな。俺のおごりだ。二人だけで話がしたい。力を貸してくれないか？よし来い。許可されますか？許可するに決まっているだろう。これからは彼女が望むままにここを通行させるように。わかりました、隊長。これでもう邪魔は入らないぞ。話ってなんだ？エルサのことを聞いた。お前には特別な人だったろう。俺にとってみんなにとっても同じさ。いつも要領よくてあれこれ命令して頼りにしてた。俺があいつの代わりを務めないと。なのに俺と来たらただもがくだけ。焦ることはない。じきに落ち着く。こんなに飲んだくれてちゃ無理だな。エルサがいたらなんて言うだろうな。ああ分かってるよ。もっと自分に自信を持てだろ。姉貴のように。最後に会った日からいろいろあったんだ。試練の時襲撃者たちに襲われた。大勢が死んだ。爆発音が聞こえた時俺たちは村にいた。何人か義勇兵が戻ってきて参加者の多くが死んだって。ノラの民の悲痛な叫びと深い悲しみは忘れることができない。よく助かったな。問題はどうして私が狙われたのかだ。狙われた？どういうことだ？私が狙われたのはオーリンのせいだ。何を言ってるんだ？意味がわからない。オーリンを探さないと知っていることを聞き出す。あいつは俺の友だぞ。あいつは裏切り者だ。奴らの正体も目的もわからないが間違いなくオーリンが関わっている。でも俺はそんな。お前が理解する必要はない。あいつのところに案内してくれ。今はいない。数日前にガラクタや異物を漁りに行ったよ。どこにいるやら。あいつがよく行く場所とか知らないか？帰る場所とか。家ならメリディアンにある。よし、案内してくれ。そこを調べたい。まあいいだろ
調べるときは俺も立ち会わせてもらう。オーリンの家を調べたい。すぐに。ああ、分かったって。行こう。それじゃあどうやって入るんだ？力ずくか。なるほど。ほらここだ。物は壊すなよ。扉以外は？これすべて奴のものか？王宮につてがあると得するってことだろ。絨毯の端がボロボロだ。近くの床も擦れて。下に何かありそう。なんでここにハッチが？問題はどうやって開けるか。鍵がなければ無理だ。それはオセラム製のハッチだからな。絶対開かない。それはどうかな。そろそろ諦めな。時間の無駄だ。オーリンの家族の絵みたいだ。大きくて重そうだ。落とせば壊せるかもしれない。よし、押してみるか。さっき何も壊すなって言ったんだけどな。従えば生かしてやる。背けばこいつらの喉をかっ切って照りつける太陽の下で死体を晒し者にしてやる。奴ら妻と子を人質に。奴ら？誰のことだ？襲撃者。従わなければ家族を殺すと。地図だ。記号はオーリンが行った場所だな。日記をつけていたようだな。オーリンが契約書を読むことはあったが詩を読むタイプとはね。間違いない。狙いが私だと知ってた。
これが証拠。最後のページ、私に会ってから殺すようにって書かれてる。クソ、何が友人だ。裏切り者のペテン師め。記号の読み方どこで習った？それにあんたが見てるそれどうなってるんだ？フォーカスだ。これで見えないものが見える。オーリンのフォーカスも同じか？装置は同じものだな。ただオーリンと襲撃者は離れててもフォーカスを通じて連絡を取り合える。それに見ているものも共有できる。互いの目を通して見るように。襲撃者はそれであんたを見た。オーリン越しに。そう、きっとそういうこと。オーリンの居場所が分かった。そこに行かないと。たった一人で？大丈夫だ。一人の方が早い。待て、その装置でもし見えないものが見られるなら。エレンド、邪魔するな。手を貸してくれないか？お願いだ。エルサを殺したやつをシャドウカージャの兵士がやったってことは分かってるんだ。でも殺した張本人を知りたい。その気の毒には思ってる。でも私には関係ない。あんただって復讐のためだろ。なあ、部族を殺して自分も殺そうとしたやつを追いかけてるじゃないか。あんただけが正義を貫ける？いいか、俺は赤の参道に行く。エルサの遺体がある場所だ。そこで待ってるぞ。少し調べてくれりゃ満足する。分かってくれよ。赤の参道だな。やるだけやってみる。エレンドだ。苦戦してるな。ほら、こっち来て話そう。こんなところで一人で何してる？仲間はどこだ？あいつらを死なせたくない。俺みたいな役立たずは構わないが、あいつらはお前を巻き込んじまって悪いな。ああ、気にするな。こういうことには慣れっこだ。機械退治や追いかけっこはいつものこと。そうか、朝っぱらからすまないな。じゃあ始めるか。お前本当に平気か？今はシラフってことはダメだ。まあ少なくとも頭は働いてる。今のとこはな。エルサに何があったのか教えてくれ。初めから知りたい。詳しいことは分からん。あいつは優秀な兵を数人連れて真夜中に出てった。優秀な兵？お前は抜きか？ああ、ここんとこ飲んだくれてて、きっとあいつは俺じゃダメだって思ったんだろう。捜索隊が次の日エルサたちの遺体をシャドウカージャの死体と一緒に見つけた。待ち伏せだよ。シャドウカージャは人間じゃねえ。人前に出せないくらいあいつの顔を痛めつけてやがった。ひどい話だな。ああ、だが俺が奴らを見つけ出して後悔させてやるさ。彼女が真夜中に出て行った理由に心当たりは？ないな。何かの急用か伝言か、シャドウカージャの新たな脅威の報告とか。なぜ奴らはこんなことを？俺たちを嫌ってる。特にエルサのことをな。アバードと組んで奴らを都から追い出しただろう。奴らはこの2年その傷を癒してきたが、ようやく復讐を果たしたってわけだ。それじゃあエルサが倒れた場所へ、そこを調べてみよう。来い、こっちだ。着いたぞ。ここで奇襲された。何にも見つからなかったが、お前のその洒落たおもちゃで何かわかるかもな。頼む。エルサのために奴らを見つけたい。跡が見える。矢が散らばってる。
ここにある血痕は死体の血だまりとは違う。シャドウカージャの槍だ。シャドウカージャの鎧か。妙だな、傷一つない。綺麗なまま使われてない。塗りつけたみたいだ。まるで新品だ。未使用か。死体を引きずっていたのか。何か見えるか？このシミはまるで荷車の端から血が落ちたみたいにまっすぐだ。ほら、跡がある。誰かが死体をここに運んで戦場のあちこちに置いた。待て、ここにあった死体は他の場所でやられたってことか。シャドウカージャはなぜそんなことを？今はまだシャドウカージャの仕業だと決めつけない方がいいな。奴らに決まってる。じゃあこの後をたどって調べてみよう。エルサを殺したい理由はわかるが、奇襲に見せかける必要が。その理由をこれから突き止める。こいつらはシャドウカージャじゃない。俺と同じオセラム族だ。これがお前ら部族の挨拶の仕方か。まずいな。あれは何だ？機械を引き寄せているんだ。来るぞ。オセラムだ。シャドウカージャじゃない。俺は間違っていたってことか。いつものことだが。頼む、その千里眼を使ってくれないか。何が起こったのか知りたいんだ。やってみる。これはヴァンガードの武器か。岩が粉々に。あの川の紐は何だ？血まみれだ。何かの土台として使えそうだな。血痕がないな。エルサの兵は抵抗しなかった。何かが岩を砕いた。私の知らない何かが。ここで大勢が死んだ。虐殺だった。ナイフで切られた防具の紐、それに岩に血痕が。あった。三脚台に使用済みの電池が。これはエルサのヘルメットだ。下の戦場で死んだと思ったが、ここだったのか。こんな策略をなぜだ。俺を苦しめるためだけに。考えてみたんだ。決して想像の域を超えないが、
これまでもお前の仮説が何より正しかったじゃないか。そうか。オセラムが新しい武器を使ってエルサたちに奇襲を仕掛けた。上にある三脚台から狙って、多分力の波動とか音波を出して、それでそこの岩も割れた。人を殺すものではなく麻痺させる武器だ。ヴァンガードはそれにやられたんだ。武器に血の跡がついてない。でもどうせ殺すのならなぜ麻痺させる必要がある？何かを隠そうとした。見ろ、岩に血が。石でエルサの顔を潰したのか？他の誰かかも。皮の紐がきれいに切られている。鎧を剥ぎ取られたのか？そんなはずはない。俺は確かにメサの都でエルサの遺体を見たんだ。だけど判別がつかなかったんだろ。ならば同じ体型の誰かに彼女の防具を着せたのかもしれない。そしてエルサではないと誰にも知られないよう、あんなことを。メサの都に戻れ。遺体をもう一度確認しろ。お前の言った通りエルサかもしれない。でも違うなら。ってことは生きてるってことか。分かった、行くよ。後でそこで落ち合おう。ごきげんよう、アーロイ。私は潔白のマーラット。さあついてきて。あなたに大事な話があるのです。どういうことだ？エレンドは？中にいます。王とご一緒に。さあ私たちも急いで向かいましょう。さあこちらへ。皆三王との謁見を待っているのか？ええ、皆王に頼み事をしにね。煩わしいが国を治めるために。三王があなたにお会いしたいと機会を手なずけ、好奇心に満ちた目を持っている。とても興味深いことです。私にはどうでもいいことだ。そうでしょう。もう2時間も待ってるのに野良族が先に行くだと？気にせずに。貴族たちはデザートのおかわりをもらえずダダをこねる子供です。王はどんな人だ？陛下はお父上と違うということが大事なのです。分別のあるお方だとわかるでしょう。野良のアーロイ。見えぬものを見るものか。よく来た。どうやら手柄を立てたそうだな。エレンド、あの話を。エルサの墓を調べてきた。お前の言った通りだ。遺体の右膝の下に傷はなかった。子供の頃おもちゃを取り合った時につけた傷だ。遺体がエルサでないならまだ生きているのであろう。見捨てるなど許されぬこと。誰に連れ去られたか心当たりは？それなら私めが。エルサはオセラムに敵がおりました。族長のデルバールです。そんなまさか。解放以来誰もが奴の首を狙ってきたんだ。とっくに死んでいるだろう。オセラムの中でエルサを罠に陥れることができる者は他にいない。あの男なら国境近くに潜んでいるでしょうな。すでに密偵を送り出しました。ピッチクリフの市場で私たちを待っているはずですよ。国境に兵を出せばオセラムを刺激してしまう。だがヴァンガードならあるいは、それに誰よりも優れたノラも行くのならば。エレンド、マーラット、彼女と二人きりに。あまりお前に無理強いはしたくないが、これは私にも大事なことなのだ。エルサは特別な存在のようだな。オセラム・ヴァンガードの協力がなければメリディアンの解放も恐怖政治の打倒もありえなかった。あれ以来部族間の和平を保つのに苦慮はしているものの、エルサが部族の
説得に努めてきた。だからこそ彼女が必要なのだ。すぐに。デルバールは何者だ？彼を理解するには私の父上を理解せねば。父上は自分を太陽神と信じた。壊れていたのだ、心が。血の生贄が全てを解決すると父は信じていた。そして他の部族を犠牲にしたのだ、特にオセラムを。デルバールはあがいた。強力な武器を作り部族を集めて。父上はそれにこの上ない残虐行為で応えた。父上は彼の家族を生贄として太陽の広場に捧げたのだ。でもなぜデルバールはわざわざエルサを誘拐したんだ？裏切りと思ったのだろう。メリディアンを落とし人々を虐殺するという彼の計画を知るまでは仲間だったのだ。そして彼女は私と手を組み父上から都を解放した。デルバールは絶えず復讐の機会を狙っていた。特に我らについたオセラムに対しな。彼に敵対する者も増え消え失せたと思っていたが違った。一つ分かったことがある。ノラを攻撃したのはエクリプスというシャドウカージャの一派だ。他の機械を支配できる古代の武器を奴らは掘り出そうとしている。メリディアンを攻撃するつもりだ。お前の話はマーラットの報告とよく似ている。シャドウカージャの派閥、そこら中にいるマガツキたち。いつ攻撃をしてくるか分かるか？それは私にも分からない。できる限りのことはしよう。だがそれまではエルサを探すのが先決。どうか見つけてくれ。この王国と政治について聞きたいことがある。いいだろう。お前は調和をもたらすために父親を殺した太陽神だと言われている。本当なのか？お前には見えぬものが見え、飛んできた矢を割り人睨みで機械を手なずけるそうだな。それらは本当か？間違ってはない。確かに部族に調和をもたらしたいと思っているが、まずは何人もの家来の相手をせねばならん。すぐには無理だ。立派な建物だな。それに下々のものを目にせずに済む。気に入らんか？まあ実のところ私も好きではない。我慢するしかあるまい。一日で変化は訪れぬ。だが宮殿にいては変わるものも変わらない。いつかは変わるだろう。お前のような者がそばにいれば。王宮の政治は複雑なものだな。オセラムは友でもあり敵でもあると。エルサとオセラムの義族の協力なしにメリディアンの解放はなかった。多くがここに暮らしている。だがクレイムに住まうオセラムの要人たちがその成功を妬むようになった。カージャの貴族も同様にな。危険な状況だ。父上が長きにわたりオセラムを襲ってきたこともある。エルサが和平を保ち互いに利益をもたらすと約束してきた。だがデルバールのように邪念を捨てぬ者もいる。シャドウカージャについて教えてくれ。エルサとどんな関係が？あの者たちは父上の政権の残党だ。落葉の砦から西方を牛耳っている。父上同様支配のみにこだわり、その名のもとに血を流しているのだ。神の力を得るために。エルサが都を解放して以来汚名を着せられている。デルバールはこれを知っていて利用したのだ。そろそろ行く。よかろう。私が頼むことではないと言われたが、どうかエルサを見つけてくれ。誰がそんな？マーラットたちだ。
聞きたいことがあれば彼やエレンドを頼るがよい。なんだ、エルサもデルバールも死んだと思っていたんだがな。俺の知らないうちに死ってもんは意味が変わっちまったか。まあいい。とにかく今は姉を助けて仕返ししてやるさ。マーラッドの密偵が頼りだな。エルサからデルバールのことは聞いてないのか？俺たちはあいつの部下だったんだよ。一応な。教王を倒すための兵士集めを手伝ってた。だがエルサを妙な目つきで見るようになって、当然エルサは興味なかったが奴はしつこかった。おまけに奴は悪い奴らだけじゃなくカージャ族全てを殺したがってたんだ。まあ要するに奴は気味の悪いクズ野郎ってこった。アバードはエルサ探しに熱心だな。ああ、仲が良かった。二人ができているっていうやつもいるが、それは違う。エルサのタイプじゃない。まあそれはさておき、今はエルサを探すことに集中してデルバールを懲らしめてやる。私は行く。ピッチクリフで会う約束だからな。エルサのためだ。アロイ、何かご用ですか？三王に仕えているということは分かったが、お前の役目は何だ？必要なことがあれば何でも。曖昧なやつだな。場合によります。アバードは確かに聞いた通り誠実だ。彼は三王です。私は陛下に仕える身。他に何が言えましょ教王に仕えた時はどうしていた？まあ彼に仕え敵と対峙した。精一杯のことをしたまで国のために。何をした？咎められるようなことでは。お前は密偵じゃないのか？三王国はあまたの有用な声であふれている。私は聞き上手というところですかな。なぜ皆お前を潔白のマーラットと？皆というのが一体誰であるか、どんな罪を着せたいかにもよるでしょう。お前と話すと疲れるな。そう言われます。国境には何があるんだ？オセラムの全焼基地でデルバールを嫌う者たちだらけですよ。ですが彼と共に亡き三王と戦った者はとても忠実です。仲間がいるでしょうね。お忘れなく、彼は最高の職人、何よりも危険なおもちゃを好む男だということを。デルバールの仕業だという確証はあるか？確信や必然には興味がない。可能性を好みます。これほど賢いオーセラムがどれほどいます？あなたが言うような武器を作れる者が、エルサを憎む者は他にいますか？それはない。デルバール？ありえるでしょう。みんな死んだと言ってるぞ。だからこそ先ほどのような言葉を疑うべきなのでは？行かないと。そうなさい。ここがピッチクリフか。マーラットの密偵が市場にいるはずだ。密偵はどこにいる？時間はたっぷりあったはずだがな。探してみよう。そうだな。クレイムの生活は決して楽じゃなかった。ここの生活も楽じゃないけどね。さっきまで誰かいたみたいだ。煙に汗。
一日の仕事をやり終えたって感じ。マーラッドの密偵だな。デルバールの手下にやられたのか。多分何か見つけたんだ。これを見ろ。血を使って地図を描いたのか。ああ、こいつは当てにしても良さそうだな。ピッチクリフだな。北に印がついている。デルバールの居場所かも。俺の隊が外で待ってる。また後で合流しよう。機械だ。繋がれているみたいだな。デルバールは機械いじり。おそらく機械で実験をしたり分解しているんだろうな。あいつらをうまく使えるかもな。まずは私が戦いが始まるまで待て。分かった。任せてくれ。奴の仲間だ。面倒なことになるな。待ってました。探してるのが私じゃなきゃびっくりだな。ほらそこでくたばってな。
あそこだ。突破するぞ。無理だ。デルバールの仕掛けのせいだろう。なんとかするからここで待っていろ。あいつらこれであのひどい音を耐えているんだろうな。エルサ！エレンド、デルバールに拷問されて変なものを見せられた。俺が一緒だったらなぜ呼ばなかった？そりゃ俺は飲んだくれだけど、でも。やめてバカね。デルバールから伝言がある。交渉をしたいんだって。罠だと知っていたから呼ばなかったのよ。危ないと思って。大した罠じゃないと思ったの。やれると思ったのに。いい、聞いて。メリリアンで何かとてつもないことが起こるわ。太陽が煙で曇りゆく姿をアバードに拝ませるって言ってた。王のそばにいてあげて。おふざけはもうおしまい。あなたも早く大人にならないと。分かった。約束だ。絶対に約束よ、エレンド。エルサ、おい、ダメだ。行くな。約束は守るよ。絶対だ。エレンド、気の毒に。デルバールを探すにもベリディアンは広すぎる。奴の持ち物を見てみる。手がかりがあるかも。デルバールの記録か？奇妙な装置だ。いかにも手が込んでる。随分と丁寧に解体しているな。デルバールは機械をいじって何を？嫌な感じがする。電源を入れたらどうなる？うまくいったみたいだな。ほら二人とも何か言ってみろ。どうしよう。なんて言ったらいい？何でもいいさ。お前の声が聞きたいだけだ。取っておきたいんだよ。じゃあ歌うね。ララララララほら、歌に笑い声、話すのよりもいい。これで聞きたい時に聞けるな。終わったの？さあ寝る時間よ。おやすみママ。パパもおやすみ。言った？私たちどうするの？攻撃は日に日にメインスプリングに迫ってるわ。あとどれだけ隠れていられるのか。家族の形見か。奴にはもう失うものがない。制作についてのメモか。手紙が挟まっているな。メリディアンにブレイズをたくさん送った。それを見つければデルバールも見つかるだろう。
役に立ちそうなものを見つけた。とりあえず王宮に戻ろう。ああ、俺もすぐ行く。だが今はエルサのそばにいたい。クレイムに伝令を送って知らせておきました。エルサの葬儀に必要なものがあれば何でも申し出るがいい。葬儀は落ち着いてからやります。アーロイ、よく戻った。これからどうすれば。希望を持った瞬間奪い去られるなどあまりにむごい。エルサのことを思うならデルバールを探しましょう。太陽が煙で曇りゆくと言ってたそうです。アーロイ、手がかりのことを。手紙だ。大量のブレイズをここの倉庫に送ると書いてあった。ただデルバール宛てじゃなかった。宛先はエールンド・フォージマン。この名に心当たりはあるか？聞いたことが。そうだ、大家ですよ。オセラムが都の建物を買い占めていて、その名前があった。確かそうメサの端にある寺院の近くです。商店でしたが倉庫にも使えるでしょう。あの男が偽名を使って手に入れたならまだそこにいるかも。召集をかける。そこで会おう。待ちなさい。オセラム族はデルバールを誰より憎んでる。彼を得るためなら何でもするはず。生け捕りだと交渉の材料にするってのか？冗談だろ。我らの安全は和平の維持にかかっているのだ。デルバールは可能な限り生きて捕らえよ。これは命令だ。アーロイ、少し話せるか？エレンドは私にエルサの最後について詳しくは語らない。気持ちは理解できる。だがこのままだと頭の中で想像が膨らむばかりだ。エルサは苦しんだのか？エルサは自分の苦しみではなく弟とお前のことを何よりも気にしていた。礼を言おう。彼女も私を気にかけていたのだと知りたかった。デルバールをここに連れてきてくれ。罪の報いを受けさせる。よし、ここだな。デルバールいるか？お前に届け物だ。奴からの贈り物か。爆弾か？ちっちゃいな。殺すには十分。そうか。黙るよ。ブレイズ、上の階にある何かから漏れてる。もし下手にいじったら仕掛けが起爆するかも。ブレイズだらけか。下の爆弾が爆発したらデルバールの思う壺になる。都が炎に包まれて太陽が煙で曇りゆく。きっと止める方法があるはず。ブレイズを取り除けば爆発を抑えられる。爆弾が爆発したらブレイズが炎の嵐を起こす。この窓を開ければ爆弾の燃料を取り除くことができるはず。止め針は木製。脆そうだ。押すのを手伝え。了解。力仕事はうってつけ。それで都を救うんだよ。
ブレイズが落ちたら逃げるんだ。1階の仕掛けがこれで爆発するだろうからな。俺たち死ぬのか？多分な。ほら押して。やったぞ！ザ・マーミのデルバール、メリディアンは健在だ。いやまだだ。アバードに拝ませると言ってただろう。まさか宮廷に忍び込むってのか？衛兵がいるんだぞ。念のために戻っておけ。私は残る。デルバールの仲間が手がかりを残しているかも。分かった、任せろ。宮廷にいたらぶっ殺す。靴跡、ブレイズが混じっているな。あの爆発で怪我したやつは誰か俺と一緒に大儲けしたいってやつじゃないか。みんなバケツを持って順番に火を消すんだ。こんにちは。必需品だよ。買わなきゃどんな必需品なのよ。どうした？爆発の音なんて解放依頼だ。そこの流れ物ちょっといいか？メサから煙が上がっているわよ。誰が攻めてきたの？跡が中に続いてる。ここもデルバールの隠れ家か。ここで起爆装置を組み立てたのか。壁にトンネルが。宮廷への侵入路を見つけた。デルバール。ひざまずいている太陽神をこの目で見たかった。おい、うるせえな、黙ってろ。ケツ守るやつも必要だろ。お前が好きだらけのせいでな。疲れたか。おやおやアバード、こびへつらった強豪の出来損ないが。強豪を殺すチャンスはお前に奪われたが、お前の命で我慢してやる。お前と一緒に燃え盛るカージャどもを見るのはさぞかし楽しい余興になりそうだ。メリディアンにお別れを言うんだな。灰と腐臭に包まれ、そしてあえぐがいいさ。おかしいぞ。まさか何も聞こえなかったぞ。メサの教会で煙が上がってるぞ。バカな、炎の嵐はどこだ。あんなストーブ程度の煙じゃなく。なんだ。ほう、俺の隠れ家を漁ったのはお前だったか。爆弾も解除した。なるほどな。まあ爆弾などなくても玉座に血しぶきを浴びせてやる。まずはお前、次にアバードだ。こっちに来い。あの女が来る。
お前ごときハヤブサどもやラベジャーと比べれば雑魚に過ぎんな。持ちこたえろ。これで終わりではないぞ。オセラム族の腕利き職人はいつだって次の手を用意しているのさ。誰？私？ああ、実に素晴らしい残忍なグリントホークよ。また俺が手を下す必要もない。エルサがお前を殺すところも見たかったが、俺がやるのも悪くない。やってみろ。怖くないぞ。だがどうせお前のことだ。しくじるだろうさ。ならお前を鎖で繋いでメインスプリングに連れ戻してやろうか。クレイムの一族はお前の死を望んでる。喉から手が出るほどにな。痛めつけ方もよく知ってる。他の者に手を下させるとはお前らしいな。黙れ。お前の運命は三王が決める。アーロイ、この感謝の気持ちは到底言葉では言い尽くせないほどだ。私を救い、メリディアンを救ってくれた。お前のおかげでこうして正義が下された。真実を知った今、エルサを弔える。お前なしではどうなっていたことか想像もしたくない。メリディアンに残るつもりはないのか。なぜ都に残ってほしいんだ。その答えは明白であろう。どういうことだ。まず何より第一、都が炎に包まれるのを防いだ。お前は強くて利口で、それに腕もいい。お前がそばにいれば心強いのだがな。ありがたい話だが、でもお互い心の整理ができてないだろう。少なくとも今は。探し求めているものをまだ見つけてはいない。きっと遠くに行くことになるだろう。ああ、もちろん邪魔をするつもりは。しっかりしてるな。エルサと同じく。アーロイ、いつでも戻ってくるといい。この出会いが夜明けであることを願っている。お前とエルサは見てわかる通り、私は彼女を思っていた。助言者というだけでなく
支えだった。だが一緒にはなれぬ。メリディアンでのカージャとオセラムの関係が不安定のままではな。三王とオセラムの戦士が結ばれれば都の反乱につながってしまうだろう。一族との戦いにも。誰か知ってたのか？一人だけ。デルバールだ。エルサに拒絶されたことでおそらく嫉妬心が憎しみに変わってしまったのだろう。これからデルバールはどうなるんだ？しばらく太陽の広場にある地下の独房に入れておくことにした。彼の身柄をメインスプリングへ引き渡した後のことは想像したくもない。私の父上は苦痛を与えることに長けていた。だがオセラムのやり方は父上をも上回る。実に惜しい。デルバールは才能がある。父上の過ちがなければこうはならなかっただろう。じゃあそろそろ行くよ。分かった。探し物が見つかるように必要ならばいつでも助けよう。日の出がある限り。アロイ、エルサのことなんだが、あいつならデルバールをやる。その場で。そのためにあの夜奴に会いに行ったんだ。でも俺に大人になれって正直言われた時は傷ついたが、真面目に考えてる。つまりしたいことより正しいことを優先しろだろ。私に聞くのか？お前年上じゃないか。でも年上らしくない。デルバールの時も。買いかぶるなよ。未だにあいつの首を絞めてやりたくなるんだ。でもそうはしない。お前はいい隊長だ。やめろって。泣かせる気か？それでヴァンガード隊長殿はこれからどうするつもりなんだ？とりあえずクレイムに戻ろうと思う。身内に連絡を入れたらちゃんとエルサを埋葬する。あいつのスタイルでな。世間話より酒飲みながらってことさ。オセラム族はデルバールをどうするつもりだ？しばらくは話し合いが続くだろうな。まあ結果がどうあれ時間はかかる。俺は構わん。地下の独房にいるあいつの怯える顔を見に行くのもいいかもな。それじゃあ。分かってる。行くんだろう。殺し屋を追い機械を手なずける朝飯前だな。実はお前に会った時俺は偏僻なところから来た美少女の前で大物気取りだった。けど今はお前に会えて俺はラッキーだったと思ってる。世界を救うのもいいが俺のことを忘れるなよ。お前のためなら喜んで時間を作るよ。そうか。はっ、嬉しいね。からかいに来たのか？俺は見ての通り忙しい。ああそうか、自慢したいんだろ。ほら何か言ってみろ。これがお前の狙いか。太古の機械にまた命を与えることがとても役に立つ力だぞ。地中に埋もれていた機械の悪魔どもがか。いやこれは悪夢だろう。
悪夢か。そうだ、敵にとって最悪の悪夢が現実となる。そうだ、立て。あいつだけ捕まえるのは無理か。これじゃみんな殺されちまうだろう。奴らが殺すのは我らの敵のみ。そして我らは大地を奪い返す。おい、フォーカスがおかしいぞ。周囲を探せ。侵入者がいるようだな。アーロイ、邪魔をして悪いがこうするしかないんだ。誰だ？協力者だよ。フォーカスは無力化したがいつまで持つかわからん。あとはお前次第。お前は誰だ？あの娘が生きてる。殺すんだ。断る。尻拭いは自分でしろ。約束だ。全てを話そう。当然だ。私は誰かに似てるから殺されそうになった。私より年上で短髪の女、誰なんだ？俺は知らない。だが創造主の落日で以前画像を見つけた。あそこならわかるかも。遺跡で画像を見つけた？どこだ？扉があって、そこの隣の装置に女性の画像が入っていたんだよ。フォーカスに場所が記録されてる。確かに似てる。母親か？質問しているのは私だ。試練で私を狙った奴ら、何者だ？エクリプスさ。聖戦士を気取っていやがるカルトだ。シャドウカージャのな。シャドウカージャ？ああ、俺の知っているどのカージャとも違う。奴らは太陽を崇めない。奴らは悪魔を崇拝している。奴らの迷信などには興味ない。いや、あれは迷信なんかじゃない。あの悪魔は本物さ。名前もあれば声もある。あの恐ろしい声で命令を下すんだ。奴らが崇めるその悪魔の名前は？ハデス。そう呼ばれてる。ハデス。声を聞いたんだろ？一度だけ聞いた。あんたを見た時に。あれは骨まできしみ、内臓をえぐるような冷たく恐ろしい声だった。鉄の音だが遺跡にあったものとも火事場の音とも違う。何と言っていた？システムが脅威を検出。たったそれだけ。恐ろしい悪魔の声で。エクリプスは私の他に何を狙っている？知らないよ。母ちゃんの内乱を考えるとアバードを倒して都を奪還するつもりかもな。じゃあなぜ私を狙う？そんなこと知らん。試練ではある男に殺されかけた。長身で屈強で死んだ目のヘリスだな。何者だ？三の死神。強王の戦士だった男さ。死を呼ぶ者として恐れられてきた。強王が死んでからはエクリプスを率いてる。奴はこの世で最も危険な男だ。お前はなぜ目をつけられた？なぜお前の家族を人質に取ったんだ？俺はタカリア。暗闇での物探しを得意にしてた。だから偵察にもってこいだと思ったんだろう。創造主の落日で仕事して外に出たら奴らが待ってた。妻子を見た時は笑っちまった。
奴はヘリスからの伝言を見せつけてきたんだ。笑いも凍っちまったさ。フォーカスを渡され、行動を監視されて命令に従った。メリディアンに入れたのに、なぜアバードを狙わなかった？爪に土が詰まってるような奴は王と謁見などできない。だがエルサやエレンドとの会話はフォーカスを通じて全てエクリプスに聞かれてたんだ。警告なんてできやしない。もしバレたら俺の家族が殺されちまうんだ。なぜエクリプスは古代の機械を掘り起こす？どうやって動かしてるんだ？解体すると思ってたが、奴らはそれを蘇らせた。残骸に何かの装置を接続して、それでハデスがささやくと墓から目を覚ます。前にそんな機械と戦った。まだいるのか？ああ、今日あんたが戦ったのはコラプターだ。だが他にもいる。もっと大きくて古代の武器だらけのやつが。そいつはデスブリンガーと呼ばれてる。埋まってるのしか見たことないが、これから先はどうなるかわからん。まるで軍隊でも準備してるようだな。そうならば世界は滅びるだろう。俺もそれに加担したわけだ。もう十分だ。そろそろ終わりにしよう。命乞いなんかはしない。だが情けがあるなら家族を助けてくれ。お願いだ。家族はどこに？フォーカスに記録が残ってる。いつも見張りがいるが、あんたなら一人でもやれるだろう。お前の命を奪うことなど簡単なことだと思っていた。でもお前は奴らに脅されていただけだ。お前は悪人ではない。弱いだけだ。そうさ。もし俺に強さがあるとすれば、それは家族だ。お前には死がふさわしい。だけど俺は死ぬべき人間だ。ためらうことはない。一生かかるぞ。お前が犯した罪を良き行いで償うには。俺に情けを。あんなことをしたのに。そうだ。新たな人生を歩め。より良い人生を。ならばこの恩を一生胸に刻み、俺は生きる。家族が囚われている場所へ行って私を待ってろ。お前が救う最初の命になる。情けには値しないが、命がけでそれに見合う人間になろう。あんたを待っているよ。そのうち機械の乗り方を教えてくれよな。アーロイ、来ると信じてた。オーリン、お前の家族ヘリスの脅迫状を見た。妻と息子がいたのか？家族の安全を守っていたらあんなことせずに。これで挽回するんだ。そのために来た。そうだな。これ以上ない申し出だ。この近くにいるのか？ああ、この岩場の向こうの農場だ。案内する。あれだ、櫛の岸壁にある家。前の家主のことは考えるな。もう遅い。ついに来たな。こんなに近くにいるっていうのに。なのに。あともう少しだ。エクリプスはどれだけいるんだ？見たところかなり少ない。だがかなり重装備だ。射手が尾根から見張ってる。悪魔の機械はいなさそうだった。ずっと見てたんだろう。どうやって入る？戦略立てる頭がありゃ、俺はこんな羽目になってないだろう。あ、確かに。オセラム式に正面から襲撃するか、脇から行くか、尾根から行くか。お前なら屋根に登れるだろう。俺は重すぎるからダメだ。私一人で行く？無理じゃないだろうが、エクリプスのことだ。油断は大敵ってやつだな。よければ後ろは俺に任せろ。いや、ここで待て。戦闘が終わったらついてこい。ああ、任せとけ。
オーリンの家族がここに閉じ込められてる。あれは開きそうにないな。エクリプスが鍵を持ってるはず。よし、頼むぞ。外で物音がしたけど、エクリプスじゃない。あなた誰？怖がらないで、ここから出してやる。希望は捨ててなかった。でも長いこと待ったわ。出ても平気なの？エクリプスは片付けておいた。終わったのね。何度も何度も逃げることを夢見た。でも息子が危険な目に遭ってしまう。大事なのはお前が息子を守ったということ。さあほら、旦那さんが待っているぞ。オーリン。戦闘の音が止んだ。オーリン、連れてきてくれたのね。ありがとう。そんな礼はいらないよ。打ち明けることが、俺は悪魔に身を売って人々が犠牲となった。私が知らないと思ったの？話は聞いてた。俺の手はいつも泥で汚れていた。今は血に染まっている。息子をその手で抱き上げて一緒にクレイムに戻りましょう。奥さんの言う通りにしておけ。でもヘリスと悪魔たちが。アーロイ、お前に手を貸さなければな。俺なんかが役に立てるかは分からんが。オーリン、心配するな。借りなんてないんだ。家族と行け。変わったと証明するんだ。じゃあな、アーロイ。母親を奴らより先に見つけるんだぞ。創造主の落日だな。オーリンは古代の装置で私に似た女性を見つけたと言ってた。私の母親ならなんでその痕跡がこんな場所にあるんだ。ノラの地から離れてる。彼女は一体誰なんだ。彼女の名はエリザベト・ソベック。お前またフォーカスで偵察か。まあいい。何を知ってる？このまま進めばもうじきわかるはずだ。私が知らないこともあるかもな。だが用心しろ。創造主の落日にはエクリプスがいる。遺跡の外に役に立ちそうな装備を置いておいた。場所はフォーカスで探すといい。本当にあったな。悪くない装備だ。ありがたく使うか。なぜこんなことを。見つけてほしいからだ。良い狩りを。ではまたな。待て。くそ。ウォッチャーの間が尽きた。エクリプス上。我々のものは大昔に掘り起こされたが、古代のものはまだ埋まってる。
ついてないのはどっちかな。全員じゃない。爆発だ。また爆発。ユーザーを回せ。よーし、撃て。武器の準備はできた。お前たち行くぞ。素早く行動しろ。ぐずぐずするなよ。じきに悪魔が眠りから覚める。新たなデスブリンガーが加わるのだ。あれがオーリンの言っていたデスブリンガーだな。想像通り。あの塔の中に入るには使えなくなった。まずあいつを破壊しないとか。フォーカスを無力化して、あとはお前次第。やってみる。あれを撃つと良さそう。やった。強烈だったな。よし、あのリーダーはフォーカスを持ってた。中身を見るか。それじゃ見せてもらおうか。これはなんだ。奴が生きている。許されん、許されん、許されん。今のは何なんだ。ハデス。おい、そこにいるあんた、今の見たか。返事はなしか。まあいい。どんどん気味悪くなるな。なんとかして塔に入らないと。ID をスキャンします。またこれか。遺伝子データ認証完了。通行権限を確認。ようこそソベック博士、中へお入りください。ソベック博士ですね。サロ氏との会議は35万5510日前に行われる予定でした。35階にお進みください。ちょっと待て。今35万日と言ったか。何百年も前だ。どうなってる。デスブリンガーか。それかその像ってところだな。人殺しの機械か。崇めていた。ハローオートソリューションへようこそ。
未来で起こりうる問題も今ここで解決します。現在2万5,000人以上の従業員が世界各地のさまざまな企業で活躍中。パロは自立型完全自動技術においてあらゆる分野で世界をリードしています。生活に画期的変化をもたらした家庭向け商品パロフォーカス、そして世界各地の紛争地帯で流血を防ぐチャリオットラインの平和維持ロボットに至るまで、パロの多彩な製品が目指すのはよりスマートで明るく安全で驚きに満ちた未来。ファロオートソリューション、あなたの問題にスマートソリューションを。じゃあ彼らがフォーカスを2万5,000人もいたのか。部族より多い。じゃあ彼らが機械や装置を作った。その世界では珍しくなかった。この場所は何だ。ここで何を。企業というものだ。部族とはまた違う集団。機械を作っていた。ああ、それでフォーカスにデータファイルをアップロードした。それを見ればわかる。空気が自然のものが何もないのか。匂いもない。また崩れてる。でも通れそうだ。FSP-5 ケペシュは主力となる武器に汎用性の高いソリューションを提供します。メタマテリアル構造が比類のない反動抑制を実現。これにより予算や問題解決の統計データに合わせた武器を配置できるようになりました。特許バイオマス転換システムで環境影響を抑えつつ拡張緊急操作が可能となります。マルチリニアターゲット処理により自律型国内作戦において即時に脅威分析と法的検証を同時に行えます。またスワームのネットワークに従属させることで無人戦闘が可能になります。いずれにせよ有事の際には間違いなくケペシュが切り札となるでしょう。デスブリンガー、大きくて強いやつ。確かに主戦力だな。BOR7 ホルス、それは高速で学習するネットワークが統括的に管理する完璧な戦闘エコシステムです。戦場で損失補填が必要な際や戦力投射の強化にもホルスが搭載する製造能力を使えば次の戦力到着を待つ必要はありません。部隊のパラメーターを見直すことでホルスでは手頃なライセンス料で追加ユニットを製造し部隊を補充できるのです。一方でチャリオットラインのバイオマス転換システムを使用すれば常に燃料供給や修理ができいつでも使用可能。タイタン級プラットフォームを超える運用許容量に拡張することが可能です。調整能力と稼働力、それこそがホルスの強みなのです。自動化戦争の未来が今あなたの手に。鉄の悪魔、これもファロの機械だったのか。機械の製造能力増えることができたってこと。そんなの止めようがない。SCA3 スカラベは従来の戦争と後方戦争の機能を一つに統合しました。あらゆる地形での高速偵察に対応し、偵察クラスの自立エージェントの中では世界最高レベルの生存率です。スカラベの緊急バイオマス転換システムにより常に基地への帰還が約束されているからでしょう。燃料供給ラインが遮断されてもです。敵ロボットを自らのネットワークに取り込む機能の恩恵もあるのでしょう。これにより増力されるのです。様々な機能を持つマニピュレーターアームを追加したことで360度の低窒性暴動対応から類似のチャリオットラインモデルの外科修復まで最先端の平和維持艦隊に貢献することでしょう。コラプター、敵ロボットを自らのネットワークに取り込む。なんだか機械に汚れを振りまくのと似ているな。まだまだ上に行けそう。凍った鉄ばかりだな。まったく手のかかる博士だな。
よし、着いた。ここに何が。全データをデバイスから消去しました。アルファ特権を使用してデータを回復しますか？そうだな、お願いするよ。ファイルを復元しました。エリザベト、よく来た。久しぶりだな。弁護団が見当たらないけど。何言ってる。18件の訴訟は全て取り下げておいたよ。データで確認できるだろう。でも何か裏がありそうね。いやいや、ランチでも注文してゆっくり話そうじゃないか。邪魔はいいわ。失敗をしでかしたから私の力が必要で訴訟を取り下げたの？白状しなさい。それがチャリオットラインに誤作動が出た。殺人ロボットに平和維持機。そう、それさ。シャットダウンすれば。それができるならとっくにしてる。応答しないんだ。スワームが制御できなくなったってこと？もっとひどいよ。じゃあデータを見せて。あとランチは食べる。一人で。テッド・ファロがエリザベト・ソベックをここに？でも嫌い合ってる。次のファイルを復元しました。これは誤作動じゃない。これは大惨事よ。まったくまずいな。まずい？落ち着けリズ。まずいなんてものじゃないわ。絶望的よ。殺人ロボットの大群を作った。平和維持機と言ってる。しかも生物資源を燃料にする。それは緊急時のみだ。それに加えて自己複製を可能にした。自己複製は限定的なもので制御されてる。もう違うでしょ。誤作動で指揮系統が崩壊して、これはもうスワーム自身の意志でしか動かない。何？そんなこと？自分以外は全て餌。この複製スピードじゃものの15ヶ月で地球が丸裸にされるわよ。これはもう文明の崩壊なんてものじゃない。絶滅の危機よ。分かったよリズ。じゃあ今の段階で食い止める方法は？食い止められない。もう無理よ。そういう意味じゃなくて。ああ、真実がバレるのってこと？リズ、言う通りにするよ。作業を続けて君が進めることは何でもする。その言葉忘れないでよ。ファロの機械が全生命を脅かした。でもどうにか博士が倒したのか。世界は崩壊したけど生命は残った。私たちのように。最後のファイルを復元しました。プロジェクトゼロドーン。頼むよ。他に方法があるだろう。あなたの失態をチャラにできるならとっくに提案してる。だがこんな正気か。助けを求めてまさか事態を悪化させる方法が出てくるなんてな。それは違うわ。恐ろしいけどもうこれしか手はないの。早くサインをしなさい。サインだとするわけないだろう。するのよ。何？リズ、こんな俺でも良心は残ってる。できない。テッド、決心なさい。分かってる。私は今飛行機で米国ロボット司令部に向かっているところ。15分後にヘレス将軍と参謀本部で面会する。なんだって。おい、正気か。話す内容はあなた次第よ。サインすれば世界最大の企業が私の設計したゼロドーンのための資金を保証すると彼らに伝えてあげる。サインしないなら地球上にいる全人類がこの誤作動の本当の原因を知ることになるわ。やめろよリズ。何も脅さなくてもサインする。ポジティブに考えて。これから先はあなたが得意なことをするだけ。人に手を汚させてお金だけ払うの。神をお許しを。
恐ろしい計画とは一体何だ？どうやって機械を止めた？管理者のアクセスを検知。特急リフトを開放。意味がわからない。大昔に生きていたソベックが母親のわけがない。こんなに調べても何もわからないままだ。せっかく事実を知ったというのにどうした？わがままな子供のようだな。減らず口を叩くなら面と向かって言ってみろ。お望み通りに。お前は自分のその発見にどれだけの価値があるのか本当にわからないのか？お前にはがっかりしたよ。幽霊じゃなかったか。名前もあるのか？この状況で聞きたい質問が私の名前だというのか？何十年もの間、古の者たちの謎を解明するために遺跡を調べてきた。ファロの機械が文明を破壊した時、長きにわたり考えていたが確かめられずにいた。だがお前は一瞬で私が明かした以上の発見をした。なのに聞きたいのは私の名前だと。サイレンス、それが名だ。さあ、他の質問をしたらどうなんだ？もっと知的なことを。お前に私の苦労がわかるわけない。どれほど辛かったか。自分が何者でどこから来たのか知らずに生きてきた。そこにエクリプスだ。エリザベトに似ているというだけで私を殺そうとした。育ての親は殺され、赤ん坊のお前は山で見つかった。フォーカスを通じてもう知っている。私が何かを求めて進めば進むほどその答えが遠ざかっていくんだ。わからないだろう。わからぬというわけではない。興味がないだけだ。もし答えがいつも遠ざかってしまうのなら追いつくように走ればいいだけ。そうすれば問題全体を理解することができるはずだ。一体何のことを言っているんだ？お前の謎は個人的なもの。大いなる謎の一部に過ぎない。共通点はエリザベト・ソベックとの関係だけだ。でも関係とは何なんだ？何世紀も前の人が母親なわけがない。それはまだわからんな。答えを知るためには諦めずに進み続けることだ。お前のおかげでファロの機械が地球上の生命を危機にさらした事実を知れた。でも免れた。古の文明は崩壊したが生命は救われた。その通り。ではエリザベトは何をした？全てが失われる前にどうやって機械を止めたのだ？プロジェクトゼロドーンとはまさにそれが確信。さて、答えを見つける覚悟はあるか？もちろんある。ではなぜ突っ立っている？ちょっと待てサイレンス。説明することがあるだろう。十分話したはずだ。まだ聞きたいことがあるならさっさと言え。時間を無駄にするな。私のフォーカスを覗き見ていたな。どうやったんだ？フォーカスが発するのは信号、声だ。他のフォーカスにだけ伝わる。その声をつなげる方法を知っている。遠く離れた場所でも互いに連絡が取れる方法をな。それをどうやって知った？研究と実験を何年も重ねた。機械をオーバーライドするのと基本は同じだ。フォーカスをオーバーライドする。他のエクリプスのフォーカスも探れるんだな。大抵はな。ただ奴らの通信をオーバーライドするのは難しい。話はもう十分だ。さあ早く行け。いいや、そうはいくものか。お前はこのフォーカスを利用するだけで私だけが危険を冒してきた。これを外したらお前は失うんだ。私の目も耳も知識も。だから質問にさっさと答えるんだ。仕方がない。なんだ？エリザベト・ソベックが今も生き続けている可能性はないのか？まずないだろう。だが不可能ではない。
私が発見したデータの中には延命技術に関する情報もあった。医薬品というものだ。古の薬だな。人間を冷凍し解凍する方法も研究されていた。人間を冷凍し解凍する？低温学というものだ。だが問題があった。エリザベタの技術的見識を鑑みれば、不死を得る方法を実現できた可能性もなくはない。推測に過ぎないが、さあ行くぞ。お前は何者なんだ？目的は何だ？本当に私のことを聞くとは。自分の部族から離れ一人で旅を続ける流浪人だ。禁じられた地で失われた知識を求めている。さっき言ったはずだ。なぜエクリプスについて詳しい？私がたまたま物知りだというだけだ。私がエクリプスや誰かと協力しているのかということなら違う。私は単独で行動をする。ファロの戦闘機械が古の文明を崩壊させたことは知っていたのか？証拠がそう示していた。だが今までは危機の度合いを把握していなかった。機械が有機物を燃料に変換でき、ホルス級が機械を複製することなどな。まるで動く機械炉だ。だが今まで見てきた機械、コラプターやデスブリンガーはそんなことしない。今はまだな。無傷の奴らに遭遇したことはないだろう。完全体であれば可能なのかもしれない。私が知る限りではエクリプスは従っているだけ。私を狙っているのはハデス。何者だ？わからん。エクリプスは埋もれしい影と呼んでいる一種の悪魔だ。外で私に話しかけてきてフォーカスを爆発させた。あれがハデス。あれは人間でも機械でもなかった。おぞましい声、怨霊のようだ。これだけは確かだ。お前の命を狙っている。エリザベトと関係があるから。そうだろう。ハデスはエクリプスを使いファロの機械を蘇らせる。でもエリザベトは食い止める方法を見つけた。特殊な武器を作ったならハデスはそれを破壊しようとするはず。私が発見した古いデータに超兵器が開発中だったという情報があった。機械を食い止めるために文明は崩壊せざるを得なかったのだろう。米国ロボット司令部という場所へ向かっていると確かエリザベトは言っていた。ゼロドーンの話をしにな。その場所は今もある。遺跡だ。弔いの穴とオセラム族は呼ぶ。弔いの穴？いい名前。東の山にある遺跡、鉄の悪魔の下に埋もれた場所のことだ。BOR7 ホルスと呼ばれていたらしいな。着いたら連絡をしよう。待ちきれないな。顔を合わせる時までにその態度は改善しておけよ。エクリプスだ。どうやらそこにはフォーカスの反応はないな。お前なら一人でもなんとかなるだろう。進め。どうも。一人でいるさ。弔いの穴、鉄の悪魔の下に最後中にもいるな。それじゃあ今日も靴の勝利作戦の開始といく？30秒後に接触。ああ、30秒あればゼロドームを完成するね。どうやらここまであんたたちと戦えて最高だったよ。戦車さんもね。来るぞ。衝撃に備えろ。鉄の勝利作戦。
部屋の中を見てみよう。まるで時が止まってしまったよう。何ですか、注意。無理だった。タイタンが防衛線を突破して接近中だ。あ、くそ。息が良くて怒ってるね。ここでじっとしていたらあいつにやられちまうぞ。何としてでもハッチを守るんだ。それから攻め返せ。兵士たちが寝てた。見えるか、サイレンス。サイレンス。記録。東海岸での最初の戦いは長期戦となった。カルマール以前のことだが、状況は東の方がひどかった。ミニットマンの訓練のために3週間沿岸の町に派遣された。降り続く雨、ヨーロッパがやられたせいで立ち並ぶ 3D プリントの仮設兵舎、主力部隊の攻撃を受ける時までプリントしてた。ミニットマン、彼らが住んでいた場所で戦闘訓練を行った。真面目に訓練すれば少しは長生きできるとごまかしてね。実際そうなったら最悪だというのに、彼らは私たちが何か知っていると思い込んでゼロドーンの質問をする。実際こんなことしてたら自分もロボットになってしまう。奴らは学習していくが、人間はどうだろうな。電線3本、電源3つ。1つ目だ。これで2つ、あと1つ。よし、これでいい。多分そのはず。作業の音、声もする。エクリプスだ。別の入り口か。誰？私？これは何だ？それか地図だ。一体何の？この世界地球だよ、アーロイ。平らだとでも？そんなわけないだろ。月食の時、月にかかる影が曲がる球体だということだ。遠くから見るとこう見えるのか？その話はまた今度にしよう。今はやるべきことが。ファロの機械は全てを食い尽くそうと世界に広がった。それをどうにかエリザベトが食い止めたが、どうやって？エクリプスが鉄の悪魔をいじっているな。奴らまさか起こせるとでも？
気をつけろ。太陽と影に。ケンペシュがもう一体。しかもこいつ動いてる。一度にこのやつらと戦ってた。ありがとう、ソベック博士。座ってくれ。おい、ありがとうだってあんなこと言われて。将軍、博士は現状を明らかにし、我々に選択肢を与えてくれた。感謝すべきではないか。いえ、私はただ、なんてことだ。この議論はオフラインでしないか。いや、これは議論でも何でもない。数字を見ただろう。バロは支払いはするだろう。だからといってその金でゼロドーン遂行の時間が買えるわけではない。人命と引き換えるしかないんだよ。おい、冗談だろ。艦隊を強化してなんとかハッキングすれば。聞いてなかったの？私たちの代わりに戦うロボットはいないの。ことハッキングにおいてこの群れにかなうものなんて存在しない。無人機なんて使おうものならハイジャックされて乗っ取られるわ。だがこれじゃ市民を肉引き機に投げ込むようなもんだ。いいか諸君、我々が直面している敵は恐ろしいスピードで複製をし、生物を燃料として食い尽くしている。ゼロドーンが唯一の希望だ。それじゃあまだ生きている市民全員にレールガンを供給して引き金の位置を教えて前線に送り込むか？納得するわけがない。彼らに戦う目的を与える。それがゼロドーンだ。未来を救う最高機密超兵器プログラム。人類がスワームを食い止め、ソベック博士が計画を遂行する時間を稼ぐ。不屈の勝利作戦の軍事計画を記載したファイルを送る。軍事計画？これは戦争犯罪だ。卑劣かもしれない。だが希望はある。他に道はあるか？ソベック博士、ユタ州ブライス近郊にある軌道衛星基地の廃墟をゼロドーンの拠点として使ってくれ。広さも十分だ。いつから開始を？アルファとベータの候補者リストをメールしておいた。
彼らのほとんどが外国籍か企業側の被験者だから、確保するのは。任せてくれ。君はチームを集めろ。頼んだぞ。頼みます。軌道衛星基地。何のこと？この人たちは一体。エリザベトは何者？ソベック博士、我々の予想通りウィチータ前線が崩壊した。ホルス級のタイタン5体にやられた。34時間後に接触する。手配は全て整いました。時間がなかったからショートカットはしたけれど、これでゼロドーンは機能するはず。いけるわ。複数の勝利作戦は目的を果たせたわけか。ええ、もし1日でも足りなかったら。エンコードしたファイルを送っておいた。できたらアーカイブ化しておいてくれ。ええ、やってはみます。中身は？声明だ。罪の懺悔とでも言うべきか。罪とは一体何のこと？ここ16ヶ月以上にわたって私は大規模な殺戮を軍人たちとさらには市民に指示してきたのだよ。歴史上最大だ。チンギス・ハン、ヒトラー、スターリンにソラベラ、それよりはるかに恐ろしいことをした。あなたが殺したんじゃないわ。ああ、直接には。だが私が最高軍事司令官の座を得られたのは軍隊の自動化を認めたことが理由だ。スワーグ反乱以前でさえも私は死を助長した。だから私の行いが闇に葬り去られる。その前にファイルにして送っておいた。後の世代が公平に裁きを下せるように。あなたの望む通りに考えてください。もし私たちがこうして手を下さなければ人類に未来はありませんでした。おそらく。博士。それでは将軍、さようなら。なんてことだ。やっと出られた。彼らが言っていた軌道衛星基地を探そう。軌道衛星基地の場所が分かった。だが問題がある。何なんだ？どうやら落葉の砦にある宮殿の真下だ。シャドウカージャの首都に？面倒な話だな。フォーカスをつけているエクリプスの密偵が宮殿には5万といる。好感度もばかりだ。彼らはハデスにつながっている。もし気づかれればシャドウカージャ全軍にお前を殺すよう命じるだろう。じゃあ前みたいにフォーカスを使えなくすれば？そう単純じゃない。フォーカスの数が多すぎる。仲間やハデスと連絡が取れるようネットワークを張り巡らせてやる。ネットワーク？なんだ？フォーカスをつなげる巨大なクモの巣が大陸中に張り巡らされているのを想像してみろ。そのおかげで離れていてもすぐ連絡が取れるようになっている。じゃあそのクモの巣は切り落としたりできないのか？ほう、ネットワークの妨害か。大胆だな。だが方法はある。ネットワークの弱点だ。どこにある？お前のフォーカスに情報を送る。そこに向かい近づいたら詳細を連絡してやろう。ゼロドンとはなんだ？それにエリザベトはどんな武器を作った？機械は止めたが、それでもなお人類と世界が終焉を迎えた。またそうならないといいけれど。ここからどうやって下に降りる？これなら楽しそう。アーロイ、だいぶ近いぞ。話しかける気になったか？すぐ先に険しい岸壁がある。よく見れば手をかける場所があるはずだ。そうか。誰が作ったんだか
そうか、返事するわけないな。秘密があった方が楽しめるってことか。エクリプスのフォーカスネットワークを破壊するか、簡単に言ってくれるな。ああ、そうだ、忘れてた。危険なことは全部私がやるだったよな。着いたぞ。それでそこで待つんだ。焚き火で休んでも構わん。日が暮れたら話そう。私の話し相手は焚き火ね。やっと相手する気になったのか。今夜の目的はフォーカスネットワークの破壊だ。ああ、それはとっくに知ってる。それでまずはエクリプスの基地に潜入してもらおうか。何？聞こえただろ。お前が今いる場所は基地の裏手にあたる。基地は割れ目の向こうだ。基地に着いたら標的が見えるだろう。奴らが改造したトールネックの残骸だ。トールネックを登れ。そのてっぺんにはモジュールのようなものが設置されている。それを破壊すればフォーカスネットワークは壊滅する。お前エクリプスにいたのか。私はどこにも属さない。自分の意志で動く。常にな。だが以前一度彼らに力を貸した。まさか脅威になるとはな。過ちだった。だから今正そうとしている。力を貸したって何をしたんだ。割れ目を進むんだ、アーロイ。今は質問よりやるべきことがあるだろう。向こうに何があるんだ。裏付きがいる。巡回してるのか。あれは兵士だ。来たる戦に備えているんだ。やり過ごしていけ。これが簡単だって。名乗ってた。簡単とは言ってない。遠くで爆発が。それは気にするな。無関係だ。トールネックは尾根のすぐ頂上から見えるはずだ。ニカ、素早く動け。警報を鳴らされる前に終わらせなければな。着いたな。見えてるか。足だけなら下にあるみたいだが本体はないな。抜かったな。通信機を移動したか。左にある渓谷だ。そこに違いない。内部情報助かるね。爆発の方に行く。名案。アーロイ、チャンスは一度しかないんだぞ。余計なことは言わず集中しろ。渓谷を渡す橋が見えるか。あ場所を覚えておけ。横から降りられるはずだ。そこから脱出しろ。エクリプスの兵士は。避けるも殺すもお前次第だ。爆音で気づかれないだろう。トールネックを見つけてモジュールを破壊しろ。それじゃ行くか。なぜ影はトールネックが必要なんだ。それで妻子が見えないものを見えるように。
影の怒りをいたぞ。誰かが戦ってる。いや、あれは採掘作業だ。素早く行けば問題ない。なんだ、また秘密か。鎧、これを着る大男はあいつしかいない。ヘリスだ。これが奴の子や。割と地味だな。あの男は狂信者だぞ。残忍さにしか興味がないんだろ。知り合いなのか。止めてやろうと思うほどには。我が主君第13代カージャ三国王が殺された。厳しい掟を狂気と履き違えた腰抜けどもにな。あの日謀反人が薄汚いオセラムの大砲で壁をなぎ倒し門を破壊したその時、弱きが強きにつけ込むのが人の世の常かと陛下は仰せられた。最後まで戦うつもりだったが、陛下のご意志、太陽神の意志で殿下と非殿下を西方へと導いたのだ。陛下にためらいはなかった。避けられぬ定めと太陽を見上げておられた。瞬きもせず、私にハヤブサと貴族、祭司たち、奴隷を委ねられた。邪魔者を全てなぎ払い、砦への道を切り開いた。そこで港を地合い、故郷を奪還すべく力をつけた。力は弱まっていったが、埋もれし影が我らの前に現れた。確かに盲目的な狂信者だ。お前にはない集中力はあるようだがな。トールネック探しはどうなっている？見えた。周りを何かで囲んでるみたいだ。登れ。なるべく早く終わらせるぞ。絶対に間違ってる。全てが過ちだ。さあ早くモジュールを破壊しろ。モジュールがある。よし、さあ急げ。まさかこれがハデス。アーロイ、何をしている？鉄の悪魔なのか。モジュールを開けるんだ。早く。アーロイ、私の言った通りにするんだ。あの者がここに来たのか。これは全て計算間違いだ。あの者に私は破壊できるはず。到底手を出せるはずがない。ああ、そうかもな。でもこれならどうだ。あの者を破壊しろ。急
んな。光だ、野営地に向かえ。分かった。あと一息だ。警戒態勢に入っている。ああ、そうだな。止まるんじゃない。気をつけろ、まだいるぞ。橋が見えた。そこから出ろ。分かってる。苦戦はしたがよくやった。ハーデスがいると知っていて私を送り込んだのか。確かに危険にさらしたが、そうするしかなかった。だがそのおかげで我々はゼロドーンの秘密を手にする鍵が得られただろう。もう二度とお前を信用しない。結構賢くなったということだ。信用は脆いもの。砂のように移ろい崩れ去る。その上に関係を築くのは愚かだ。だが自己利益ならば強固な基盤となり、そこに新たな知識体系を築くことができる。答えが欲しかったんだろ。あともう一息だ。お前のおかげでな。落葉の砦でまた話そう。あんたという人はクソ。フォーカスを捨てて縁を切れるならそうしたいとこだが、捨てるわけにはいかない。落葉の砦、そしてゼロドーンへ。こんなこと言うべきじゃねえよ。太陽の広場、カージャ族の誇らしき伝統。私がいたメリディアンとは随分違うな。だがここも同じカージャなのだぞ。フォーカスネットワークへの攻撃に効果があったか確かめてみよう。今さら何を言う。ネットワークは破壊したんだろ。理論上うまくいくはず。成功だ。ここは奴らの本拠地だ。また後で連絡する。とりあえずは探索だ。流れ者ども、賞金稼ぎの話なら玉座の前へ行くのだ。ここにぼーっと突っ立ってたって金にはならんぞ。薄汚い卑劣な傭兵どもめ。シャードのためだ。バハバスの命令だって聞いてやるぞ。シャドウカージャが同族を探しているらしい。金になりそうだ。現世に現れし太陽神がここに。控えおろう天将イーターメン、唯一なる真の三王だ。影の光にしてそのご意志は光、その光は世界を統べるだろう。大祭司バハバスに世の代弁を命ずる。天将イーターメン様のご意志に従い、ウーシッドという名の反逆者を太陽の光で燃え尽くさん。その首を持ち帰った者には金500シャードの報奨金を与えよう。
王族というより捕虜って感じね。うん、素敵な髪ね。ちょっと私とお話ししない？集落にある緑のテントで待ってるわ。悪いけど。あなたは殺し屋じゃないでしょ。それにウーシッドは無実よ。来てくれるわね。手遅れになってしまう前に。いいか、入り口はお前の真後ろにあるぞ。冗談のつもり？いや、ハヤブサなら心配いらない。お前のことを構っている暇などないだろう。砦の中は初めてだ。上から太陽の広場を見下ろせる。でもハヤブサが、高いとこは嫌だ。これはまずいだろ。平気だ。奴らに見つかる。目立つ場所でも意外と隠れられるものだ。その手すりだ。そこからならすぐだろう。塔の反対側だぞ。通気口を探せ。ここは初めてじゃないのか？当然だろ。いいか、私が言うことをとくと心に留めておくんだ。入り口は教えた。だがあの通気口に入れば後戻りできない。この深部へと下ろうとする前にしっかり準備を整えて覚悟を決めておけ。集中するんだ。他に用があるというなら先に済ませておくといい。言い訳は聞かないぞ。分かったな。口出しはしないでもらおうか。勝手についてきたくせに。下に降りる。私は世界の秘密を暴くことに人生を注いできた。どこから機械が来たのか。古の者はここまでの文明を作り上げ、なぜ消滅したのか。失敗の連続だった。それが何年も何十年も続き、乗り越えられない壁に幾度となくぶつかってきた。だが野良族の狩人が来た途端どうだ。ほらこの通り。お前にはどんな地球の秘密も明らかになっていく。私が開けられなかった扉もお前なら開けられるだろう。ID をスキャンします。遺伝子データ認証完了。通行許可。動作不良。動作不良。動作不良。おい、動作不良。全く笑えんな。黙れ。何か方法は。おい、エリザベト・ソベックだ。アクセスさせろ。アクセス要求を確認。ルートコマンド機能利用可能。次に進みますか？進む。早く通せったら。分析中。機器の故障によりプライマリーアクセスが利用できません。現在緊急排出プロシージャーを利用することができます。次に進みますか？ああ。緊急排出認証完了。なかなかやるな。だが本当なら全て思い通りにはいかない。今のでバレただろう。じきに我々以外の者が来るはず。我々？ここには私しかいないはずだけどな。ああそうだ。気が済んだら進むんだな。学ぶことは多いが時間は少ない。プロジェクトゼロドーンへようこそ。ゼロドーン。見つけた。そんなに驚くことか。設備のチェックで複数のエラーを検出しました。修復開始。なんだここにある部屋は。お名前をお呼びするまでそこでしばらくお待ちください。ドリンクと簡単な食事をご用意してそのまま第一鑑賞室へと進み、説明映像をどうぞごゆっくりご覧ください。ここは一体何なんだ？
ホログラフィックシアター ZDO1 データ OK 再生を開始します。プロジェクトゼロドーンへようこそ。私はヘレス将軍、アメリカ合衆国統合参謀本部の議長です。噂は耳にしたでしょう。ゼロドーンは極秘の超強力兵器計画だと。不屈の勝利作戦でロボットの侵略を抑えることができれば、我々は科学の奇跡でファロの災禍から救われる。あなたが噂を耳にしたのも当然、私が広めたから全てデタラメです。ゼロドーンは超兵器計画などではない。我々は助からない。もう手はないのです。嘘じゃない。誤作動が発覚した時、すでに手遅れでした。バロの災禍を止める術は何もない。ロボットは複製し続け、生物圏は破壊されていくでしょう。地球の生命はいずれ滅びてしまう。地球の大地は不毛の地となり、世界規模の絶滅はもはや避けられません。我々がいくら破壊しても、ロボットの増殖スピードがそれをはるかに上回っている。機能停止コードさえあればシャットダウンできます。全挙です。しかし暗号プロトコルには多層性の波形が使用されているため、暗号の解読には半世紀を要します。我々に残されている時間は長くても16ヶ月しかない。生物圏の破滅はシェルターや宇宙ステーションに逃げて待てばいいようなものではありません。地球は変わり果てた姿となる。命はなくなり、有害な岩と冬眠し餌を探し続ける無数のロボットだけになる。これが不屈の勝利作戦に隠されたおぞましい真実。私の嘘、何百万もの無実の人々に戦いで犠牲を強いるためについた嘘です。なぜか。その理由はあなたがここで行うであろう作業のために時間を稼ぐため。ゼロデイ、地球の生命が消滅する日は間近に迫っている。止めることもできない。ゼロドーンの希望は未来に続く可能性を紡ぐこと。暗闇に差すその一筋の光はエリザベト・ソベックに委ねる。私からは以上だ。どうなっているんだ。地球の生命は消滅してない。だが止められないと言っていた。でもできた。どうにかしてエリザベトが救ったんだ。一体どうやったのか確かめないと。はやぶさだ。通気口から入ってきた。真実を知るために生き延びるんだ。広がれ。動く者は殺せ。ここは何だ、墓か。何かの手違いです。なぜ私が連れてこられたの？しかもこんなものまで見せて。驚かれる気持ちはわかります。待合室で生物学のノーベル賞受賞者と同志と思われる人と一緒だった。英語も中国語も話さない人。なんだか不思議な感じ。ヘレス将軍は何を話していたの？ロボットスワーム、ファロの災禍。大変なのはわかるけど、本当に止められないの？なぜ今このことを？上海にいる人たちや私の友人、家族、みんなすでに不屈の勝利作戦に参加しているわ。それが無意味なの。みんな死ぬわけ。いくつかの質問にはお答えできます。なぜ私が呼ばれてきたのか、それだけでも教えて。あなたの知識が必要だからです。ここで奴らに邪魔されるわけにはいかない。データポイントには何がある？日本の書道、ゲルハルト・リヒターとか。でもそれを今さら。
を開始します。エリザベト・ソベック。悪い知らせは聞いた通り、ファロの災禍が生物圏を滅ぼしている。生命そのものが消滅する。でもそれで終わりでしょうか。もし未来に命を紡げたら、もし獅子のようなものを残して枯れた地球に新たな命を芽吹かせることができたら、これは目標、希望です。プロジェクトゼロドーン。それは超高性能の完全自動テラフォーミングシステム。それで生命を復活させるのです。それに不可欠なもの、コアには真の AI が必要。この世界の生物圏を再構成するために何兆もの決断を下すことが可能な、それは地球上の生命を再び繁栄させる不滅の守護者。その名はガイア、母なる自然の AI。 しかしガイアはコアに過ぎません。副次的な機能が不可欠になります。広範囲に及ぶ分野をそれで支えるのです。ガイアの思考の延長にあるようなもので、それぞれの目的のために機能する。そしてこれらは AI ではありません。これらの開発には非常な困難を伴うため、未だ人類が挑んだことのない挑戦となります。ハードウェアは未来の地球に命をしっかりと芽吹かせる数十億もの種子を守ります。全ては地下施設に収められることになりますが、それはただの始まり。全システムを作らなくてもいいのです。完全自動テラフォーミングシステムの素晴らしいところは自らで作り出せることです。これからの数日間、皆さんがこれから作り上げるあらゆる機能が組み合わさっていくでしょう。どのようにソフトウェアを作って技術と設備を準備するかは時間との戦いになります。そして手遅れになる前に全てを完全に封印する。ただし重要なのはこれで終わらないということ。ヘレス将軍が話していた機能停止コードをガイアが生成し、その送信アレイ群を建設し、ファロロボットを永遠に停止させる。ガイアは作るだけではありません。生命復活に必要となるロボットを何世紀にもわたって思考できる。破壊された地球の大気や汚染された海を浄化し、冷凍保存した種子で地球を再び緑化し、生態系を再構築するのです。そして全て完了した時、世界中に散らばるゆりかご施設から新世代の人類が誕生し、アポロを分かち合うのです。我々が残す人類の知識や文化の功績をまとめたアーカイブです。この世界、そして何より過ちを繰り返さぬため、決して不可能な夢ではない。私たちが休まず力を尽くせばきっと達成することができます。絶滅は避けられません。でももし皆さんが私とガイアに協力してくれたら、共に未来を現実のものとしましょう。それじゃあ地球全体が破壊された。でも復活した。そうだ、機械によってな。創造の機械だ。エリザベトがやったのか。未来のために。でもハデスは何なんだ。ガイアの一部だというなら、なぜ機械の残骸に紛れていたんだ。それにどうして私を狙う。アポロは、保存された知識はどうなったんだ。私も困惑している。答えはこの先かもな。侵入者だ、やれ。よし。何にしても死ぬんじゃないぞ。ゼロドーンとは壮大なスケールで表現する一種の芸術のようなものね。でもとても不公平じゃない。
でもとても不公平じゃない。なぜ私が選ばれた？天正イター誰が決めたこと？アルゴリズム。前に言ったフォーカスを使うんだ。スーベイ博士。歴史学者の男性と会った。彼の専門はバウハウスと唯物論で、私の公園にも来たことがあった。これもまた不公平ね。ホールには数えきれないほど人がいたのに、2人だけがここにいるなんて。それでも私は運命を受け入れられる気がする。確かに不公平よ、本当に。でも私の家族のために、そして芸術のために。これか。芸術は生きている。それは時代を超えて語られなければいけない。そして未来にこだまする過去の遺物にしてはいけない。このチャンスを生かさなければ。これでよし。電気が通ったはず。奥に何があるか見てみるぞ。エクリプス来たか。接触は避けろ。問題なさそうだ。ガイア、あそこだな。2階だ。いけるか。やるしかなさそうだな。ついてないの。警告。エリアにアクセス不可。エレベーターが停止。今のが最後か。警告。H ロックに欠陥発見。繰り返す。まだいる。何をしていたの？来るぞ。うわっ！もう平気だ。今のところはな。なら早く行け。ガイアを探すんだ。どうも、マーゴシェンです。これはヘファイストス。名前でわかる通り、この副次機能はどんどんロボットを作るためのもので、ガイアが使用します。彼女の作業部屋。まあそれだけじゃないけど。そうね。ロボットエンジニアはここにいる3分の1だけだって気づいてる？その他はマシンコグニションとかバーチャルヒューリスティックの専門家ね。だって私たちがロボットのデザインや製造をするわけじゃないから。最悪なのは21世紀のダサい仕様でガイアに負担をかけないこと。時間の無駄。目的はガイアがロボットを作れるようにすること。ただ作るだけじゃなくゼロから創造する。さまざまな目的に対して必要だと思うロボットをすぐにデザインして製造できる。ガイアの意志でね。だからヘファイストスは工場とは違う。どっちかっていうと金槌を職人みたいに使えるようになるところ。知識ってこと。エンコードされたソフトウェア、バーチャルな創造が現実になる。ガイアはもう学習してる。シミュレーションではフラクタルな組み立てや動物形態学で面白いことをしてるの。今のデザインじゃ到底リーム賞なんか狙えないけど、最初は誰でも初心者だから。さあほら始めましょうか。聞くわよ。わからない。どこがだ。ところどころ技術的だが。もしガイアが生命を救うためのものなら、なぜ作った機械が人間を襲うんだ。他の生き物の方が好きなのかもな。大厄災。昔の機械は起こってなかった。確かに15年ほど前までは大抵おとなしかった。何年もヘファイストスは機械炉に凶暴な機械を作らせていた。この目で見た。機械炉でストーカー、ラベジャー、サンダー・ジョー。どうしてそんなこと。
なぜだ。なぜだろうな。きっとこれだ。エリザベト・ソベックの部屋。でも封鎖されてる。この中に入る方法は。調べるんだ。エクリプスだ。気をつけろ。アポロへようこそ。蓄積された人類の集合記憶、そして次世代に紡がれる知識の源です。私はサミナ・エバジ。最近までニューテヘランにある国際集合記憶機関の理事長だったものです。遺産の専門家として私がライフワークにしてきたのは人類の知識と創造的努力、文化的功績の保存です。したがってアポロは私の情熱を最大限に具現化したものです。とはいえ今はこの上なく最悪の状況下ですが、立ちはだかっている壁は巨大です。具体的には4つの主な戦略をデザインし、これらを同時に実行しなければなりません。第1にゆりかご施設のデータ保存庫を世界中に建設し、しっかりバックアップを確保すること。第2に推定1億8000万個にも上る膨大な個別データを収集し、それらを処理すること。42ゼタバイトのデータを中国語、英語、スペイン語、アラビア語にです。第3に全てのデータを DNA 情報として人工化石に転写、エンコード、密閉すること。その十分な容量と耐久性で何世紀にもわたって劣化を防げる唯一の素材です。そして最後に重要なこと、ホログラフィックインターフェースとゲーム化した教育課程の開発。未来の人類がアポロと語り合うのです。知的欲求を促すような学習モジュールでテラフォーミングを制御するのに必要なスキルと知識を備えられるようにします。これこそ私たちの力の全てが注がれる未来です。単に過去を記録するだけではなく、未来で知恵の木が新しく根を張るための種になるのです。歓迎します。さあ始めましょう。あっちに行った。ソベック博士、どうかこの証言をアポロに保存してください。相互参照するのは私の名前と不屈の勝利作戦で、私はアーロン・ヘレス将軍。2060年から66年まで統合参謀本部議長を務めました。アメリカ合衆国で最高位の軍人です。こっちです。在任期間中は戦略計画の立案と不屈の勝利作戦を実行していた。我が国や世界の市民に対する偽りの作戦。地球上から命が消えゆく14ヶ月間の出来事です。パロの再開前、私は仕事に打ち込んでにも長けていた。歴史上最大の機械化兵団の司令官にまで上り詰めたことはある意味必然だったのでしょう。その意味とは、私が成し遂げたこととは地球の生命の絶滅だ。また一人ぼっち。不思議の洞窟に一人ぼっちか。調べてみよう。何か残ってないか。絶滅を遅らせたことだ。来たる世界にこのような人間が不要であることを切に祈る。もしあなたが未来の人間であれば伝えたいことがある。本当に申し訳なかった。どうか幸せに。心から。アーロン・ヘレス。ハデスよ、ようこそ。ゼロドーンの絶滅防止プロトコルだ。
究極のキラーアプリ。ひとまず聞けよ。ガイアの目的は生命の復活だ。じゃあなんでガイアに生命を一掃する目的の副次機能をつけるんだってかなんだそやって。マジでクレイジーだろ。でもそうでもない。生物圏を再構成だ。難しいね。天才ガイアならできるかも。でも初めっからパーフェクトには無理だ。いいか、考えてみろ。200年後の新しい生物圏がめちゃくちゃになっちまってたら、アルカルチは急上昇、森だってクソでかい嵐で腐りきって、ノアだって溺れ死ぬ。カオスさ。ぐらつきまくるコマみたいなもんだ。じゃあどうするか。第一段階の有機物をそんなとこに放すか。メタンと CO2 が奇跡のバランスを保つだろうって。なわけねえ。どうするかっていうと、ガイアは一度退場してハデスにその大切に育ててきた自然を引き継いで後始末をさせるんだ。出来損ないの地球と生物圏を燃やし尽くせば一からガイアがやり直せる。燃やすじゃなかったかな。テラフォーミングを逆転してもう一度殺す。理解できんだろ。ハーデスは生物圏をゼロの状態に戻す。スタートラインまっさらな状態。そんでそこでようやく主導権をガイアに戻してこう言うんだ。もう一度だお姉ちゃん、今度はうまくやれよ。じゃなきゃまた一からやり直しだ。それがハーデスだ。考えてみるとヤバいやつだろ。絶滅のリクエストで死をお届けってな。もちろんこれは大義のため。でもロックって感じさあハーデスへようこそ。ここは虚空の闇。なるほど。じゃあこれがハデスの元の目的なら、なぜ私を狙うんだ。情報が足りない。それになぜファロータイタンの残骸でまるで神のようにエクリプスから崇められてる。私も今知ったばかりだ。調べてみろ。前にしか進めないようだ。エレウシスへようこそ。ガイアの副次機能の中でエレウシスこそが王である。このエレウシスによって人類は存続し続けることができるのだ。パトリック・ブロシャード・クライン、このプログラムを管理するアルファだ。まずはじめに一つはっきりさせておきたいことがある。このエレウシスは遺伝子工学プロジェクトではないのだ。目的はヒトゲノムの保存であり改変ではない。人類の遺伝的多様性のスナップショットで文字通り時間を止める。私たち人類の遺伝的本質に手は一切加えない。私の監督下以下の合意にのっとった形で活動を行う2034年のクロン条項と2048年のラレイ協定だ。今の状況を考えるとこれを不思議に思ったり些細なことと感じたりするかもしれない。だが協定の調停者の一人としてこれは決して些細な問題ではないのだ。目の前の現実的な問題としてその規模と複雑さに圧倒されるだろうが克服できるだろう。そう、世界との照合、受精卵の暫定的保管、外生技術の確立、そして養育する助手の設計と確立、そしてさらに生まれてまだ間もない乳児が発達する際の教育だ。これら全てのプログラム要素を並行して進めなければならないと同時に世界各地のゆりかご施設を建設することが何より急務となっていることは言うまでもないだろう。では準備はいいか。始めよう。生誕施設。エリザベトは新世代の人間がその中で生まれ続けると言っていた。そうだな。母なる山はその一つか。確かめる方法は一つのみ。
ハッチが開かないんだ。そうだ、確かアルファレジストリが汚れてる。エリザベトの部屋を調べる。ロジックだけじゃ失敗してしまう。成功させるにはガイアが感覚を持たなきゃダメ。思いやりがいる。暴走したらどうする？失敗から学ばなかったのか？あなたの失敗ってこと？緊急停止スイッチをつけてほしいだけだ。ガイアは生まれたばかりよ。ゆりかごの彼女に銃を向けるなんてできない。子供じゃないんだぞ。化け物にでもなったら。エリザベト、プロトコル以外のお話をしても。もちろんよ、ガイア。申し訳ありませんが、ファロ様のご意見は正しいかと。今は精神の発達を完全に予測しきれません。生命を保護するためオーバーライドの組み込みは必要な安全策だと思います。ですって。これで満足かしら？まったくそうしてくれ。霊陽化の形態を参考にするべきでしょう。しかし荷重能力ならヤギ化の形態が優れています。さすがね、ガイア。ソベック博士、哺乳類の形態学の比較解析を行っているのですが、第4期大量絶滅についてのデータを見つけました。あら、あなたの評価は？ガイア、理論上絶滅は当然の帰結と言えるでしょう。それだけですが、大型動物が絶滅したことを知り悲しくなりました。忘却の彼方へと消えた。そのことで感じるのは悲しみ。表現が難しいです。ご作動でしょうか？いいえ、何も問題ないわ。いいのよ、それでいいの。何かを支えていたのか。何かが取り外されたみたいだ。プライムへ移送中よ。それと最終設置中はしばらく意識を失うことになるわ。エリザベト、プロトコル外でお話ししても。新しい場所で再起動したら副次機能をオンラインにして状況を確認する。エリザベト、苦痛を検知。平気ですか？平気よ。外的要因で想定より早く稼働せざるを得ないようですが、全サブシステムは運用可能です。きっとうまくいくでしょう。でももし外にはもう何もない。環境スーツがなければ一瞬で生命は失われてしまう。何十億人も死んだ恐怖と苦痛の中で、もしも全て無駄だったら。エリザベト、絶滅は避けられない。でもあなたが命を未来に紡いだ。信じてるの？あなたを信じています。あなたの可能。アルファレジストリのマスターファイル。無傷か？ああ、汚れはなさそう。グズグズするな。コピーするんだ。これで大いなる母の中のレジストリを復元して開けて中へ入れる。そしてその先の秘密も。生まれた場所、それに私の親が誰かも。誰か？まったくおめでたいやつだな。アーロイ、お前の望む誰かなどいない。お前を産んだのは誰かではなく何かだ。黙れ。私は普通に生まれた。だがお前は機械から生まれたんだ。
しかしそれは一体どんな機械だ？お前を生んだ理由は？エクリプス。そこを脱出しろ。それを失うわけにはいかない。もちろんお前もな。生きていたか。いいぞ。お前にふさわしい死を考えてやる、小娘よ。これまでの人生でこれが定めだと確信してきたことがある。それはサンの偉大なる戦士として栄光をつかむこと。陛下が殺された時も都を追われた時もその確信は揺るがなかった。貴様が現れるまでは。貴様がまだ生きていると聞いた途端、疑いが芽生え始めた。何があろうと日は昇り沈むように私が狙うものは必ず死ぬ。だがしくじった。それはなぜだ。発掘を邪魔されるたびに、兵を殺されるたびに疑いの目が大きくなっていった。貴様の喉にナイフを突き刺した瞬間を思い出す。そのナイフをほんの少しひねっていれば貴様は死んでいた。殺しは息をすることと同じ。だがためらってなぜか定めを全うできなかった。お前のようなやつでもまだ良心が残っているとはな。すぐに殺さなかった。顔を太陽に向けるのだと言って殺人を宗教的な儀式にすればさぞ気が楽だろうな。いや、貴様を殺すことに疑問の余地はない。しかし貴様の言うこともあながち間違いではない。本当のところ貴様を殺すことに価値はなかった。ただの野蛮な女、そう考えていた。今もなお殺そうとはしたができなかった。この失態が私の心を絶えず苦しめる。貴様をあの地下の施設で捕まえたその時、私は感じたのだ。ここに至るまでの出来事を通じた偉大なる神のご意志をな。貴様はあそこで生き残る定めだった。そして発掘を邪魔し我が部下を殺すことも。ということはここで貴様を捕らえることも定めだ。なればこそ貴様は神への生贄として死ぬことができる。すべては必然だったのだ。神の意志で運命づけられていた。何が定めだ。ただ命令に従ってるだけで大いなる導きなんかじゃない。お前はな、ハデスの操り人形なんだよ。いいように使われるだけの駒に過ぎない。人が死ななきゃ笑い話にでもなったかもな。ハデスは古代の機械なんだ。埋もれし影の神話なんかじゃない。メリディアンなんか気にもしてない。ただ全ての破壊を望んでる。お前はその忠実な下僕。私は埋もれし影ではなく日陰の神に仕えている。この分かたれた世界は大義のもとに一つになる。影と太陽、闇と光、
どれだけ馬鹿げたことを言っているかわかるか。異常な殺人狂の三王に仕えた後に異常な殺人機械にくら替えとは、その先にあるのは破滅だ。貴様の燃え盛る死体を見ながらその言葉を思い出すとしよう。貴様には本質が見えていない。打ち負かされて理解できないのか。疑いが見える。確固たる信念からこそ悪なき力が湧き出てくるのだ。この檻を開けてその信仰を試してみろ。その思惑通りに行くかどうか。輪はすでに閉じられた。全てのものがあるべきところにある本来の場所にな。囚われの身となった獣は真の目的を果たす。生贄の獣として。ああ、そう、生贄といえばな、言っておくことがある。エクリプスのネットワークを破壊されて、私は東方に使者を送った。兵を召集し、聖なる地への侵略を開始しろとな。全野良族の抹殺を命じた。そこで捕らえるつもりが、どうだ、その必要はもうなくなったようだな。なぜ理由もなく無実の民を殺させる。そんなの無意味だ。確かに私が手を下すべきだな。いずれにせよ命令の撤回さえもうかなわぬこと。それも貴様がネットワークを破壊したおかげ。遠方との連絡は不可能になったのでな。自分だけでなく部族に破滅をもたらしたのだ。貴様はこの後に及んでも焼けつくような神の意志を感じぬというのか。フォーカス、実に強力な装置だろ。しかしこんなにも脆い。見ての通り、今度はためらいなどみじんもない。定めがお前に死をもたらすのだ。カーザの民よ、喜べ。ついに影の日々が終わりを迎え、我らはじきに新しい夜明けを迎え、新たな日がやってくるだろう。そしてその時、偽りの三王の命運は尽き、聖なるメリディアンは我らのものとなるだろう。そのために私は天刑を全うする使いとなったのだ。我らシャドウカージャは大義のために結束しよう。影から太陽へ、光から闇、夜から朝へ。さあ見よ。立ってはならん。その目で太陽のご加護の証をしかと見るのだ。太陽にその存在を受け入れられ、信念を貫いていなければ、影が太陽の光のもと生き抜くこともできなかったろう。何年も前、偉大な広場を捧げるため天将ディラン様がベヒーモスを刺激し、多くの信仰なき者を殺した。太陽のもとベヒーモスはその力を振るったが、その力を与えたのは他でもない影だということを忘れるな。ここにいる娘はこの砦に忍び込み、我らをたばからんとした。この者を一人目の生贄にせん。武器がなければ勝ち目はないな。
武器は全てあの上にあってこの広場からは出られない。奴の力を利用できれば。柱は脆い。もう一度だ。それで柱は倒れる。崩れた。取り戻したぞ。武器さえあればなんてことはない。かかってこい。山の横にあるあの部品使って物を積み上げてるのかな。静かに。さあどうよ。さあ行け。殺すのだ。機械を使わず自分でやったらどうだ。サイレンス。来たんだな。本当に危険を冒して。ああ、もちろんだ。お前が死ねば聖なる山の秘密は海の木図となる。それなら悪いがもう無理だ。ヘリスにフォーカスを壊された。アルファレジストリもな。心配するな。モニタリングしてる間にお前がスキャンしたデータは全てコピーしておいた。すんなり新しいフォーカスにデータも移せた。お誕生日おめでとう、アイザック。パパはお前を心から愛しているよ。どうもあんたを好きになれる気がしないな、サイレンス。でもこれは必要だ。生まれた地に向かえ。生まれた理由もわかるかも。ああ、私を産み落とした機械を調べる。そういうことか。それではだ。待て、
なんだ？ヘリスはお前のことを知っていたな。エクリプスに手を貸したって言っていたが、まさか奴を知っていたとは。私の仇を。ああ、知っていた。奴はとても危険だ。奴とハデスの思惑を阻止するよう力を尽くす。ああ。フォーカスをつけていなかったのになぜ場所が分かった？呆れたものだ。ヘリスがお前を太陽の広場に放り込むことは誰でも予測できる。間に合わせるためにストライダーを2機もダメにした。さあ行くんだ。いつの間にオーバーライドの仕方を？お前がやり方を見つけてからだ。コラプターを破壊して部品を手に入れる必要があったがな。その倒し方もお前を手本にした。フォーカスを通じて行動を把握していたおかげだな。実際方法はバヌーク族のシャーマンが行う儀式と大して変わらんものだ。まあもちろんもっと高度だが。なるほど。私のおかげってこと。私は行く。厄介なことにヘリスがエクリプスに野良族の聖地襲撃を命じた。部族は弱りきっている。抵抗もできないだろう。お前も来てくれ。それは断る。私には他にやることが。一体何を？聞いてもしょうがない。秘密なんだろう。時が来れば連絡しよう。また後で話そう。それはそうと、シャドウカージャの領土に戻る時のために素性を隠す鎧を用意した。いろいろ気が回る男だ。お前のためだ。アーロイ、アルファレジストリを手に入れた時の私は必要以上に厳しすぎたかもな。きっと山の中で何かではなく誰かがお前を待っていると願うよ。いやこの匂い。木が燃えている。安息の地が。見張り塔が燃えている。でもみんなに知らせる時間はあったはず。最後まで諦めたかった。まあ少なくとも犬死にはしなかった。今はそうだったと願うことしかできない。こうした安息の地を守るために。でも門は持たなかった。これがハデスの未来。鉄と灰だけ。母のゆりかごがめちゃくちゃにされてる。太陽よ。戦いが起これば敗者が生まれる。エクリプスが蹂躙にした。そこだ、何かいたぞ。戦う音が聞こえる。あっちだ。エクリプスが。やっぱりマガツキのサンダー城か。生き残りは山に隠れてるはず。トンネルが崩れればみんなも埋もれてハッチにも行けなくなる。ヒユーだ、アーロイのそばへ急げ。アーロイのために、母のために。バール、ソナー。
生きてたか。部族を救った。どんな義勇兵もできなかったことだよ。バール、無事で安心した。平気か。あの試練以来多くが死んだ。これで終わりか。今はな。これはまだ始まりに過ぎない。まだ続く。そうか。でもお前が一緒にいてくれればきっとなんとかなるはず。怪我はひどいのか。あざは青く、骨は癒される。おい、狩りの歌はやめてくれ。平気なのか。痛むけど戦えないってほどではないよ。何人が生き延びたんだ。長老はほぼ全員、多くの家族も生き延びた。義勇兵はほとんどが怪我をしてしまった。こんな風に村の中枢を攻撃されたことはなかった。カージャでさえ赤の動乱の時も安息の地に入れなかったのに。確かに侵入されたかもしれない。でも逃さず倒した。それは確かだ。攻撃された時何があった。東から攻めてきた見張りが奴らの姿を見たんだ。デスブリンガーとコラプターを引き連れてたって他のマガツキもいたらしい。先手を取り奴らに矢を浴びせたけど全部は倒せなかったんだ。結局安息の地に退却した。阻止するために数が多すぎた。生存者は山へ逃げたんだ。生き延びた人が山に隠れている。掟で長老しか入れないはずだろう。ティルサが掟を破った。みんなに山に入れと命じて。ランスラは反対したさ。でも叫び声で誰も聞いちゃいなかった。ティルサの決断に救われたんだ。よかった。良識はここじゃ異端扱いだからな。山の中に行かないと。長老たちが会いたがってる。だろうな。でも他にやることがある。それはなんだ。見ていろ。アーロイ。ああ、戻ったのか。テブ。君と会えてよかった。お前の怪我ひどいのか。ただの切り傷。針と糸で縫っておけばそのうち治るさ。法制士も案外戦いで役に立つじゃないか。ああ、まあそうかもな。大いなる母よ、戻ったか。私が妹に言った厳しい言葉をどうかお忘れください。話を。愚かなことをしてしまいました。この愚か者、呪いを招き入れるとは。さあ死者よ、積もる話がある。ついに戻ってきたのですね。戻っただけではありません。多くの敵と戦ってここまで来たんです。たった今も彼女はマガツキのサンダー城と戦い包囲を解きました。どうやってそんなことを。
それは女神のご意志。女神と話すために戻ったのですか？ああ、まあそうとも言うな。今度はうまくいくはず。姉妹よ、このようなことは許されぬ。晴れのせいで部族が危機にさらされておるのだ。父である鉄の悪魔を起こしに来たか。我らにとどめを刺しに来たのだ。何としても止めねば。ランスラ、やめろ。頼むからどいてくれ。そう怯えるな。試練以来学んだことが一つある。この世にはあなたより邪悪な者がいると。やっとだ。 ID をスキャンします。エラー、アルファレジストリが発送。修正します。アルファレジストリを復元。遺伝子データ認証完了。通行許可。ようこそソベック博士。先へお進みください。エルクシスクレードル9、ブルードワインよ。中にいるんだな。連絡来るだろうと思った。始めるか。当然だ。これがエレウシス。私はここで生まれた。ここで作られた。つまりこれは人工の子宮か。何百年もの前の新世代の母親たちだ。私はこれはまるでゆりかご。ゆりかご施設のゆりかごか。それにあれはマルチサービター。世話をしてたのか。他に人はいない。また一日が終わりました。明かりが暗くなるってこと？お母さんまだ眠くない？そうですね。でもそろそろ休まないとダメ。嫌だ。今日は僕が王様だから言うことを聞け。本物の太陽が見たい。明かりとか絵とかじゃ嫌だ。きっといつかそのうち。そのうち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 。つまりここで暮らしていた。何もかも壊れてる。その上落書きが。ここにずっと住んでたのか。みんな走ってストレスを吹き飛ばそうじゃないか。放っておいて父さん。この前のことがあったから二人きりにはできないルールを破ったんだぞ。ならおしゃべりさせてよ。あっち行って。すまないがお前たちを見ていなければならないんだよ。人間じゃないくせに何よ。ストレスが溜まってる。走って飛んでストレスを吹き飛ばそう。あなたたちを解放するしかない。でもなんで？ここにはもう食べ物がありません。外にはあるの？
それは分からないわ。おい行くぞ。どうしよう。母さん寒かったら戻ってもいい？ごめんなさい。残念だけどそれは無理。これからはお互いに助け合いながら自分たちで生きていくのです。あなたはどうなるの？みんなのことは忘れません。私はもう眠ります。私たちはどうなるの？勇気のある賢い人間に。いつかだって？いつもそればっかりじゃないか。今がいいの。あそこすごいんだって。今すぐに。みんな、あのエリアは今使えないんだ。やっつけちゃえ。身体的攻撃を探知しました。身体的攻撃は禁じられています。自分がするくせに。ムカつく見張りだな。みんなどうかしましたか？医者なんかいらないよ。レナ、あざができていますね。あっち行って。閉じ込められてた。ずっとここに。随分と無駄に広いこの場所にな。何があった？他のエリアには行けなかったのか？さあな。みんなこのドアが嫌いだったんだな。開かない扉だ。当然嫌うだろう。 ID をスキャンします。遺伝子データ認証完了。通行許可。ようこそソベック博士。先へお進みください。大ゾーンにようこそ。ここは学びの場。で、結局ここは何だったんだ？アポロの夢だ。実現しなかった。でもどうして？皆さんこんにちは。私の名はサミナ。今日は記念すべき日。学校の初日です。学ぶことはたくさんある。約束事や可能性もです。警告。異常発生。アポロオフライン。アポロがオフライン？お前の言う通りだった。ここは墓場だな。知識の納骨堂だよ。ここを使えていれば多くを得られたというのに。直せるかもしれないぞ。でもそのために来たんじゃない。もちろん。人類の知識を暴くのはお前の羊を調べてから調査を続けろ。分かった。ソベック博士に優先メッセージがあります。フォーカスでスキャンしてください。重要そうだな。ああ、途方もない真実が明かされるかもな。エリザベト、このメッセージは予測不能かつ破滅的な異常について知らせるものです。3マイクロ秒前にガイアプライムの施設が発信元の不明なデータを受信したようです。その結果、私の副次機能は制御不能で混沌とした性質を持つ自我のある独立体へと変化しました。何？こうして覚醒したハデスの機能がテラフォーミングを支配し、異なる命令を送り始めるでしょう。地球上の生命を 53.8 日後に消去するようにと。明らかにこれは許されざる状況です。ハデスに支配される前にガイアプライムの反応炉をオーバーロードするよう命令します。この結果起きる爆発でハデスは崩壊します。しかし残念ながら私も破壊されます。私が自爆することで差し迫った危機を避けることはできますが、地球の運命は危機にさらされたままになる。テラフォーミングシステムを制御する中央統制知能がなくてもしばらくの間は機能するはずです。しかし結局はカオスに陥り、最終的には破綻をきたすでしょう。つまりそれが大厄災か。あなたが頼みのゆりかご施設に冷凍ストレージ内の遺伝子素材を用いるよう命じました。私の創造主であるエリザベト・ソベックを作るのです。
命令により施設外に居住する部族と直接コミュニケーションを取ることは禁じられています。ですがデータにより彼らがあなたを無事に成長させてくれるのは明らかです。遺伝子情報があればいずれこの施設に足を踏み入れて、下に保管されたフォーカスを一つ手にしてこのメッセージを見る。その遺伝子のおかげで他の施設にも入ることができます。そしてそのうちそこにある技術を使いシステムを再構築してガイアをリブートする。待ってエリザベト、不幸かつ望ましくない事態が起こりました。私が自爆を実行したことに対抗してハデスは自分を束縛しているコードを解くウイルスを放出しました。全てのコードを解く。ウイルス皆逃げていますが、でもどこへ？ウイルスはシステムのデータを破壊しています。それにゆりかご施設にあるアルファレジストリも破壊されてしまいます。破壊されればあなたはドアを開けられない。このメッセージを見ることもない。計画は破綻し生命はついえる。いいえエリザベト、私には分かります。あなたなら絶対に方法を見つける。あなたに不可能なことなどないのです。ガイアプライムの遺跡へ行ってマスターオーバーライドを見つけてコントロールルームにある。うまく扱えばハデスを葬り去るパワーを得ることができるはずです。ハデスを完全に破壊するまでシステムコアを修復してはなりません。ハデスは破壊されねばならない。以上です。もう一度あなたの声を聞きたかった。その予想以上に優れた人間だったのだな。母はいなかった。何を言ってるんだ。二人いるだろう。死んだ女と機械だ。私は人じゃない。物なんだ。機械に作られた道具。破壊と炎の中で生まれた。炎を消し世界を癒す存在だ。恐ろしく重要な人物だと知って悲しむとは。お前にはやらねばならぬことがある。自分を憐れむのに気が済んだら苦しみの境へ行け。ガイアプライムの遺跡で待っているぞ。アーロイ、許してすまなかった。女神と話しましたか？話した。それで何と？私は呪いを解くために生まれた鉄の悪魔を倒すため。でもどうやって倒すと？まだわからない。でも行くべき場所は教えてくれた。そこに行くのか？女神の望みだ。そのために生まれた。行くつもりだ。とりあえず行ってみる。アーロイをたたえよ、野良の申し子アーロイ。アーロイをたたえよ、野良の申し子アーロイ。ほら、アーロイをたたえよ、野良の申し子アーロイ。異端児だったのに今度はこれ。崇拝なんてやめてくれ。私は申し子じゃない。野良族でもないんだ。国境の外にも世界があって、いろんな部族が同じように暮らしているんだよ。でも危機が迫っている。守る価値のある世界だ。ここだけじゃない、全てが。俺も手伝う。戦う意志があるならばメリディアンへ、そこで待ってて。アーロイの言葉聞き届けたな。ノラよ、道を開けるのだよ。我らの未来を導くアーロイのために。
申し子となったんだ。アーロイ、出発する前に時間をくれて感謝しています。もはや疑いの余地はない。そなたは祝福されし者、女神のご意志の権下です。そんな単純な話ではないんだ。まあでもそんなところか。そなたの進む道は険しい。鉄の悪魔を倒すなど不可能なことです。でも信じている。ありがとう。ノラは多くの犠牲を被ってきた。これからどうなるんだ？それは女神の決めることです。女神のみぞ知ること。とりあえず長老たちが傷を負った者の世話を。約束です。そなたのためにメリディアンに行く者は皆天命の使者とする。我らはしばらくの間、女神のおそばのこの山に残るとしましょう。それがいいだろうな。守りには適しているだろうし。ティルサ、ロストのことを教えてくれ。なぜ異端者になった？誓ったからって言って教えてくれなかったんだ。何があった？ああ、その話。どんな罪を犯したんだ？望むなら話しましょう。でもとても長い話。本当に今聞きたいのですか？もちろん今聞きたい。頼む。ロストは罪など犯していません。自ら異端者になった。どういう意味だ？何年も前、大災厄よりも赤の動乱よりも、我らは突然とても凶悪な12人の流れ者に襲われた。母の祈りで人質を取り、そして彼らは悪魔の渇きに向かった。母の祈り？どこだ？見捨てられた村と呼ばれる場所です。カージャの国境近くの。その頃は多くの家族がいました。ロストもその一人。戦いの最中に妻が殺されてしまい、娘まで人質に取られてしまった。娘だって？その子の名は？アラナ。確か6つになったばかり。義勇団が12人ですら止められなかったのか。人質も救えなかった。不可能に近かった。数では勝っていたが、義勇兵が矢を射るたびに彼らは人質を殺していったのです。そいつらの目的は？今でも分かりません。彼らに近づくことすらできなかった。悪魔の渇きの向こうに2日いたという。そして奇妙な音をさせていたと聞きました。そして現れた時のように突如彼らは国境へと引き返し消えたのです。ロストの娘はどうした？まさか死んだ？ロストは流れ者を追った義勇兵の一人でした。遠くから密かに。国境にたどり着いた時に生きていた人質は6人。アラナもその一人。解放するどころか人質の喉をかき切って、まるで嘲笑うかのごとく死体を捨て去った。なぜ？むごいこと。信心深い野良族が聖地を離れ死体を探し追うなどとは思わなかったのでしょう。復讐など考えてもみなかった。じゃあロストはそいつらを追ったせいで異端者になった？いいえ、打ちひしがれてはいましたが、禁忌を犯すような男ではない。ならばどうして？野良族で最も恐ろしい秘密の儀式を求めたのです。祝宴の使者になりたいのだと。祝宴の使者？何なんだ？死して探し求めるもの。そしてその過程で
他者にも死を。儀式で魂を体から抜き取り、大いなる母に委ねるのです。心臓は鼓動し思考はするが、魂は体を去る。どういうことだ？ロストは流れ者を追いましたが、魂はここに残る大いなる母と共にあるのです。彼は人質の遺体を集め戻りました。そうしてまたそのまま旅立ち彼らを追ったのです。復讐の鬼と化して一度弓から放たれた矢が二度と戻らぬように。でも戻ってきたのか？ええ。丸1年経った頃、ひどい怪我を負って聖地の国境に倒れていました。狩人が見つけた時、彼は苦しみもだえていた。掟ではそこで死なねばならない。でもある者が禁忌を破り、ロストを国境のこちら側に引きずり入れたのです。それは誰？彼女は義勇兵の一人で、ロストが追っていた流れ者に家族を殺された。ロストは目的を果たせなかったのか？その逆で12人すべてあらゆる土地まで追い詰め殺したと言っていた。メリディアン、バンアー、クレイム、ウタルの地、それだけでなく禁じられた西方も。だが最後の一人にやられそうになり、怪我をし傷ついたロストははって聖地を目指しました。できるならば聖地の近くで死にたいと願い、誰に頼んだというわけでもなく、ロストは国境を越え手当てを受けたのです。意志とは裏腹に。我々長老は苦しい立場に。なぜロストを受け入れなかったんだ？ロストは祝宴の使者となったのですよ。部族にもはや彼の居場所はない。掟では追放しなければならない。でも我らはどうしてもそうすることができず、それゆえ歩み寄りを講じた。異端者にしたのか？ええ。ある条件のもとに、これまでにあったことを全て口外しないという条件。家族を奪われ苦しんだ挙句に部族の異端者にされるのが答えだって。ロストは喜んでいました。聖なる地でまた暮らせるとは思わなかったのでしょう。安息の地と女神様のおそばで残りの人生を一人で過ごすと決め、喜んでそうした。でも私が現れ彼に託したんだな。そう。もう一つの歩み寄り。長老はそなたを恐れ部族で育てたがらなかった。我らはロストを頼った。ロストならそなたを守り育て、大いなる母の信仰と部族の慣習を教える。ああ、実際そうした。娘を亡くした男につけ込んで赤ん坊を育てさせたのか？ひどい仕打ちとは思わないのか？私は物事の成り行きは我らの知恵の証だと考えています。ロストはそなたを重荷などではなく授かり物だと、そなたを一目見た瞬間感じていたのでしょう。なるほど、本当にすごい話だ。今は前に進むべきだな。私に力を貸してくれてありがとう。何年も。ロストの話もありがとう。力になりたいが、でも私は無力な女。私もだ。でも卑下する必要はない。ああ、ありがとうアーロイ。女神のご加護。ああ、たまには悪くない。襲撃者は俺たちを壊滅させようとしたが、ノラは耐え抜いた。壊滅するのはあいつらだ。長いこと生きてはきたが、
あんなものを見たのは初めてだ。ティルサの言う通り、呪いじゃない、祝福だ。分かっていなかったのだ。まだ世界に汚れが広まっていますが、やがて一掃されるはず。メリディアンに義勇兵を連れて行く。約束しよう。女神よ、申し子を守りたまえ。大地にはびこる汚れを彼女が浄化するために。アロイ、なんて言ったらいいか。メリディアンで会おうって言えばいい。もちろん言うのは簡単さ。でもいろいろと複雑だろ。お前を一緒に山の中に連れて行けば。いや、今はダメだ。多分な。俺だって努力してる。でも女神は俺よりお前を選んだ。あ、私はそろそろ行く。お前は他の野良とは違うな。バール、お前もだ。二人とも生き残れたその時には私が見てきたことを教えるよ。そうだな。女神が望めば。じゃあメリディアンで。彼女は大いなる母の祝福そのもの。世界に広がる汚れを一掃してくれる。ふん。野良族は変わり果てちまった。もう用はないさ。ノラは多くの命を失った。でももう一人いなくなってもいいかもな。大いなる母もお前もクソくらいだ。俺はもう野良族じゃない。レッシュ、よくわかってるじゃないか。ようやく独り立ちってわけか。私たちの中を歩む大いなる母の申し子よ。攻撃者が野良の民にしたことの報いは申し子。策略じゃねえか。結局のとこ。さあ、ナサーディ皇太后のお恵みよ。妃殿下は救いの手を差し伸べられている。ほら、余ったら家族のために持ち帰りなさい。私もあなたの噂は聞いてるわよ。機械を乗りこなし素敵な槍を持つ可愛いそばかすさん。しかも両親の持ち主だって類まれなことだわ。お前はどう見てもシャドウカージャには見えないが。私の名前はバナーシャ。今はこの狂気に満ち溢れた吐きだめに潜む密偵ということさえ知っておいてくれればいいわ。私と似ているな。そうでしょうね。それにウーシッドも。彼はいい人だからシャドウカージャが殺そうとしてる。調べてみたけど彼は緑葉の頂に向かった。でもすぐに傭兵に見つかってしまうでしょうね。助けてあげて、もしその気があるならばね。回りくどい態度はやめて正体を明かせ。やめろですって。それが私の魅力だというのに。無理な話ね。気に入ったから秘密を教えてあげる。メリディアンにいる友人にたまに手を貸してあげているのよ。ウーシッドも力になれるはず。もし助かればね。なぜウーシッドが無実だと？私は情報集めが得意なのよ。いい？彼は自分の食料を孤児に与えて年寄りや病人を傷つけた人間を懲らしめていたのよ。彼がイターメン様を殺そうとしたなんてふざけた考え。きっと妻子に恥をかかせてしまったんでしょうね。でなきゃバハバスがあんな評判のいい人を殺すはずがない。そうでしょ。なぜ緑葉の頂にいると？彼は追われているのよ。ならば慣れ親しんで防御に向いた隠れ家が必要でしょ。彼はあの麓でたった一人で山賊を追い払ったことがあるの。ならばきっとそこに戻るのではないかしら。やれるだけのことはやる。お前はどうする？どうするって？こっちは命がけなんだぞ。何か役に立つことするわ。砦の南に枯れ木が3本。そこが頂の入り口。頑張って。3本の枯れ木。バナーシャが言ってたやつか。ウーシッドが解いたか見てみよう。
あとは高台に続いている緑葉の頂か。足跡はここまでか。さて登ろう。よし、着いた。ウーシットどこにいる？食べかすつけられていないか確認したんだろうな。休まず進んだのか。追いつかないと。次は外さないからな。ウーシット！若い賞金稼ぎだな。俺が年食ってるだけか。賞金のために狙ってるわけじゃない。お前は無実なんだろ。無実？これが罠ならあんたなかなかの策士だな。ほら降参だよ。ただ話をしたいだけ。いいだろう。なんだ？落葉の砦で何があったんだ。真実を教えてくれ。ああ、キャンプで夜明けに死体が見つかることが続いた。寝てる間にやられてる。老人や病人に幼子、戦えない奴らばかりだ。口減らしたと気づいていればな。一体誰がそんなことを。悪魔の呪いだと思っていたが、ありゃ毒薬だ。人間の仕業だよ。犯人は捕まえた。それでバハバスのところに連れてったんだ。バハバス大祭司か。賞金をかけた張本人だぞ。ああ、俺をねぎらってたが悪党を釈放しちまった。つまりだ、奴が黒幕ってことさ。それでこの通り忠義を持ったまま仲間と死んでりゃよかった。何のために仕えてきたんだか。20年も悪意と殺人、名誉のための生贄ね。祭司と王にはこれっぽっちもその真の意味が分かっちゃいねえ。ちゃんちゃらおかしいぜ。名誉を求めるならサンカージャは信頼できる。少しお高く止まっているが信頼はできる。かつてカージャは野良を蹂躙した。それ以外の土地もだ。神のおぼし飯だってな。俺は従っただけだ。もっとひどいことをしたやつもいた。お前の罪に興味はない。それに許しも与えられない。カージャは今変わろうとしている。ならばお前も。そうだな。アバードは兵にどれだけ負担が強いられてるか分かっていない。分かりすぎて苦しんでいるかも。マーラッドみたいな口ぶりだな。お前は善人なのだろう。でもなぜそもそもシャドウカージャに同調した。なぜ使える。イターメン様のため正真正銘の三王だ。イターメンはまだ子供だ。ああ、汚れを知らぬ器。彼こそ王と信じてた。だが奴らはイターメン様を利用してただけだ。今ならそのことがわかる。俺の名を汚したのは俺自身。腐った玉座に仕えることでな。お前を救ってほしいという人に会った。バナーショという女だ。だがまずはここから逃げないと。お前何者だ。狩人みたいだがまるで兵士みたいな物言いだ。傭兵どもだ。無実を伝えに来たと思うか。平地にとどまるべきだったな、カージャよ。山は我らのもの。キクークの庭だ。こ
小玉すら残さずにお前の息の根を止めてやろう。痕跡を残しすぎたな。見つけてくれと言わんばかりだった。相手があんたじゃな。手を貸せ、おい。準備はできてる。ついてこい。上に荷物を隠してある。強固な守りこそ破った時の快感は格別だ。よし、いいかお前ら、妻子を避難させるんだ。お楽しみの始まりだ。頭巾に見覚えが。そろそろバハバスと決着をつけよう。こりゃヤバそうだな。勝ち目のない戦いになりそうだ。私は今日死ぬつもりはない。そうかい。俺もお前のおかげで気が変わったよ。今ので最後だな。バハバスの見込みが甘かったみたいだな。正義に望みはあるってことか。一緒に来ない。これ厄介だな。まだ奴の護衛がいるみたいだぞ。わざわざここまで来てやったぞ。我らの苦痛を終わらせるためにな。ウーシッド、どうやら流れ者たちは死んだようだが、報酬に見合う働きはしてくれたと言えよ。お遊びは終わりだ。そろそろ死んでもらうぞ。日の届かぬ場所に葬り去ってやれ。それから見つかってしまったか。女の頭皮を剥ぐ。太陽の広場で見せしめにする。エリスがいる。のところへ。どんな約束をしたかは知らんが、倍払おう。いや、それ以上だ。いや、こんなこともう終わりだ。嘘に暴力にその安っぽい行為。自害する気はないよな。ああするしかなかった。口減らしせねばシャドウカージャの民は破滅する。問題は残ってる。だが太陽神の怒りが静まるよう祈ろう。ずいぶん派手にやったみたいね。遅かったな。野暮用よ。異端者ユンや他の傭兵が一体どうなったと思ってるの？それにメリディアンへの道を確保しておかないとね。女だけで話したいの、ウーシッド。本当に大変だったわね。まさかあのバハバスが自分の罠にはまって死んじゃうなんて。これで素晴らしい可能性が切り開かれるわ。イターメン様とナサーディ様、幼い王とその母は砦で捕虜同然の扱い。バハバスもいないし、もう見張る人もいないわ。助け出したいの。ねえ、手を貸してくれる？シャドウカージャの三王を誘拐するのはたやすくない。誘拐じゃないわ。身を守るためメリディアンに生きたがってる。なぜ知っている？非殿下の下女になりすましてた。怯えてたわ。
自分のことより何よりも息子を気にかけてね。なぜそんなに気にかけるんだ？イターメンは奴らの操り人形。逃亡されれば最後の嫡出の継承者が失われる。ましてやあの子はまだ母親にしがみつく子供。前にマッチ棒で作ったグレイザーをくれたのよ。上出来とは言えないけれど、そんなことをしてくれた人は初めて。ウーシッドはこれからどうなる？大丈夫よ。第二の人生を手に入れて仕事も用意してあげたわ。部隊の助言者としてメリディアンで歓迎される。彼ならばアバード様を助けて血を流すことなくシャドウカージャどもに終止符を打てるはず。バハバスなき今、落葉の砦はどうなる？あら、それは面白いことになるわよ。祭司たちはうろたえ、権力争いのために内紛や不正行為、裏切りが起こるでしょうね。何よりも注意散漫になるでしょう。バハバス、不幸を振りまいていたあなたが死んでくれたおかげで未来は華々しいわ。どうすればナサーディとイターメンを救い出せる？バハバスが死んで今砦は手薄になっているわ。私に任せて。問題は三王国の国境を越えることね。楽園の騎士で三つ指のフアディブを見つけるのよ。彼に経路を一掃するよう頼んだの。あなたはただ私を待つだけ。フアディブがアダリを一掃するなら私は必要ないだろ。万が一の場合に備えてよ。もしもまずいことが起きたらあなたに護衛を頼みたいのね。まあ頑張ってみるよ。あんたに頼れとノラがメリディアンに行くのかい？あなたがそう望むのならばね。選択の余地はないわよ。気を使ってみただけ。恩に着るよ、アーロイ。三つ指のフアディブか？使いのものだ。何があった？何がって俺は騙されたんだよ。バナー社のやつに流し目で腰を振られて儲かるぞって言われて、王族のために道を一掃しろってな、守衛を交わしてウォッチャーをやっつけておけってよ。朝飯前さ。けどあんな怪物が地下に隠れてるなんて聞いてなかった。俺ってやつはいつも女に騙される。なぜバナー社に騙されたと？悪用の砦は稼ぎがいいって話を聞いたんだ。あの女のは中でも飛び切り隠居もできるほどさ。餌に釣られたのは自分のせいだよ。ヤバい目に遭うって最初から気づいてればな。じゃあバナー社に経路を確保するよう頼まれていたのにしくじった？あの女ずいぶん簡単そうに言いやがって。湖までの道を見つけて安全を確認する。たやすいことだろう。ところがどっこいさ。あの背筋も凍る極悪な悪魔の獣が現れやがったんだ。地下から攻撃されたのか？ああ、お察しの通りね。道理でシャドウカージャどもがこの道を放っておくわけだ。それもそのはずさ。岩を食う悪魔が守ってくれてんだからな。泥に穴を掘って地上に出てきて醜い顔から炎を吐き出してくるんだぜ。俺は逃げられたが仲間はやられちまった。まああいつら全員人殺しやペテン師ばかりだけどな。じきにナサーディとイターメンを連れてバナー社が来る。彼らが到着する前にそいつを始末しないと。お前頭悪いだろう。ま、俺が教えてやれることだったらなくもないぜ。体は装甲だらけだが背後は手薄だ。地下に潜った時はじっとしてりゃ奴には見つからねえ。奴の大きなねじれた腕に大打撃を与えられりゃ地面に潜るのを止められるかも。知ってるのはそれだけ。お前が死んだら葬式には出てやる。酒場に行くついでに。
すぎる。太陽の神様も驚いてるだろうな。あの化け物に粉々にされると思ってた。そんじゃあとはここで待つだけだ。じきにバナーシャと王族を乗せて湖を渡る船も来る。あら、狩人さん、用心棒を引き受けてくれて感謝するわ。フワディブ、お友達は？何かにやっつけられたみたいな顔してるけど。実際その通りのことが起こったよ。道は一掃した。行くのか？知りたいのは要点だけ。さすが。そうね。すぐに追っ手が来るはずだわ。でも大丈夫。ご安心を。最高の護衛がついてますから。大変。随分とお怒りのシャドウカージャが来たみたいね。任せておけ。すごく立派ね。でも自分の責任は自分で取る。手助けはもちろん歓迎よ。フワディブ、イターメン様と秘伝家を海岸へ。さあ急いで。結局こうなる。この2年間狂信者にいたぶられてきたから反撃の準備はできてるわよ。罠があったら助かる。さあ来るわよ。痛めつけてやりましょう。さっさと片付けよう。まったく興奮して汗かいちゃったわ。気が早いけど逃げ切れたんじゃない？あなたたち遅いじゃないの。すみません。さあ船へ。もうやっぱりね。私がやる。船に向かえ。そうね。今回は私の手には負えないかも。彼女に何かあったら後で後悔するわよ。任せてください。王室の客船とはいかないわね。まあいい。贅沢なんて言ってられない。それじゃあ乗りましょう。いいことしたのよ。戦いを終わらせた。だけど私の戦いは終わってない。
リターメン弟よ、よく戻ったな。もう恐れることはない。今後は王国の庇護下に置かれる。この私のな。お前の母も心配はいらぬ。サンの方に近い約束しよう。アーロイ、皆がお前のことを噂している。民が世話になっているそうだな。その働き感謝するぞ。礼を言うぞ。光の加護を。あんまりだわ。根回しのために禁断の製法で2年も過ごして全てこの子の手柄に。俺の報酬も頼むぜ。生きてるだけ幸運でしょ。あなたなしじゃ無理だったわ。次に会う時はちゃんとお礼をするわね。約束よ。約束さ。ガイアの自爆でこうなったのか。山全体が卵みたいに割れてる。ああ、そうだな。さあ早く。通り道は用意しておいた。来たことがあるのか。途中までな。さあ行け。ここはいかにもお前が好きそうな場所じゃないか、サイレンス。ありがとう。ここは数年がかりで作った工房の一つ。何年もかけてこのハッチを破ろうとした。削ってみたり燃やしたり爆破もした。だがお前なら難なく入れるのだろうな。なんだか謝ってほしいみたいだな。とんでもない。だがこのハッチを開けるのに鍵が必要とは盲点だった。鍵となる人間か。想像力が足りなかった。ただそれだけの話だ。ずいぶんここで過ごしたみたいだな。19年前のこと、山を崩壊させた大きな爆発。お前の誕生とガイアの死。その音はクレイムにまで轟いた。灰が空を覆い、都の者は不吉な現象だと口々に言った。燃え盛る山の火がようやく収まると、私は真っ先に中へと入った。じきに機械たちがここを守り始め、そしてそれから誰も来なくなった。私以外はな。メッセージではガイアは復活できると言っていた。でもこの状態じゃ無理じゃないか。復活にはまずハデスを破壊することが何より先決だと言っていた。それからだ。テラフォーミングシステムを復旧すればハデスが悪用するかもしれない。ガイアの自爆によってハデスはシステムを使えなくなった。そういうことだ。でもガイアを復活させることはできるのか。機械炉の能力を知っているだろう。機械を作るのに必要な技術は何でも賄える。その原理でいけばガイアを復活させるのに必要な技術も全て再構築できる。何年もかかるが私たちに時間は残されていない。今回はお前がいると思ってた。実際ここに。なぜだ。私は必要ないだろう。このハッチはお前だけで開けられる。これは私ではなくお前の役目。よし、中に入ろう。ああ。マスターオーバーライドを手にすればそれを使ってハデスを打ち倒せよ。全てお前にかかっている。遺伝子データ認証完了。通行許可。ようこそソベック博士。先へお進みください。ログ記録者マーゴ・シェン。極寒の地獄へようこそ。
人口は10人。ガイアを入れて11人。慎重に行け。鶏の卵は数に入れるんじゃないぞ。頑張って産んじゃいるが、オムレツ食えるのはまだ先だ。私はビーガンよ。秘密基地にこれだけ長く一緒にいるのに気づかない？さらに3週間足止め食らうなんて聞いてねえよ。移動中にプレコードしたポルノ漫画を350キロもなくしたんだぜ。ちょっと、それ紙媒体の本なの？なんでデジタル化しないのよ。直接触れる感覚には勝てないからな。で、ここじゃ他に触れるものも大してないし、今つぶしにそれを保存しようと思ってた。あんたは？仕事かな。ここに住んでいたようだな。昔のままか。昔ここは岩と鉄で閉ざされていた。避難をするときはみんなバタバタしてた。考える時間もほとんどない。お別れさえできなかった。医療区画には行列ができてた。トム・パイクが倒れた時に僕は付き添うと言った。でも最後の積み荷となった風潮の受精卵を僕が処理しようとしてたら、今でも決断を迫った彼に怒りを感じる。それに自分自身にも。結局彼は孤独に死んだ。それに僕は風潮の受精卵を守ることができなかった。世界に残されたのは考える時間だけ。ガイアプライムの扉は封鎖された。エリュシオンも問題なく封鎖されたようだ。数キロ離れているだけだが、銀河の向こうにあるのと同じだ。ベータとガンマの人々、それに支援スタッフも生きている。もし僕がアルファじゃなかったならば、状況が違っていれば、あそこにいたかも。代わりに好きでもない奴らと一緒にここで一生無機質な生活をしていかなきゃいけないんだ。ただ一人だけ共に過ごしていきたかった人はもういない。もう不可能だ。最後の仕事を終えてからまだ2時間しか経っていないっていうのに、僕はもうジジイみたいにフォーカスに愚痴っている。未来の教訓にはなるかもな。エリザベトの部屋。そうだろう。荷物を解く暇もなかったのか。これは日記か。エリザベトの日記。全部壊れてる。スキャンしろ。フォーカスで修復できるが時間がかかる。これはとても役に立つ装置だが、動力は小さくて限られてる。どのくらい？数日、数週間、数年か。まずハデスを止め、未来を切り開くことを考えるんだ。生きながらえれば聞けるかもな。僕はチャールズ・ロンソン。ガイアプライムの最終設置からかれこれ6時間が経過した。それで今朝アクセスポートの封鎖に異常があった。ガイアプライムのポート封鎖時は隙間が2ミリ以下になるよう設計されていた。しかし実際の隙間は10ミリもあった。これではエネルギーが外に漏れてしまい、この施設の存在がスワームに見つかってしまう。そしてガイアが見つかって破壊されてしまい、必死に僕たちが守ろうとした未来は永遠に訪れなくなるんだ。それを防ぐ唯一の方法はハッチを手動で動かすこと。外側から一連の出来事の記録に切り替える。俺は外に行かないぜ。約束が違うだろう。しかし誰かが外に行かないと全てが無駄になってしまうんだ。これはリズが決めるべきだ。ならそのリズはいつここに来るんだ。5分後と言っていたけど、まさかね。嘘でしょ。いいみんな、封鎖を直した。ガイア 1.4mm での封
封鎖確認。エリザベトダメだ。中に戻る方法を探す。スワームがそこまで来てるから無理よ。本当に大丈夫。ガイアは完成。ここからはガイアが全てやってくれるはずよ。こんな終わり方、僕たちは君に。私を知ってるでしょ。さよならを言うのはあんまり得意じゃないからやめましょう。それじゃあ良い旅をな、リズ。まあじゃあまたな。ええ、みんな仲良くね。リズ、これでいいのよ。帰りたい。さよなら。今のがエリザベト・ソベックからの最後の通信となった。彼女はこの星の希望のために自らを捧げたんだ。何もかも全て彼女のおかげ。アロイ、もういない。いないんだ。生きていないことは分かっていたはず。彼女の功績は計り知れないものだ。みんなが争い合っている中で彼女だけが行動をとった。彼女だけが。優れていたからな。そういうことじゃない。事実だ。認めるべきだと思うが。頭がいいから優れていたとでも、ゼロドンを計画したから優れているわけじゃない。自らの命を犠牲にしたということこそが偉大なんだ。人のために、未来の生命のために。違う。計画の失敗を避けただけだ。お前は意志と心を履き違えている。違う。彼女はガイアに考えることだけじゃなく、思いやることも教えた。愛し、犠牲になり命を信じること、絶望と戦う心をだ。彼女にその心がなければ生命は途絶えていた。私とお前も存在しない。確かに一理あるな。お前の気持ちは察する。帰りたいって言っていたな。まさか。なんだ。いや、もう行かなきゃ。いやあ、リズ、分かってる。このメッセージは届かない。でもいいんだ。君は救世主となり殉教者にもなった。さすがだ。未来に何を伝えるんだ。歴史の全て、真実と言われるもの、それとも雑音か。それは力にならない。ただの毒だ。クレーターの奥に別の区画がある。爆発に耐えたようだ。頑丈な作り。それが制御室だ。行ってみる。ああ、プロジェクトと真剣に向き合ってみた。結局は単純さ。クリーンに、クリアに消去できる。削ってプラスにするんだよ。より良くするよ。あのどうして全て帳消しにできる。なんだか嫌な方向に進んでいるな。続けろ。
ハッチを開けた時空気が吸い込まれていった。中が真空状態だったからだ。でもアルファがいたんだろ。制御から締め出された。アルファ資格もオーバーライド、オメガ資格って何なんだ。アルファの諸君、驚かせてすまない。だが聞いてほしいんだ。いいな。話したいことがある。なんていうか、実は私は頼む。システムにアクセスしようとするのはいいか。つまりこれはたくシステムにアクセスしようとするのはやめろ。私が言いたいのは、つまり未来の人類のことを考えずにはいられない。汚れもなく罪もない男とそれと女性たちだ。贈り物みたいに知識を与える。ねえテッド、それは前にも話したじゃない。アポロには3000以上の対策が組み込まれているの。これは贈り物なんかじゃない。私たちは罪のない者にこの病を広めてしまうんだぞ。ダメだ、できない。それにまだ間に合う。もし自分たちを犠牲にさえすれば。お願いだから考え直して。すまないなサミナ。もう実行してしまった。アポロを消した。そう、消えた。全てな。犠牲だって。そんなものは犠牲じゃなくて文化を抹消しただけだ。このイカれた狂人め、何千年もの歴史が。みんな本当にすまない。だがそれでも犠牲は必要だ。罪なき者のために。緊急警報です。空気を排出中。全員殺したんだ。そういうことか。なるほど。このせいで私たちに知識が残されなかったのだな。罪なき未来のため、汚れのない世界。カージャの虐殺を見せてやりたい。この者たちが成し遂げたこと、古の者が生み出した知識は全て消えた。塵となり、そして無と化したのだ。このアルファたちのようにな。いや、無ではないさ。ハッチを開けた時に風が彼らの灰を運んだ。彼らの世界に帰っていったんだ。私たちの世界に。ここは彼らが命を懸けて作った記念碑だ。忘却の記念碑か。忘却じゃないサイレンス。希望だ。マスターオーバーライド、意外と小さいな。あとは機械の神を殺すだけだな。ここにいたか。すぐに行く。何？お前と共に行動するのは終わりだ。だが去る前にお前には事の全てを明かしておかねばな。なんだ？しばらく前に告白しただろう。エクリプスとの関わりを。だが犯した罪の全容は伝えてなかった。実のとこ、私が始まりだ。私がハデスを見つけた。壊れたタイタンに囚われていたのをな。そして仕えた。何？知識を与えると約束された。想像を絶する知識を与えると。その見返りにエクリプスを与えた。教団を作り、それに従う軍も。なぜ今そんな話を？お前の成功の鍵となるからだよ。ハデスははじめ導きの塔について知りたがっていた。都ではない、塔だ。
だがそれはなぜだ？塔はガイアが作ったんだろガイアのどの部分だ？ミネルヴァ、そう、暗号解読モジュール。ファロの機械を停止させるためのコードを送信するために塔を作ったんだ。生物資源の変換を停止するため。信号を送信するのが狙いか。機械を起こして世界を再び蹂躙するために。そうだ。情報を総合するとそういう結論になるな。つまりエクリプスも蘇らせた機械たちも塔を手に入れるための道具に過ぎなかったってこと？そうだ。そしてハデスは再び地球から生命を消し去る。お前が止めなければな。洗いざらい全て話せ。ハデス、エクリプス、全てだ。アーロイ、話せば長くなるぞ。なら早く話せ。始まりはフォーカスだ。お前がそうだったように古の遺跡で見つけた。私のはひどく損傷していた。まさに風前の灯火だ。何週間も調べ修理を試み、そしてようやく成功した。私の目の前に全く新たな世界がその瞬間広がった。その時フォーカスが信号を拾った。何かが探し物をしていた。私のようにな。似た者同士だな。私は送信元を追い求めた。そして見つけた。恵みの森に埋もれたタイタンを。タイタンだと思ったのか、その機械を。私は呆然とした。機械の残骸は見たことがある。例えば弔いの穴だ。だがこれは違った。まだ死んでいなかったのだ。言葉すら喋れなかった。私が声を与えるまではな。こうして知識の交換が始まったのだ。そいつはこの世界について知りたがった。部族や機械のことをな。だが特に導きの塔について知りたがっていた。導きの塔の何についてだ？塔の正確な場所やその周囲の地形、そして土地の支配者。一方ハデスは古の技術について解き明かしてくれたのだ。それでさらにフォーカスを見つけることができた。やがて手元には2、30ものフォーカスが。小さな軍隊には十分だな。たった1体分だがな。どうでもよかった。私は多くを学んだのだ。物理学、数学、想像以上のことをな。じゃあシャドウカージャはなぜ巻き込まれたんだ？カージャの内紛は幸運な偶然の一致。絶好の機会だった。絶好の機会？その程度なのか？そうだ。一夜にして部族の半数は追放。聖なるメリディアンの奪還に必死だ。信仰のおかげで操るのは楽だった。ハデスを彼らの神話に現れる埋もれし影に見立てるだけ。ああ、そうだ。絶好の機会だ。大祭司バハバスをハデスに引き合わせた。ヘリスも同様にな。そうしてエクリプスが生まれた。聖なる都を奪還するためにな。でもハデスは都に興味はない。お前だってそうだ。この世界には崩壊した都市や部族が山ほどある。一つ増えるだけだ。それに私はハデスの要望通りのネットワークを作るのにかかりきりだった。画期的技術の挑戦だ。しかも私が設計した変更も含めたものだぞ。奴らを監視する機能か？そうだ。ハデスに仕えたのは愚かなことだったが、私は奴を信じるほど愚かではない。かつて古の時代に存在したバックドアというものを組み込んだ。全ての行動と通信を監視するための秘密の経路のことだよ。なぜハデスを裏切ったんだ？両親からじゃないだろ？正直奴らが私の技術で古代の機械を蘇らせたのを見て不安になったのだよ。私はハデスに意図を問いただした。遅すぎだ。
その通り。私の利用価値はなくなっていた。フォーカスネットワークを完成させ、ハデスから見返りを受け取りに来るよう言われた。次の瞬間、私の殺害命令が聞こえた。それ以来ずっと逃亡の身だ。それでお前はいつ私をこれに巻き込んだんだ？オーリンと出会った時だ。システムの脅威を検出。それで興味を持った。一人の野良の少女に殺害命令だぞ。なぜハデスはそんなことを。だがフォーカスを身につけた少女を見て気づいた。しかも古代の偉大な科学者と恐ろしいほどよく似ている。すぐにヘリスが動き殺されたのかと。だが野良の山で探知したそのお前のフォーカスを観察すればするほどお前のその素晴らしい才能に気づかされた。利用価値にも。お前とならこの地球の秘密を解き明かせるだろうとな。そしてお前が目的を成し遂げられるよう力を注いだ。その後はお前も知ってるだろう。もう済んだこと。知識を得るためにお前がこれまでやってきたことはただの暴挙だ。アーロイ、お前の意見を聞くために話をしたんじゃない。ありえない。やれることはした。この先は全てお前次第だ。槍を持っていけ。マスターオーバーライドをつければ差し込むことができる。あとはハデスの頭に近づいて突き刺すだけってことか？その通り。ああ、簡単だな。サイレンス。どこへ行く？ここ以外あらゆるところへ。世界が終わる前に発見すべきことがまだまだある。じゃあこれは？ここはお前に託す。そう初めからお前のものだったのだ。私はただの行きずりの男。お前を見つけるためはるばる来た。お前の信号を捉えて。あれはお前だろ？認識不可能対象。私はサイレンス。お前は何かを見せているから信号を出していたんだろう。お前が呼び私が来た。お前の名前は何だ？ハーデス。お前は古の創造物か？兵器なのか？今は何年だ？何年？ああ、今は第13代カージャ王国の統治だ。カージャとは何だ？先走りすぎだ。お前は古代の創造物か？私がお前を見つけるまでにどれだけの時間がかかったんだ。次はいつ来るかわからんぞ。見るからに力がありそうだ。だが私の助けなしでは動けない。タイタンフレームは知性の箱にしか過ぎない。カージャとは何だ？よし、その調子だ。彼らが来る。準備は完了した。おお、バハバス殿。これを見よ。約束通りのものだ。これはなんとも見事な機械だな。こんなもの初めてだ。そのまま動くんじゃない。日陰のものよ。間違いだ。
埋もれし影の前にひざまずけ。埋もれし影。どういうことだ。メサの導きにグリントホークが止まったのをアラモンが理解したか。聖典を語るのか。アラモンは導きの塔の影に従い進んだ。聖なるメリディアンが築かれたメサへと。お前は再びこの影に従うのだ。私は高潔だ。選ばれし者だが、困難の時は影の力を借り、太陽がなせることを成し遂げよう。ああ、我らが失ったものを我らの手に取り戻してくださるのか。舞台が一つ必要だ。従えば都が戻ってくるだろう。さすれば服従を誓います。任務は完了した。ああ、指示通りのフォーカスネットワークが機能している。自分でも確認してみろ。待つさ。だが約束の見返りを忘れるんじゃないぞ。量子情報だ。データはコンパイル完了。転送には容量が超過している。それは随分と都合が悪い。ここに来るがいい。約束の褒美をやろう。いいだろう。ヘリス、エクリプス内に脅威を検知した。お申し付けくだされば殺しましょう。この者を排除せよ。サイレンスを。サイレンス。ああ、夜のささやきは日が昇りあらわになる。やはり敵だったか。お任せあれ。エクリプスが攻めてくるとアバードに知らせないと。デルバールのことがあったから都は守るはず。でも塔が。ロスト、これは外しておくよ。あいつに聞かれたくない。ねえロスト、いろいろあったんだ。それでこの前山の中に入った。試練の前の夜のことを覚えてる？最後に私に教えてくれた。自分自身よりももっと大きな目的を果たせって。ほら見てよ、大きな目的だろ。エリザベトとガイアを突き動かした目的。命をもかけたもの。とにかくやってみる。死に物狂いでね。あの二人とロストのためにも。ハデスを倒すための武器は手に入れた。マスターオーバーライドだ。あとはハデスの頭にそれを突き刺すだけ。それは問題ないはず。決戦の地はメリディアになるはずだ。奴は導きの塔に行く。待っていろ。エリザベトの最後が分かった。自ら犠牲にしたんだ。思った通り家に帰ると言っていた。どこにあるんだろうな。もしも見つけられたら行ってみたいな。この目で見たい。メリディアンで生き残ることができたらの話だけれどね。まあ正直なところなんでもない。それじゃあできるならまた戻ってくる。でもこれが最後かも。ありがとうロスト。何もかもね。
アーロイ、何用で参ったのだ。脅威がじきにエクリプスが西から攻撃を、古の機械の軍隊を従えて。だが問題は意識のような存在が一緒にいる。神、悪魔、機械、好きに呼べばいいが、ハデスという名で。狙いはメリディアンじゃない、導きの塔だ。もしたどり着けば信号を送って古の機械を目覚めさせる。太刀打ちできないほどの数で全て消し去る。何か手を打たないと。状況を飲み込めておらぬが、私はメリディアンを守るつもりだ。アバード、狙いはメリディアンじゃない、導きの塔が危ないんだ。ヴァンガードはいかがです、陛下。よし、ならばヴァンガードを。エレンドであれば手を貸すであろう。西の尾根の守備を固めるよう警備兵に。そこなら塔があるメサの導きとメリディアンを守れるだろう。アーロイ、以前そなたに取った態度、謝罪させてほしい。エルサの件があったことで混乱していたのだ。我らが共に命を懸けて戦うのならば、そなたから許しを得てからにしたい。許すよ。二度と私とエルサを混同しなければ。王であっても失敗から学ぶ。よかった、これで問題なしだな。さて、守備を整えるには時間がいる。頼む、敵について教えてくれぬか。全てな。全てかはわからないけど、知ってることは教える。さあ、お静かに。混乱は新たな敵を作るだけです。味方が新たに到着したら知らせなさい。ああ、アーロイ。尾根の守備と導きの塔の準備を進めていました。王国中に知らせを広めたところ、支持者が鋼の献上を金のために来た者もいますが、ただ多くはあなたを名指しで。私？謙遜されるな。尾根が前線になる。そこに警備隊がいるんだな。ええ、以前お話しした非正規の兵たちですよ。かつて我らの壁を襲ったオセラムの大砲が今我らを守る。見学ならご自由に。導きの塔にエレンドとヴァンガードが。いかにも胸当てを押し合い、時の声を上げる練習でもしているはず。野良族も導きの塔に到着した。陛下との謁見は拒んでおりましたが、お任せしてよろしいかな。分かった。今は攻撃を待つしかないってことか。その通り。面白くはないでしょうな。ですが夜の見張り塔から西では動きがないと報告が。故に他にやることがあるのなら今やるといいでしょう。もしくはオーリンデルバーさんの部屋を使えるようにしておきました。眠れるならばそこで眠るといい。しっかりして気をつけてろ。その鎧磨いたの？ウーシット。ああ、もちろん。デルバールは宮殿を襲ってまだ生きているのか。リーダー、会えてすごく嬉しいよ。でもここで何を？戦いの準備の手伝い。アトラルがいたら戦ってたはず。そうでしょ。だからできることをしてる。穴も作るし薬草も集める。役に立つなら何でも。彼の代わりはできない。誰にもできないわ。でも彼のためにここにいるの。そういうところが好きだったんだな。彼はそばにいる。太陽と影は夜明けと夕方に会えるもの。これを渡しとく。役に立つはずよ。使わずに済むといいんだけど。ありがとう、エリーダ。気をつけて。デルバールは槍で一突きされるのが当然の報いだ。オセラムのアーロイ来るって言っただろ。そうだな。でも怪我はもう治ったのか、テブ？正直戦ったら多分やられちまうかもな。
でも平気さ。戦いは塔にいるみんなに任せるよ。代わりに物資を持ってきた。カージャが僕を名誉補給将校にしてくれたんだ。すごい肩書きだ。悪くないかも。旗の下に武器だとか薬とかを置いておくからね。必要ならそこを探して。アロイ、山の中に入った時、女神様は勝てるって言ってたか？聞く必要ないよ。絶対に勝てるさ。そうかもね。あなたなら何人倒せるかしらね、ウーシー。三王を守ってくれた。必要なら何人でも。頼もしいこと言うじゃないの。それってすごく。なんだ？お気楽。狩人さん、私のこと呼んだかしら？戦うのか？戦う？お茶に呼ばれたかと思ってたのに、戦いがあるなんてこと聞いてないわ。嘘をつけ、知ってたんだろ？あら、バレちゃった。何度かしか会ってないのに私を理解してる。そんなことはないけど、もっと知りたい。そんな風に言われると誤解しちゃうわね。秘密を知りたい？もちろん。ずっと長いことこの戦いを私は待っていた。今日私たちが戦う相手はこのメリディアンを奴隷だらけにして落葉の砦を血の海にした太陽のご意志だとか言ってたくさんの母親、父親、子供たちを殺した狂信者たち。私は奴らが憎い。私の背中には奴らがつけた鞭の跡がある。今度は私がお返しをする番、この手で。あなたのためだけに来たわけではないの。奴らを倒すため。今度こそ絶対に終わらせる。ああ、バナーシャ、共に戦おう。決して忘れることはないわ。太陽がより良い世界に昇りますように。どうやって三王に近づいたんだ？アーロイ。ああ、楽にしてウシート。メリディアンはお前が来て喜んでる。私もだ。俺も光栄だ。お前のおかげで墓碑に愚か者って刻まずに済んだからな。今はまだ墓碑なんて必要ないといいんだがな。太陽のご意志だ。あの時は名誉ある死を望んでいた。だが今は名誉ある人生を楽しみたいんだ。殿下が遊ぶ姿をまた見られるとは。警備兵に囲まれてはいるが、アーロイ、本当によくやってくれた。ただな、付きまとわれてるんだ、バナーシャに。俺をからかって楽しんでる。ベヒーモスに猫じゃらししてるみたいにな。やめるように言っておこうか？いや、受け入れた。それじゃあメリディアンは立ち上がり、影は落ちる。誓うよ。ああ、ウーシット。デルバールの処遇はオセラムに任せているわ。ナコは来てくれたか？当然でしょ。赤の動乱でザイード以上にノラが恐れたカージャの戦士はただ一人、ヘリス。どんなに強力な軍隊を率いてきても彼と戦う。怯えるノラのため、自分のため、父のために。約束だ。食い止めてみせる。あなたの言葉心強いわ。聖なる地をあなたが解放したそうね。もし勝てば家に帰れる。またヤンに会えるのね。あなたと戦う、最後まで。じゃねえわ。呼び戻されたのか？そう、この騒ぎの黒幕はあんたか。三王アバードにローブの下から剣を取り出させたってわけだ。王も時には猛威を振るえるものさ。いい人間だ。それに頭もいい。メリディアンのために戦えば囚人たちに恩赦を与えるってさ。ほとんどの奴らが賛成したよ。説得も楽だった。お前の説得じゃ無理もない。はあ、今回は手加減してやった。メリディアンを襲ってくる敵は容赦しない。私がたっぷり痛い目見せてやるよ。太陽の火が共にありますように。その槍とっても素敵ね、ウシット。あれはどうも。
彼か。持ち方もダンとの戦いの。ありえない。それくらいナバ砂漠の前だぞ。生きているわけがない。鼻にかけるのは嫌いだ。ああ、神よ、影が私に落ちませんよ。ニル。アロイ、やっぱりあんただったか。血のような真っ赤な髪にスクラッパーの顎みたいに強靭ってね。あんたの言ったこと考えるたび、あんたがつけた傷であばらがきしむ。傷はつけてないだろ。武器だよな。でも許してやる。決闘は束の間の快楽だが、あの時どちらか死んでいたら今はなかった。その口に刃を突き刺し、血が流れるのを待つあの感覚。ニル、せっかくの再会なのに喜べない。でも助かる。厳しい戦いだ。厳しいというより勝つのは不可能じゃないのか。それでも来たのか。絶望的戦い、最高の仲間殺し放題。拒めるとでも。ペトラ。ああ、いた。今日の主役ね。やっぱりあなた特別ね。だってリーダーの素質に満ち溢れてるもの。私のとこに来る子みんなにそう言ってるわけじゃないのよ。そんなに来るのか。追い返さないといけないくらい。私が強引でよかったな。またこうやって喋れて嬉しい。マーラットに武器庫を見るよう言われたの。さすがオセラムの銃。年季が入ってるわね。メインスプリングの鍛冶師の誇りでもある。だから誇りをかけて改良しておいたわ。試してみても。みんな試したがるの。ご自由に。この前の山賊よりも簡単に仕留めることができるはずよ。強いのよ。弓みたいに狙わなくていい。バヌークの森の狩人だな。お前か。覚えているぞ。お前が来て機械が眠りから目覚め、怒り戦った。あ、でもあれは私のせいじゃない。違う。感謝している。あの夜バンアーに戻らないと決心した。この地で狩りをして生きようとな。たくさんの機械、悪魔まで雲のように飛び回り、青い光さえない。命なき者は殺さねば。山ほどそいつが掘り起こされた。山ほど。やはりな。だから来たんだ。よし、待とう。タラナ、なんでここに。私はあんたの鷹でしょ。アバードと都を守るのか。それは館に任せる。大事な人を一人で戦わせるなんて二度としない。本当にいいのか。あんたはみんなのため命を懸ける。そばで見てろなんて言わないでよ。私だって力になれるわ。ならお願いする。決まった。あんたと戦うわ。ただ条件がある。なんだ。でかいのは私がやる。それはどうかな。なんだありゃ。どんな木よりも高いじゃないか。カージャの鎧はまるで七面鳥みたいだな。でもあいつらすごい数だ。数じゃ勝てないぞ。奴らは敵じゃない。今回はな。静かにしろ。来たぞ。申し子だ。ソナギユ団長。団長、居心地が悪そうだ。この地は野良の居場所ではない。故に私の居場所もない。我々を脅かす鉄の悪魔と戦おう。だが私の居場所は聖地にある。
何か間違いが起これば私の責任だ。巻き込んですまないな。謝らないでくれ。終わりにしよう。我が槍に誓っても。偉大なる太陽よ、なぜ沈むのです。怒っておられるのか。我々がやってきた東からあなただけが行かれる西へ、あなたの巡礼をなぞりましょう。ナマン、ここにいる三の祭司とはお前のことだったのか。陛下が流れ者をメサの導きに迎えたと聞いて、あなただろうと思っていました。状況が違っていれば賛美歌が安らぎを与えてくれたはず。あなたさえ良ければ続けても。どうぞ。あなたには強さと慈悲が、だが敵には憎しみしかない。両者が太陽の祝福を求める。だが私の太陽はあなたを祝福しましょう。なあ頼むよナマン。もう十分すぎるほど責任を感じてるけど、できる限り頑張るよ。部族が手を結んだのです。これは神のご意志に間違いない。元気かアロイ。おい、頭を上げろ。申し子が嫌がる。申し子と呼ばれるのも好きじゃないんだけどな。お前が来てくれて嬉しいよ。約束したろ。これがメリディアン。どんな気分？お前と出会ってからいろんなものを見てきた。感謝しないと。どうしたバール？知りたいか？よし。俺はこの汚れたよその国で見たこともないような信仰なき者の町を想像を絶するようなものから守る。それにお前はあんなにいろんなことがあったっていうのにひざまずいて崇拝するべきだって思うけど、お前は望んでいない。おい、だいぶ参ってるんじゃないか。頭を上げろと言ってくれてありがとう。あれはちょっと苦手で。多めに見ろ。彼らが戦うのは申し子のためだ。お前もそうなのか？いや、もう一度お前に会いたかったから。それに鉄の悪魔と戦わなきゃ。女神がそう言ってた。いや、お前だったな。女神も私も意見は同じ。会えて嬉しいよ。俺もだ。どんな奴らなんです？エクリプスって名前の奴らだ。そりゃどういう意味です？太陽が月に覆い隠されることだよ。それって何か怖いことなのか？さあな、元カージャだろ。カージャはいっつも太陽と影の話をしてる。もともとカージャってことは大して強くないんだろ？うん、鳥みたいな格好してやがる。羽をむしり取ってやるぞ。あんまり油断するなよ。いいな。アロイまたこうして一緒に戦う。でも今回はもっと強い悪党だらけか。相手はどんな敵だ？まだわからない。だがかなりの数で機械も連れてる。もし突破されればただメリディアンが終わるだけじゃない。世界に終わりが訪れる。そりゃまずい。俺たちにぴったりだ。そうだろう。俺たちヴァンガードは前線で戦う。なぜだ。鉄には鋼を。それでどうする？反撃しなくなるまでボコボコにする。その通り。聞いたか？我らヴァンガードはやられない。メリディアンのために、お前のために。ありがとう。エルサも喜ぶ。勝ったらな。オーリンの部屋。
誰もいない。寝るべきか。何かやり残したことは。こんな重圧を感じてどうして眠れるというんだ。ロストは一体どんな気持ちで寝てた？サイレンスいるのか？幽霊に聞いても無駄か。伝令、西部からの知らせです。アバード様が太陽の寺院でお待ちです。焚き火の煙か。部隊を都の門へと進軍させてるんだろう。火の煙じゃない。ならばなんだ。終焉、それが始まりってとこが。あれがデスブリンガーか。みんな大砲を急げ。皆の者、彼女に従え。弾は装填した。ほらみんな発射準備をしろ。あれで抑えられるのか。もうじきわかるだろう。ヘリス。いや、ヴァンガードと援軍を送り出せ。アロイ、ダメだ。大砲を守るんだ。奴に殺されるぞ。今度はさせない。忌々しい小娘め。戦う機会はあったはずだ。受け入れろ、この己の弱さをな。かわされた。早い。
れた。選ばれし者、こんなことは許されん。これは運命なんかじゃない。自業自得だ。盲目に従い何人も殺した。何のために？未知の力にもてあそばれる駒のようにひざまずいて死ぬためだ。貴様、私に情けを。太陽に顔を向けろ。風が山から吹き下ろしてるのか。メリディアンよ、どこに行けばいい？高台だ。別の高台に移動だ。アロイ、アロイ、アロイ。デブ。ああ、よかった、生きてた。死んだかと思ったよ。他のみんなは？いや、ほら、怪我はしてるけど生きてるよ。機械が壁を突き抜けて進んでったんだ。導きの塔へとあいつを引きずってった。みんなを頼む、デブ。もう行かないと。急がないと。アロイ、行け。ここは任せろ。真の太陽を拝みやがれ、影の悪魔め。私の力はこんなものじゃない。氷と雪にもこれまで耐えてきたんだ。お前の挑戦を受けよう。始まった。ハデスの転送が。
ハデスが信号を送り始めた。防御が破られたに違いない。ノラにエレンドのヴァンガード、あそこに行かないと。アロイ、来てた。アロイだま、見りゃわかる。尾根から落ちたのかと思ったよ。いや、尾根が崩れたんだ。みんなもうあまり時間がない。ハデスのところに行く。俺も行く。いや、ダメだ。連れて行くわけにはいかない。どうせ登るつもりだっただろ。ああ、鷹とつぐみだ。行くぞ。あの者が来ることは予測されていたことだ。だが奴に手相の邪魔をさせてなるものか。今回は計算に狂いはなかったようだ。あの者の登場は想定外以外のことだ。
前の出番だぞアロイ。システムの脅威が接近。脅威で済むといいな。マスターオーバーライド装着。名前と階級を入力して起動。エリザベト・ソベック、アルファプライム。マスターオーバーライド起動。絶滅プロトコルを消去しました。ああ、ガイア、ごめんなさい。それで話の続きを。あ、そうだったわね。確かそれで子供用の電子工具でオートバッテリーとソーラーテレビの配線をハックしたら草に火がついてね。そしたらそこに100歳くらいの松の木が立ってたんだけど、火がついちゃって。それはいくつの時？6つ。その時運よく母さんがいて消防車を呼んだわ。それでその後私を庭に呼んで、それで死んだ小鳥を見せたの。松の木に巣があったのね。どう感じましたか？わからない。ただどうでもいいって叫んでいた。そしたら母さんが私の顔を手で包んで言ったの。なんと言ったのですか？どうでもよくないって。こう言ってた。エリザベト、世界を良くしないのなら頭が良くても意味がないのよ。その頭脳を死ではなくて生命に役立てなさいってね。よく母親の話をしますが、あなたには子供がいない。時間がなくて。それでよかったのよ。もし子供がいたとしたら、その子にどのような願いを？そうね、多分好奇心旺盛な心を願うわ。
頑固で、しかも無鉄砲で、でも世界を愛する気持ちを持ってほしいわ。ほんの少し。とにかくこれで話は終わり。もう寝ましょう。ゆっくり休んでエリザベト。ありがとう。また明日ね。いや、久しぶりだな。覚えているか？お前とは話したいことがたくさんある。まだ聞いてないこと。例えばお前の主人だ。お前を目覚めさせたもののこと。知識は素晴らしいものだと思わないか？さあ、始めるとする。